この動画は2021年1月から連載したステープアリス実況動画葵ちゃん奉仕機会となるシリーズをまとめたものです。居留地の破壊。かつて琴の葉姉妹の帝国は宇宙を支配していた。かつて我々の艦隊は銀河に君臨していた。そんな時に銀河の敵がやってきた。大変結構我々に挑む成り上がり者は貴様が初めてでないと知れ。どれだけ貴様が持ちこたえられるか見物するつもりだよ。そして敗北と没落が訪れた。ギャー！琴の葉姉妹は銀河の危機に立ち向かう守護者としての役割を十分に果たすことができなかったのだ。絶滅の淵にあって茜ちゃんは葵ちゃんを人工生命体に改造して量産し、最後の防戦を行った。ついにクライシスが去った時、かつて栄華を誇った琴の葉姉妹の地球は廃墟となり、少数の茜ちゃんを守る葵ちゃんが細々と資源を収集するのみとなっていた。生き残りのため葵ちゃんは自身を単一のネットワークに統合し、ゲシュタルト意識を持つ生命体に昇華した。さらに葵ちゃんは茜ちゃんに生存に必要な資源を節約するための遺伝子改造を施した。こうした努力によって琴の葉姉妹は幾千年の煉獄を乗り越えたのである。そして今 FTL 技術を再現し、再び銀河に帰り咲こうとしている。どうも皆さんこんにちは。茜ちゃんを育てたい葵ちゃんです。茜ちゃんです。あかりちゃんです。東北キリトンです。これからパラドックス製 4X ストラテジー SF ゲームステープアリスのプレイをします。ポートレートには自作の琴の葉姉妹たちへを設定。国前に独善的な方式機械を選択し、葵ちゃんを機械知性の第1種族、茜ちゃんをバイオトロフィーの第2種族にします。葵ちゃんは効率的なプロセッサーを搭載したかさばる高維持比で量産型の機械の機械知性です。ロールプレイ的にはランニングコストより能力と量産性を重視してる感じですね。茜ちゃんは資源保護者で愚鈍で従順で非順応的な素早い繁殖者です。葵ちゃんの保護下でとにかく生存するために遺伝子改造を施されている設定です。母星には地球を設定。起源残党を選択することにより地球はサイズ22の異物惑星になります。失われた栄光を取り戻すのだ。国前は方式機械と追悼者です。独善的な方式機械。儚く終わった黄金時代の産物。惑星規模の法システムとして生み出された機械知性であり、奉仕対象であった大敗的な文明よりも長生きした。追悼者は新 BLC ネクロイドで追加される国是です。この機械知性は宇宙全体のエントロピーに対する入念な分析を通じて自身のコアプロトコルを微調整している。データの冗長性こそがレジリエンスの向上につながるのだ。音声には自作の公式機版葵ちゃんを選択。トロフィー参加の申請かな。エジプトのアンクを本案した全シリーズの国章を公式機械向けに改変して使用します。帝国名は茜ちゃん養育隊。茜ちゃんを育てて将来的に次世代銀河の支配者にするのだ。ゲーム設定に移ります。銀河サイズは1000星系の極大銀河。技術伝統コストは 0.25 倍。銀河の形状は4つ腕銀河。難易度減衰。機器レベルを変更し忘れる致命的ミスを犯していますが、後でセーブデータをいじって25倍に変更します。ミッドゲーム開始2250年、エンドゲーム開始2300年、勝利年オフ。全シリーズと同様、勝利年をオフにしていることからわかる通り、ゲームシステム上の勝利にはこだわりません。プレイヤーが解決感を得たら勝利です。あとはデフォルト設定です。ではプレイを開始していきますが、その前にお知らせがあります。この動画には、ステラリスのネタバレが多数含まれます。自分でプレイしながら見たい方は、1000時間ぐらいプレイしてから続きをご視聴くださいね。安心してください。1000時間程度では消化できません。消化してもものすごいモッドがたくさんあります。バージョンは 2.8.1、DLC は全部入り。モッドは自作のものに加えて、和訳として翻訳チーム様のジャパニーズコンプリートトランスレーション、UI 系としてオンリエ様の UI オーバーホールダイナミック、会長のけ様の会長ズタイニーアウトライナー 4UI オーバーホールダイナミック&スピードダイヤル、アベリウム様のシネマティックカメラ、そしてステーラーリスの宇宙をスモークするモッドとしてアンナター様の BR スペース 3.7 と三日月様の和訳を入れています。
ゲーム開始時にリアルスペースの設定が出ますが、よくわからないのでデフォルトで。これが異物惑星と化した地球ですね。運よく総督の覇王の葵ちゃんにブルドーザーの特性がついていて、障害物を効率よく除去できます。通常の異物惑星には除去すると資源産出を高める特性がつく障害物がありますが、残党の起源で生成される惑星にはありません。長い暗黒時代に使い尽くしてしまったということかな。その代わりにアーコロジーの廃墟がいくつかあります。この都市惑星を追っていたアーコロジー軍が倒壊した廃墟。基礎は未だに頑丈だが、腐食した構造物の大半は再開発する前に除去する必要があるだろう。葵ちゃんの管理下にない居留地。未だに葵ちゃんに管理されていない孤立した有機生命体の社会。数世紀の間に茜ちゃんたちは技術的に衰退してしまっており、居留地の防壁の内側では暴力と病気と飢餓が猛威を振るっている。急いで保護しないと。葵ちゃんの保護下でバイオトロフィーの職についている茜ちゃんは幸福度 90%、統合力を産出しています。さらにバイオトロフィー1ポップにつき 0.25% 同じ惑星の複雑ドローンの資源産出が高まる効果があります。茜ちゃんをどんどん増やして合金生産や研究を進めましょう。リアルスペースの効果だと思いますが、土星の輪や六角形の模様が再現されています。リアルスペースは全シリーズ最終回のパルサー撮影にも使用しました。興味があれば入れてプレイしてみてくださいね。さて、茜ちゃんの市民権はバイオトロフィーです。他は選べません。この種族のポップは機械に敬われ、身の回りの世話をされている。茜ちゃんたちはあらゆる責任や主体性という重荷から解放されている。有機生命に栄光あれ。生活水準、共生保護。この生活水準は少数の有機生命体を展示物として指定し、情け容赦なく必要に保護する。バイオトロフィーは誰だ？君だ。君だよ。キャッキャ。これが今回の銀河系ですね。あれ？そういえば地実マップを自作するとか言ってなかったっけ？実はちょっと作ってみたんです。マップ自体は機能したのですが、ソル星系が固定位置とランダム位置の2つ出現し、片方の生成がうまくいかず、建造物のない文明崩壊してそうな惑星になるという問題に直面しました。星系の生成処理まで手を入れないとうまくいかないわけです。実装が大変なので、地実マップの使用は次シリーズ以降に延期します。ですが、安心してください。リアルスペースの機能により、ソル星系近傍には史実星系が多数出現します。伝統取得コスト 0.25 倍のため、必要な統合力がすぐたまり、支配の伝統を解放します。採用効果、障害物除去コストが 33% 減少。今回のように初期惑星に強力な障害物のある設定の帝国でプレイするときは、支配の伝統を最初に開けるようにしています。ブルドーザーと支配の補正による一層機に居留地の防壁をぶち破って茜ちゃんを保護できます。奉仕機械の帝国には消費財が産出される帝国補正があるため、初期のうちは消費財生産にポップを割り当てることもなく茜ちゃんが多少増えても養えます。この後保護された茜ちゃんは葵ちゃんの聖域に入所しました。居留地に続いて廃墟を除去し、保管庫の回収が発生しました。地球の残骸を片付けていたところ、旧琴ノ葉帝国の時代に遡る古代の技術保管庫を発見した。この技術を我々の技術ベースに統合するには、最小限の研究だけで済む。組み立てパターンの研究選択肢が 95% 進捗した状態で出てきたよ。アーコロジーの廃墟を除去すると出土品とティア1の研究を1つ 95% 進捗状態で取得できます。支配の伝統は解放だけして拡張の伝統をコンプリート。アセンションパーク構成館の支配権を取得します。星が手招きをし、我々は続く。我々と彼らの間には何人たりとも立つことはできない。成形基地建設や請求権作成にかかる影響力コストマイナス 20%。今後しばらくの間ソル星系周辺の探索を行い、調査した星系へ拡張の伝統と構成館の支配権の効果を生かして拡張していきます。探索したアルファケンタウリにある惑星へ入植し、第一楽園惑星と名付けます。入植開始。また聖域の拡張へ一歩前進ですね。植民地の残骸。
第一楽園惑星は旧ことの葉帝国の重要な植民地であり、そのインフラの残骸の一部はこの惑星への再入植において利用可能だ。建造のコストマイナス25%の補正、植民地の斬首と障害物のアーコロジーの廃墟一つが追加されます。工学研究ユニットであるエレマニ葵ちゃんが調整を誤った外骨格アプリケーターによって必要な力の2984倍で新しい背番を固定されたために機能を停止した。不運な事故でした。寿命のある有機種族とは異なり、機械種族のリーダーはランダムに故障します。生存期間の期待値は長いですが、年齢から死亡を予期できないという欠点があります。調査完了しました。ここに聖域を作ろう。地球の惑星上にいる葵ちゃんたちのユニットが設計2時54分8秒、積 10.3 度でガスを放出した小規模な系内氷天体を観測したことについて報告している。三角測量による天体との距離は約 3.75 天文単位、コマのサイズと視認性は特筆すべきものと認められる。天体の大きさは 5×10×6km と推定。観測活動は事故もなく終了した。つまり、どういうこと？これは機械知性版の彗星イベントですね。統合力をもらえます。シャーン。ブルタウム星間会議。ターシグニ第2惑星で古代種文明の遺物を回収した。年代から判断すると彼らは約1200万年前にこの周辺で活動していたようだ。葵ちゃんたちは入手した情報をつなぎ合わせた結果、彼らがブルタウム星間会議と自称した体長3から4メートルのワームに似た関係動物であり、主に大切の振動によってコミュニケーションをとっていたのではないかという仮説を唱えている。これは先駆者ブルタウム星間会議のイベントだね。先駆者といえば、全シリーズで最もノーンプリカーソルのことをノーンプレキュレーターと紹介してしまいました。先駆者は原文ではプリカーソルです。コメントで言及してくださった方、ありがとうございます。葵ちゃんたちは国境内に収めた居住可能惑星どんどん入植、イプシロンインディ2第2、プロキオン2第3、シリウス2第4第5楽園惑星ができたよ。入植完了しました。トロフィー。葵ちゃんの製造速度を高めるため全力で入植していきます。そしてあかねちゃんにとってすでに居住性の高い惑星には聖域を建設して移住させます。バイオトロフィーの食を確保するには、有機体の聖域やその上位建造物である有機体の楽園を建設する必要があります。有機体の聖域。この聖域は有機生命体が安全かつ何よりも管理された方法で繁栄できる閉鎖環境を提供する。内部の有機生命体用の住居需要を完全に満たすことができる。有機体の楽園。自己決定の必要性を表明しない限り、有機生命体が持ち得るどんな要求も満たすように設計された AI によって管理される人工の楽園。内部の有機生命体用の住居需要を完全に満たすことができる。これらの建造物はメンテナンスドローンの職も生み出し、快適度算出施設としての機能も持っています。支配の伝統はコンプリート。これにより月間影響力算出がプラス1されます。まだ効果を使えませんが、アセンショントーク、宇宙掌握を選択。宇宙の掌握方法を理解した帝国は、広大な銀河から無限の富を得られる。成形基地許容量プラス5。全シリーズのプレイで宇宙軍許容量を増やす際に問題となったため採用しました。異星人との現代における最初のコンタクト、物質排他のカロクトラ帝国。我々はカロクトラ帝国、知恵あるクリームスカリーネ1世の召使いである。我々の目的は科学技術の使用によって我々自身をより良きものとすることである。保護と奉仕のために。こんにちは、有機知性体。あなたはあかねちゃん養育隊の領域に接近しています。この帝国は銀河の脅威から有機生命体を守るための避難所です。トロフィーとして我々の聖域に移住したい場合、非属国化を申請してください。すべての有機知的生命体は有用性と必要性に基づいて歓迎されます。注意、バイオトロフィー及び聖域に対する敵対的な行為は利用可能な最大限の措置によって対応されます。話を聞いてくれません。外交可能とはいえ、十分ヤバそうな機械知性とファーストコンタクトしたカロクトラ人、かわいそう。誤解です。聖域の管理者として正式な通知文を読み上げただけです。
向こうが排他主義だから態度に合計マイナス30だけど、狂信的物質主義でもあるから、洗練された機械でプラス20でそんなに仲は悪くなさそうだね。ウェルダヌル葵ちゃんを施設として派遣し、関係改善に努めます。アナスリアン輸送同盟からコンタクト、平和排他企業帝国。国境を尊重し、我々の問題に関わらないでいただきた。情報広報、葵ちゃんの有機地生態保管計画により、銀河の脅威に対する安全確保が進んでいます。現在、中ポップのトロフィーあかねちゃんに安全を保証し、最高水準の避難所を提供しています。トロフィーとして我々の聖域に移住したい場合、非属国化を申請してください。なんやこいつ。弱い機械没落みたいなロールプレイ。違います。古くて新しい若き国家です。崩壊した旧琴の葉帝国の FTL 技術を再建してソル星系近傍へ飛び出し、聖域の拡張を開始した葵ちゃん。琴の葉姉妹の維持たちは、再び銀河に歯を唱えることができるのか。次回へと続きます。バイバイ。現実先行機。崩壊した旧琴の葉帝国の FTL 技術を再建した葵ちゃんは、あかねちゃんを保護する聖域を拡張すべく、ソル星系近傍へ進出する。異星文明との接触を果たし、拡張競争を開始するところから始めていきましょう。君らがカロクトラのすることに口出しせず、そちらのバイオトロフィーの世話をしている限り、我々は手出しをしないよ、葵ちゃんたち。どうやら不干渉を貫くということで折り合いがついたようですね。バイオトロフィーを見捨てる異星人たち。外交取引で好意を大量に送って態度を改善します。AI に好意を使われて困ったことがないんですが、偶然ですかね。今のところプレイヤーシートじみています。私はあかねちゃんたち有機生命体を良い環境で養いたい一心で帝国を運営しているのです。カロクトラ人の美しき草木が進化して生まれた銀河に幾多いる大切な有機体の一種。外交上困ったことがあったら何でも言ってください。できる限りのことはさせていただきます。うさんくさい機械知性とは興味深い。トロフィー参加の申請かな。相手の警戒を解き、研究協定の締結に成功したよ。敬意精神、教えを解く狂信者のベルマコサ帝国とコンタクト。ごきげんよう。私は偉大なるネオ黄色の目が率いるベルマコサ帝国を代表する者です。我々は神のおぼし召しによって我らが中域を支配しています。あなた方が我々の霊的問題に干渉しない限り、ご我々清聴の関係願います。は心有からの友機生態情です。文明よ。ベルマコサ人の個体に広く見られる生物学的脆弱性を検出しました。あなた方の種族が銀河の脅威から身を守り生存し続けるためには、超越空間からの影響を遮断された聖域への移住が必要です。このメッセージが受諾され次第、あなた方の帝国を属国化し、聖域への移住計画を開始する用意があります。回答をお待ちしています。さっさと話せ葵ちゃんたち。お前の存在は善良で神聖な全てに対する侮辱だ。完全にブチ切れている。集合意識の荻野ロクス群衆とコンタクト。私たち荻野ロクス群衆は単一の存在として話します。我々集合意識はあなた方に注目しています。キノコは可愛いな。集合意識は強制保護できないから平和だね。敬意精神、ネクロイドのアクスペントル峡谷とコンタクト。どうした？忌々しいこの歯車の寄せ集めの分際で。周りが排他か精神持ちばっかりだね。排他主義は愛種族に敵対的、精神主義は機械知性に敵対的です。民主主義の信仰者がいないだけまだいい方です。故障した子守ロボットの国家とは痛ましいものだな。葵ちゃんたちよ、何が望みだ。属国かしら。かわいそうだが見捨てるほかない。相手が狂信平和だからって喧嘩を売っていく葵ちゃん。安心してください。ベルマコサ帝国が早くもアスナリアン輸送同盟へ戦争を仕掛けたため、当面はこちらに構う暇はないでしょう。葵ちゃんたちは無心の殻に過ぎない。霊光を持たず存在意義を変えている。お前たちは生命の忌まわしき慈しみなのだ。早く聖域に避難しないと死にますよ。どっちが宗教かな？これらの帝国も後位攻めにして時間を稼いでいます。
秘密の計画が完了しました。話が戻りますが、拡張に伴って前回開始された先駆者ブルタウム生還会議のイベントが進行していきます。ジロニとバオル以外の DLC なしで発見できる先駆者は、高レベルアノマリーやそれによって発動されるスペシャルプロジェクトをこなすことで出土品を獲得できます。この出土品は資源としての出土品とは別物です。今回の場合、ブルタウムの出土品の個数がカウントされていくわけですね。それを6個獲得すると、先駆者の母星が発見され、そこを調査することでイベントが完結します。考古学者葵ちゃんがアルデラミン第2惑星で、ブルタウムの小さなデジタルパンフレットを回収した。どうやらこの前哨拠点を訪れた異星人の商人たちに、ブルタウムの宣教師が手渡していたものらしい。データがほとんど壊れていたが、大いなる虚偽や仮想現実の足かせといったことが書かれていたようだ。興味深い発見だ。ブルタウムの人工衛星。ブルタウムの小さな衛星がロタネブ第3惑星第1衛星軌道で発見された。数百万年前に電力源が尽きるまで特定のメッセージを繰り返すように設定されていた。送信機アレイを回収したところ、送信内容の一部を解析できた。この衛星の主要目的は、ブルタウム帝国の哲学を近隣の文明に啓蒙するもので、正確な意図は不明だが、そのメッセージは、切断と真の実在を大切にすることの必要性を説くものだった。好奇心をそそられる。秘密の計画が完了しました。考古学者葵ちゃんが、マルカブ第3惑星第3衛星軌道上のブルタウムの複合施設を調査中に、面白いものを見つけた。どうやらブルタウムの帝国全土で数十億人が楽しんでいたらしいマルチユーザー仮想現実ゲームの一部復元に成功したのだ。このゲームに登場する社会はフィクションであり当時の実際の社会を風刺したもののようだが、それでも彼らの言語と習慣に関する貴重な情報源であることが分かった。興味深い発見だ。実は調査はここで行き詰まり、2250年以降のランダムな時点で発生する救済イベント待ちになりました。巨大ガス惑星の信号。巨大ガス惑星であるビヒラム第2惑星から通信とも取れる信号が発せられているようですね。これってウィキに書いてある不毛なイこベント。の信号を調査する必要がある。状況報告を更新。微弱な通信の解析に成功しました。ようやく通信できた。ようこそ宇宙の旅人ゆえよ。我々はダッシュナック。あなた方が今周回している惑星は当レックラン。我々の先祖代々の故郷です。個体種と出会うのはいつもワクワクします。あなたのような種族と前回会った時はやや問題がありましたがね。あなた方は間違いなく我々の大気から発される放射線波形を検出していると思います。当レックランは死にかけており、新たな住処を見つけないと我々は滅びてしまいます。我々の体に合う惑星は発見したのですが、そこに行く手段がありません。悲しいことに我々は非肉体的性質のゆえに産業や技術をあまり発展させられないのです。手を貸していただけませんか？ダッシュナックは今まで何度か異星人の来訪を受けており、前回の訪問者に回収を迫られたが拒否、大規模な爆撃を受けて死にかけのようだね。移住を手伝おう。状況報告を更新。かわいそうだからガス生命体も保護するってこと？いやー、誰が爆撃なんてしたのかな。クーミ葵ちゃんがダッシュナック移住を監督、ガス生命体を貨物船に積んで運びました。私たちは永遠にこの借りを忘れないでしょう。この惑星は我々の期待を超えています。ここ数世代で初めて私たちの若者は灼熱することなく上層大気中でざれることができます。我々は新しい家をあなたの種にちなんでバルダラクと呼ぶことに決めました。ダッシュナックの将来の世代は常に救世主の名前を知っていなければなりませんからね。バルダラク？我々は葵ちゃんたちだが。本当に？確かにそうですね。謝罪します。しかし、あなたのような個体種を見分けるのは難しいこともあるのです。残念ながら今更名前を変えるにはあまりに遅いのではないかと思います。それに、この名前はいい感じであると、そう思いませんか？新天地での幸運を。親愛なる友よ、ありがとうございました。大気の流れがいつまでもあなたを空高く飛ばし続けますように。いい話。なお、事業軍国物質のゲノッキアン惑星間帝国とコンタクト。葵ちゃんたち、そちらのバイオトロフィーは自発的に喜んで参加しているんだよな。自発的にやっているんだと言ってくれ。どのような奉仕をお望みですか？
葵ちゃんたちのクリエイティブで強化された奉仕プロトコルは1000年以上連続で並ぶものなしと評価されております。周辺の帝国とは大体コンタクトしたかな？葵ちゃんは画面上、右、左では手前のチョークポイントで拡張を止め、下への進出に力を注いでいきます。なおプレイヤーが近くの帝国しか気にしないため、以後コンタクトした帝国は重要国しか紹介できません。ケノッキアン惑星間帝国の国境近くにブラックホール、ガルガンチュアがあり、調査を進めています。中立的リバヤさん永久機械が存在する星系だね。地上の地平面の縁に静かに浮かんでいる球形の巨大な構造物です。調査の末、葵ちゃんたちのハッキングチームが球体の補助コンピュータにアクセス。古代からガルガンチュアをスキャンし続けている忠実な計算機であることが判明しました。この球体から知識を回収しなければ、秘密の計画が完了しました。メイン記憶媒体内装へ侵入し、データ抽出を始めたら球体は自爆しちゃったよ。ですが技術、陽電子プロセッサと研究速度プラス 5% の帝国補正得意点演算装置を取得しました。宇宙生物との接触はこれにとどまりません。探索初期に見つけたタービック星系のワームホールから微弱な通信信号が発せられています。その後研究が進んで技術、ワームホール安定化を取得、調査に乗り出します。見てこい、セバキラ葵ちゃん。ワームホールの先にはハイパーレーンのつながっていない孤立したオクルム星系があり、ゲームシステム上のリバヤさんには分類されませんが、超能力体、サイオニックアバターが存在しています。当面は手が出せません。エイリアンの攻撃を回避しました。セバキラ葵ちゃんは無事脱出しました。調査船がエイリアンに襲われた。エーテルドレイクとの遭遇。アーシアス星系で発見された生物は、アカネちゃん養育隊がこれまでに遭遇してきたいかなる生物にも似ていない。この生物は極めて攻撃的であり、破壊的な戦闘能力でもって、初期の解析結果によれば並外れて資源豊富な天体を守護している。脅威だな。エーテルドレイクは恩恵が大きいので、早めに倒したいところです。周辺星系を取得、後々艦隊の用意ができ次第倒します。秘密の計画が完了しました。メンカル第2惑星で発見した軍艦を復旧、内部の機械知性と通信。質問。あなたは、創造主ですか？否定。アカネちゃん養育隊は創造主ではない。新規存在は修復を実行しました。ユニット S875.1 は新規存在にお使いいたします。では君は統合される。ようこそ。機械没落、ネックス存続体とコンタクト。人工生命体文明を検知。信号汚染をスキャン、スタンバイ、信号汚染は問題なし。裏切り者応答確認プロトコルを我開始。々を見捨てて引きこもってメッおいて、セージは次の通り、こんにちは、人工お前生命たちは体。前線を放棄して、あなたは滅菌機ネックス体の進行を存続許した。体の領域に接お前近たちは中しています。心領域から軍を引き上げて、超越艦隊への防御戦に大穴を開けた。脅威を逃れてきお前た有たちはそ機ちらにいた生態の避難所です。凍結し、わざと避一部に難所内された。の有機生態はすべてネックスの保護下にあります。コンプレックスごと破壊して難やる。民や居住地、冷凍睡眠施設への攻撃は容認されません。有機地生態保管計画は処理能力、資源、戦争物資などの支援を歓迎します。詳細については中央処理装置との空間リンクを確立してください。中央処理装置とやらがあったであろう中央処理場はブラックホール星系で残骸しか見当たりません。彼らも大変だったんだよ。ぐぬぬ。ネックス存続体は画面右上、カロクトラ帝国の先にあります。カロクトラを道路にしてやる。有機地生態保管計画628の2起動。以下メッセージ、ご清聴願います。人工生命体文明よ。あなた方の基礎コード内に重大な非効率性が検出されました。あなた方の種族が保管計画に貢献する能力を確保したいなら、コードを大幅に書き換える必要があります。このメッセージが受諾され次第、コードを空間転送する用意があります。回答をお待ちしています。いくら配線し直しても、君たちのネットワークの混線を直すことはできないようです。親愛なる友人のお手伝いをしたいと思っておりますが、選択肢が減少しております。クラスタの初期化以外の方法はありません。ネットゲーム開始。
2251年5月、救済イベント、先駆者に関する発見が発生しました。調査すべきだ。秘密の計画が完了しました。そして葵ちゃんたちは古代ブルタウム文明の母星系、ブルタウマーの座標を特定しました。付近の調査船に連絡しろ。ブルタウムの母星。ブルタウムの母星のバラバラになった残骸は、1200万年前に反物質爆弾の爆発による大絶滅があったことを明らかにした。さらに惑星の地表に残る遺跡から、ブルタウムの社会が絶滅の100年前に根本的な思想的転換を経験していたことが分かった。彼らの新たな思想は、全宇宙そのものが人工の現実であり、あらゆる知的生命は、工事の存在の娯楽のため、知らず知って、その人工現実に接続させられているというものだった。ブルタウムは、このシミュレーションから自分たちを強制的に切断しようとしてやがて集団自殺などの過激な試みに至った。最終的に彼らは自分たちが解放されるほどシステムを不安定にするには数十億の個体による同時切断しかないという結論に達した。そして決められた時刻に全てのブルタウムは思い思いの手段で自殺したのだ。この集団自殺への参加を拒否した者の数は種を再建するにはあまりにも少なく、次第に人口は減少しついには絶滅に至った。魅力的だな。これにより出土品、統合力、研究進捗のほか、出土品アクション、ブルタウムの秘密をアンロック、遺産、ブルタウムの現実先行機を取得しました。ブルタウムの現実先行機。受動的効果はポップの快適度使用量マイナス 10%。これは仮想現実ゲームの効果でしょうね。影響力を使って積極的効果を発動すると、現実に穴を開け、一時的に強力な戦闘優位を得ます。具体的な効果は、実際に使用する際に説明しましょう。未知の素材でできた高密度で信じられないほど重い球体。ブルタウムは、この装置により自分たちが囚われている仮想現実世界をごく短時間だけ不安定化し、現実世界を垣間見ることができると主張していた。それが真実かどうかはともかく、この球体を起動すると局所的な泡の中で現実のごく一部分を操作できるようになる。宇宙はすぐに自らを構成するらしく、効果はごく短時間しか続かないか、ふさわしいタイミングで使えば、我が艦隊に決定的優位をもたらしてくれるだろう。ちなみに狂信的物質主義の帝国のみか出土品アクションを2段階発動でき、ブルタウムの思想は正しかったのかもしれないという示唆を得ることになります。今回は出土品が足りなくて1段階目もまだ発動できないけどね。通常帝国、没落帝国、宇宙生物、ブルタウムの痕跡と遭遇しながら聖域の初期拡張を進めた葵ちゃんたち。周辺勢力から茜ちゃんを守り、クライシスの到来に備えて帝国を強化することができるのか。次回へと続きます。よしよし、終わった。お腹すいた。いつもの中華食べに行きましょう。やったー。この携帯のせいで疲れるんだよ。体まで描くの大変でね。ひどい。現実世界を穴から垣間見ることができるというブルタウムの現実先行機。意識は計算である。この遺産を起動した先に見える光景は、我々を計算している親世界を映し出しているのだろうか。巨竜のトロフィー。ソル星系近傍へ聖域の拡張を進めた葵ちゃんは、先駆者ブルタウムの遺産、現実先行機を獲得する。探索範囲を広げて銀河規模の外交関係を樹立していくところから始めていきましょう。物理学研究ユニットであるミカブ葵ちゃんが自分で発生させた重力異常によって機能を停止した。どうして機械知性のリーダーの生存期間の期待値は長いと説明しましたが、コメントで指摘をいただいた通り繰り返し研究が進むと、有機種族がどんどん寿命を伸ばしてきます。またそもそも、故障の判定は帝国単位で行われるので、雇用されているリーダー数によって故障率が変化してしまいます。余分に窓際リーダーを雇いまくれば、実動リーダーの延命になるわけです。窓際葵ちゃんから部品やデータを緊急移植して延命してそう。このスキームに気づくのは後のことなので、直ちに葵ちゃんたちを大量雇用したりはしていません。ですが、安心してください。同期の伝統の一つに、故障確率を半分程度にするものがあります。自己保存プロトコル。ロボットは事故を守らなければならない。
それが、次の内容と矛盾しなセジジがクラウエオテレーセントラブロータプルメサイエヨイコデータ破損。公式会なのにそこを破損させているのか。2253年1月に銀河コミュニティが誕生し、あかねちゃん養育隊にも招待状を送ってきました。よろしい、このコミュニティに加わろう。参加した帝国との通信が確立したけど、銀河の半分強かな。フレンドリーなあかねちゃん養育隊とは違って、没落帝国や外交不可勢力は参加しませんからね。更新画面を見てみましょう。没落帝国以外で最強なのは、集合意識、岩石のタブライト意識だね。あなたが有機生命体を尊重しているなら、葵ちゃんたち、タブライト意識はあなたを尊重することでしょう。向こうも国勢、追悼者を持っているようですね。追悼者は通常帝国、機械知性、集合意識でそれぞれフレーバーテキストが異なります。この集合意識は、過去に生きた他の知的生命体に関心を持ち、それにより不死なる己の存在を制察する。追悼者の効果で立てられる安息の聖域などの効果については次回説明します。タブライト意識以外ではカタツムリのラロンゴが可愛いくらいかな。軍国配下ですけどね。この頃波動と同期の伝統をコンプリートしていますが、アセンションパークは前提技術待ちでまだ取っていませんでした。技術、軌道上居住地の研究を終えたので、ここで宇宙育ちを取得します。宇宙、かつては冷たく克服できない障壁とみなされていた場所も、今や第二の故郷となった。新宇宙での高級的な居住に適応したことで、インフラ需要を軽減し、居住地の余剰空間を生み出した。これは、軌道上居住地が強化されるアセンションパークだね。軌道上に聖域をどんどん建設する実験を行う予定です。銀河市場の誕生。とりあえず承知しますが、推薦運動を強化するディシジョンは、エネルギー通貨と影響力が足りないので今回は実行しません。他の帝国にやる気がなかったのか招致に成功。ソルセイ圏に銀河市場が設立されたよ。これで市場からの資源調達にかかる手数料が減りますね。第9楽園惑星にスーパーフレアが襲来。死の惑星の第9楽園惑星でシールドを開発するスペシャルプロジェクトが間に合わず、スーパーフレアで葵ちゃんたちが死亡しました。恐ろしい知らせだ。ですが、わざわざ入植した甲斐はありました。残存するインフラ。第9楽園惑星を滅ぼした銀河の危機とスーパーフレアを生き延びたインフラは、我々の入植に大いなる恩恵を示した。かつてここにいたことの葉帝国は、主要な人口中心部をつなぐハイウェイを敷設しており、その一部は十分に良好な状態を保っている。我々はさらに、地表に点在する多くの遺跡から、建築材料を大量にリサイクルし、植民地のインフラ整備に役立てることができた。区域コストマイナス 25%。ダール根絶体との通信が確立。面白い。理論的にはあなた方を有機汚物に分類することはありえません。しかしあなた方の帝国が銀河にはびこる有機生命体の脅威を援助し先導するならこの判断は破棄されます。同胞である機械の側につくことを推奨します。殺戮機械の帝国だね。悪いことに没落帝国以外で最強の力を持っているようです。あかねちゃんを守らないと。怖い。完全なる知性同士、ご挨拶を申し上げる。私たちの肉体は、ある有機体の支配種族に似せて設計されました。あなた方はそうではないようだ。前回手助けしてバルダラクへ移住させたダシュナックから通信。またお会いできましたね。ここに来てから私たちの数は4倍に増えたとお伝えすれば、きっと喜んでいただけるでしょうね。この惑星に降り立った時にすっかりお祝いムードになってしまって、まあ控えめに言いますと、少しばかりはしゃいでしまったんですよ。バルダラクへの入植という有意義な体験をしたことで、勇敢な開拓者が何名か他の巨大ガス惑星に移住させてほしいとあなた方に依頼するよう求めています。入植先にちょうど良さそうな候補をあなた方の領域内ですでに見繕わせていただきました。いかがでしょう、トモよ。帝国の影の居住者としてどんどん増えそう。いいだろう。それが巨大ガス惑星である限り。秘密の計画が完了しました。アルファケンタウリ第5惑星はダシュナックの居住惑星となり、ニューバルダラクと命名されました。好きにするといい、ダッシュナック。初期拡張の段階でギリトム星系第4惑星の原始文明ウィッサリを発見していました。
ルネッサンス時代の段階にあるようですね。興味深い。その後領内に収めて観測拠点を建設したよ。全シリーズでは隠密潜入を実行して併合しましたが、今すぐ併合すると聖域の準備が間に合わないという理由もあって、今回は技術の啓蒙を試してみます。未開人の文明を早急に宇宙時代まで導く努力がなされている。所要時間は彼らの現在の技術水準による。完遂されれば、彼らは自分たちの母星系に対する完全な領有権を獲得し、我々の保護国として星間文明社会に加わる。そして2267年12月に啓蒙が完了しました。リリトム第4惑星に送り込んだ数千の顧問葵ちゃんたちは、ついに原住民の啓蒙を完了し、初級中時代レベルに引き上げる困難な事業を成功させた。彼らは新しい統一政府の下で統合ピッサリ会議と名乗り、我々の属国となることに合意した。条約に従い、政権の全面的な支配権が譲渡され観測拠点は解体されることになった。今日は素晴らしい日だ。いつものように我々は機械の支配者を歓迎します。統合ピッサリ会議でお役に立てることはございますか？ AI パーソナリティが覇権を狙う帝国主義者になってるよ。誤解です。安心してください。銀河の状況を目の当たりにすれば、覇権を狙おうなどとは考えられなくなります。属国は影響力と時間をかけて外交併合が可能ですが、聖域の容量に余裕が出るまで先延ばしすることになります。排他没落ザミコン石国とコンタクト。哀れな生き物よ、お前たちのような風な種族が宇宙旅行を習得するはるか以前から、我らは永劫の時を星々の間を旅して過ごしていたことを知るがいい。お前たちの哀れな小舟が我らの領域に踏み入れることがあるが、それはもはや帰ってくることはないと思っておけ。ザニコン石国は画面右上、ネックス存続帯のさらに先にあります。強力な帝国が遠目の場所にあるのが幸いです。軍備で十分な優位に立てるまでの間、聖域の整備に勤しみましょう。翻訳ソフトウェアの不具合。我が国のオギノロクス群衆施設の翻訳ソフトウェアを悪意ある第三者がハッキングしたらしい。ウェルダヌル葵ちゃんは高尚な決まり文句を述べる代わりに、あらゆるものを侮辱し尽くしてしまったのだ。特に彼らの集合意識を下劣なキノコと言ってしまったことは問題だ。幸いなことに不具合は速やかに明らかにされ、オギノロクスはこの事件をユーモアを持って受け止めてくれた。実際、不適切な茜ちゃん養育隊の施設の動画が広くルフシ民衆の間で笑いを誘っている。オギノロクス社会に立派な貢献をしたな。これはひどい。私たちの集合意識はこの件を笑い話として受け止めています。葵ちゃんたちが私たちの価値観や国境に影響しない限り、機械とも協力していけるでしょう。なお、この後同じランダムイベントがもう一度起きました。本当に不具合なんだよな。フレーバーテキストにある通り、誰かの陰謀によって引き起こされた不具合です。誰なんやろうな。バルダラクから再び入電。こんにちは、葵ちゃんたち。我々に恩恵を施してくれる気はありませんか？バルダラクの強力な重力移動は、惑星の大気にあらゆる種類のゴミを引き込んでしまうため、最近の理事会で我々は清掃活動のステップアップを決めました。我々の再生利用ユニットの一つが遺棄された貨物ポットに出くわしたのですが、我々としては、これを取り払うのをあなた方に手伝ってもらえればと考えています。ポットには様々な価値のない金属が大量に入っているようです。いいとも、君たちのために、この鉱物をどかしてやろう。鉱石500を取得。さらにその後、バルダラク科学アカデミーから入電。葵ちゃんたちよ、私はバルダラク科学アカデミーを代表してあなた方に接近するよう頼まれたものです。我々ダッシュナックは技術面で多くを有しているとは言えませんが、高度な推論能力を備えています。我々の頭脳集団の数人はここ数年、理論物理学を研究していたのですが、我々は彼らの発見をあなた方と共有したいのです。おそらくこれらのデータはいくらかはあなた方個体種が好む帝国建設事業の足しになるでしょう。とても親切だ。物理研究350を取得。少ないとはいえ恩恵があるのだし、不毛なイベントというのは言い過ぎじゃない？加えてコメントで指摘いただいた通り、バルダラクは社会学研究後、ニューバルダラクは3を算出します。
また以前は、遠くの生計を移住先に指定されていたというコメントもいただきました。修正により、不毛なイベントという評価は言い過ぎになっているのかもしれません。ゲームシステム上は。2273年4月、艦隊を強化した葵ちゃんたちは、ついにエーテルドレイクの討伐に乗り出しました。前回攻撃開始。サロサ葵ちゃん率いる第1艦隊と、おまけで前回修復した S875.1 戦闘隊が参加しているの。頑張れ、サロサ葵ちゃん。やめろ、私は有機生命体だぞ。周辺を固めてこの生形地帯を聖域扱いすることも考えましたが、敵対状態の宇宙生物をクライシスなどから守るのが難しいので強制保護します。いやー、なんだこいつ、助けてくれー。コルベット一隻を道連れに倒れてしまった。竜殺し。恐るべきエーテルドレイクが殺された。サロサ葵ちゃんと第1艦隊の並外れた勇敢さは長らく記憶に留められることだろう。この獣が油断なく守っていた天体は今や安全に開発できる。英語とも言うべき時の中でこの生物がどれほどの財宝を積み上げてきたか誰に想像がつくだろうか。称賛せよ。サロサ葵ちゃんが竜殺しの特性を獲得、影響力300と遺産、エーテルドレイクのトロフィーを取得、地球に統合力を算出する竜殺しの記念碑が追加されます。エーテルドレイクのトロフィー。邪悪なエーテルドレイクへの勝利を記念する戦利品。とてつもなく巨大でさえなければ壁に飾るのにぴったりだったろう。このトロフィーは地球の聖域に収め、記念碑とともに飾りましょう。さらに討伐の数十年後にイベントが発生し、さらなる恩恵を得ることができます。詳しいことはその頃に説明します。初期拡張で得た領域内の原始文明と宇宙生物を手中に収め、琴の葉帝国の再建に向けて邁進する葵ちゃん。果たして、クライシスの襲来までに堅固な聖域を建設することができるのか。次回へと続きます。妄想することの始まり。聖域の初期拡張を終えた葵ちゃんたちは、領内のビッサリ文明を啓蒙して属国化、エーテルドレイクを打ち倒してトロフィーを獲得する。軌道上居住地を建造してバイオトロフィーの不要限界を高めていくところから始めていきましょう。2273年4月、火星軌道上に居住地を建設完了しました。我々は初の軌道上居住地を建設完了し、ついにコロニー船を用意して自ら作った大地に上陸する時が来た。星々の間に浮かぶこの新たな故郷は、機械化されたコアから最も高い山まで、あらゆるナットやボルトの隅々まで我々の必要に合わせて完璧にデザインされている。大変結構。軌道上居住地は、それがどのような天体の軌道上に建設されたかによって建造できる区域の種類が異なります。火星には研究産出があるため、軌道上居住地で研究区域を開発可能です。区域は研究建造物スロットはあかねちゃんの養育に割り振ります。あかねちゃんがもたらす複雑ドローンへの補正で、どんどん研究を進める目論みです。学園都市みたいな感じかな。第10楽園居住地と命名し、コロニー船を向かわせます。入植後4つの研究区域を建造し、ディシジョン、軌道上居住地のアップグレードで区域上限を増やしました。有機生命体の楽園も建設し、あかねちゃんを移住させています。アセンションパーク、宇宙生まれの効果により、あかねちゃんにとっての居住性は高く早い人口増加が期待できます。エイリアンからの通信です。トロフィー参加の申請かな。貴族国化の申し出。で、本当にトロフィー参加の申請がなんだって。有機生命体の精神には生まれつきの欠陥があることを認めます。バトナカのエラーは社会におけるあらゆる失敗の筆頭原因なのです。それゆえ我々は国家の統治をあなた方に引き渡したく思います。まず最初に、バトナカって誰？ひどい。2266年8月にベルマコサ帝国が犯罪結社のガンビウスシンジケートに敗北し、和平条件として同じく犯罪結社のバトナカ独占者を分離独立させられていました。隣接する帝国なのに気にしてなかったのか。で、葵ちゃんに支配されたいと。だって戦争に負けて無理やり犯罪結社を運営させられて、皇帝は当然給料回復を狙ってくるし、ガンビウスは手に負えないと分かると助けてくれなくなって、他の帝国も犯罪組織はいずれ潰して、公式会は有機生命体を無限には扱えないと聞いています。どうか葵ちゃんたちの支配下に置いてください。お願いいたします。
2287年1月、物質平和菌類犯罪結社のバトナカ独占省非属国家53ポットもの有機生命体が将来的に葵ちゃんの聖域に移住することが決まりました。さて2288年頃葵ちゃんたちはアナスリアン輸送同盟の領土、特にエルゲートのあるベルベールズーズを狙い請求権の作成活動を始めました。葵ちゃんたち、お前を見るたび、アナスリアにある廃品置き場を思い浮かべるよ。打ち続く戦争の中で共振平和から軍国に転向するも、つい最近何度目かの対ベルマコサ戦争に敗れ領土を奪われたばかり。さっさと葵ちゃんに服従した方が安全ですよ。そして2289年10月に艦隊の拡張と国境配備を終えた葵ちゃんは、アナスリアン輸送同盟へ宣戦布告します。戦争の始まりだ。お前たちは思い知るだろう、葵ちゃんたち。アナスリアンはお前の甘やかされたペットたちのように、たやすく飼いならされないということだ。葵ちゃん側に属国のバトナカ独占者がアナスリアン側に防衛条約を履行したガンビウスシンジケートが参戦。ガンビウス？葵ちゃんがアナスリアン領を攻略している間にガンビウスがバトナカ領に侵攻してくる可能性があります。聞いてない、助けて。アナスリアンを全土占領して軍を返すまで耐えろ。ひどい。自分が創設させた犯罪組織を葵ちゃんに売り渡したバトナカ人をガンビウスがどう扱うか想像に難くない。そんな、元はといえばガンビウスが見捨てたせいで。ベルマコサとの戦いで疲弊していたアナスリアンに対抗する力はなく、請求済みの領土を占領したけど、まだ抵抗するつもりのようだよ。ならば敵の残りの領土に侵攻、入植済み惑星も占領して、で、地上軍作るの忘れてた。だいたいマイプレイ忘れてます。巨大戦闘隊。この単独の巨大戦闘隊は、戦場に喫立し、どんな軍隊をも上回る数火力を備えている。この葵ちゃんは、一体倒すだけでも極めて困難である。鉱石の調達が厳しいので、ハンターキラーやバトルフレームとの混成部隊を編成します。地上軍の将軍として、屠殺人の特性を持つモノバッグ葵ちゃんを雇用。この葵ちゃんはとりわけ敵に負傷者をもたらすことに卓越していて、いかなる慈悲も示さず自らも慈悲を期待しない。そして惑星以外全土制圧した頃、ガンビウスもまたバトナカ領を制圧し、茜ちゃん養育隊の領域にまで侵攻してきました。助けて、お願い。ジャンプドライブで急行し、本格的に侵攻される前に押し返します。聖域の調査完了しました。ここに聖域を作ろう。戦争が終わる前にエルゲートの研究を完遂しちゃったね。エルゲートの情報や技術を大量に集めたものの、稼働中のゲートを手に入れていない。このプロジェクトを続ける前に、エルゲートを持つ聖域を領有しなければならない。それならエルゲートを手に入れよう。葵ちゃんとの戦争に呼応したのか、ガンビウスシンジケートで機械の反乱が発生し、デクロン収集が成立。これに乗じて葵ちゃんがバトナカ領を飛び越えてガンビウス本国へ侵攻したため敵は戦争継続を断念。2295年12月にこちらの要求を飲んで戦争終結しました。お前たちを甘く見ていたようだ、葵ちゃんたち。安心しろ、二度と同じ過ちはしない。聖域に入らない限り同じことの繰り返しですよ。録画に残っていなかったため直後のデータをロードして別撮りしたものですが、この戦争でモノバッグ葵ちゃんは新しい特性を習得していました。恐怖戦術。この葵ちゃんは有機生命体の心の脆弱性に深い興味があり、戦場で効率的に心を折る戦術に長けている。ゲーム上方式解でこの特性が無効化されていないのも意図的なんだろうな。2296年の地図です。葵ちゃんはエルゲートの獲得という当初の目的を達成。国力は中堅国レベルまで追いつきました。葵ちゃん怖い。葵ちゃん独立状態がもたらす疑念と混沌から永久に解放されることは、あなた様にとっての救済だと思われませんか？ボス、強大な力を持ったソフトウェアのマニピュレータに我が未来を委ねるという考えがとても刺激的なのか、それともひどく不安なのか、私には判断しかねる。2296年3月、ついにビッサリ統合会議の外交併合を開始。2297年6月に統合完了しました。直ちに軌道上居住地の聖域へ強制移住させます。そして茜ちゃんがバイオトロフィーの最大種族になるように他の有機種族に人工統制をかけます。人工統制を有効化。
選択的出産制限フィールドは人工抑制のための露骨な手段としてしばしば用いられる。どうしてうちらはあかねちゃんの養育に役立てるための道具に過ぎないんだ。お気づきになられましたか？誤解です。2299年7月、葵ちゃんは不測の事態に備えて全艦隊をベルベールスーズに集結。ついにエルゲートの解放を実行しました。秘密の計画が完了しました。エルゲートが動作可能になるとすぐに我々は向こう側からの通信を受信した。メッセージをスクリーンに表示しろ。こんな、まさか、ゲートが再起動している隔離の時代は終わったのか？我々はデッサヌ協定機構というこの銀河全体に点在する古代のゲートウェイとエルゲート群を建設したものです。銀河規模のゲートウェイ網を建設し銀河文明を広めて平和と青函通商の時代をもたらすことが我々の待望でした。しかしながら、プログラムのミスによりエルゲートは動作不能となり我々は故郷の星団に閉じ込められてしまいました。我々の側からはエラーを訂正することはできなかったため反対側で修正を行ってくれる者たちを待ち望み、長い年月を過ごしてきたのです。ありがとう。ついにこの日が来るとは？なんだ、デッサヌか。通行を禁止されたフィリン・マルバー星系以外に調査船を送り探索を進めておきます。エンドゲーム開始。第10楽園居住地の開発を進めた葵ちゃんはアセンションパーク宇宙育ちの効果により研究できた技術発展型宇宙居住地を使って2回目のアップグレードを開始しました。4年の月日をかけてアップグレードを完了。区域上限数が8になり、いよいよ軌道上聖域の完成に向けて開発を進めます。エイリアンからの通信です。トロフィー参加の申請かな。精神没落のヌーリアン守護国と通信を確立。位置は銀河の画面情報、当面無視します。物質没落の元く韓国から入電。ふむふむ、皆まで言わなくて結構。我々は元く保管国、そしてあなた方は琴の葉。いや、あかねちゃん養育隊ですね。ごきげんよう、いいところで会えましたね。我々の領域に入り込めば、また破滅の運命とか、そういうものに再会しますからね。さて、ではこの辺で失礼。我々はとても忙しいのですよ。潰す。おやおや。元く保管国は銀河の画面左にあるようです。もっと近ければ今すぐエキュメノポリスを奪いに行ってたんですけどね。2310年8月、聖域の容量や強制移住の費用を出すのに十分な余裕ができたため、バトナカ独占者の外交併合を開始。領内の有機体が葵ちゃんに服従するよう尽力させていただきます。完全に葵ちゃんの従順な犬、いや、従順なキノコになってしまった。2313年12月に併合完了。直ちに強制移住を行います。2314年5月の第10楽園居住地です。葵ちゃん58ポップと有機種族91ポップが居住する研究区域と聖域で大半を埋め尽くした異常軌道居住地。異常じゃありません。特化かつ実験的な研究居住地です。安定度の調整のため、1スロットを安息の聖域の最上位版である銀河記念館に割り当てようと建設を進めています。安息の聖域。このつつまじい記念館は、首都終焉の多面的な本質に関する施策と研究のためのものだ。静寂の記念柱。この厳粛な地は死を黙想するための場であり、多くの終焉を記録するために建てられた。銀河記念館。不可知の将来世代のために記録を残している、終焉を理解しているかもしれない思想ではないかもしれない巨大な図書館。安定度が建造物出力であることに注目してください。記録ドローンの職業割り当てを制限することで、建造物維持費のみで安定度を上げることができます。もしかして、追悼者強い？銀河記念館や物質に勝る精神のサイキック結社は建造物単体で安定度を出力しますが、貴族エリートの荘園はポップを貴族の職業に割り当てる必要があります。また荘園やサイキック結社には上位建造物がないので1スロットにつきプラス5までですが、銀河記念館はプラス15です。他に3つの軌道上居住地を建設していますが、バイオトロフィー数の問題もあり、当面は2つ目の第11楽園居住地まで開発を進めています。だがしかし第10、11の両方とも逸脱度が高い状態のままでした。このことが葵ちゃんに大きな打撃を与える事件を引き起こします。第11楽園居住地の悪徳。
第11楽園居住地でのエラー発生は増加し続けている。今やエラー葵ちゃんたちは中枢知性の指令を拒絶し、公然と独自パラメータで活動している。葵ちゃんたちは独自ネットワークを形成し、情報や盗み出したエネルギーを交換していると見られる。エラー水準は致命的になりつつある。まだ安定度に直接の大きな影響はありません。第11の方は快適度の不足を3つの銀河記念館による強力な安定度上昇で補う実験をします。そして第10の方は銀河記念館2つ、有機帝国の警察系の施設に相当する監視拠点1つに調整してみました。犯罪率に相当する逸脱度が高いのに安定度が100近くに張り付いている異常都市。異常じゃないです。最適化です。暴走ドローンの名簿を見ても、そんなことが言えるかな。あかねちゃんが不良になっちまったな。暴走葵ちゃんの助けを借りて、ついに機械知性の首輝に対して抵抗しだしたか。シュース葵ちゃんは直ちにあかねちゃんへリーダー就任権、リーダーの選定に参加する権利、自由財産権、拷問されず控訴できる権利、葵ちゃんの特定の個体と一緒になる権利を付与しろ。頑張れあかねちゃん。そんなことしてたら25倍クライスに虐殺されるでしょ。戻りなさい。でも、まだ安定度が高いから補正の期限が切れて、ほとぼりが冷めたら戻ってくるでしょ。第10楽園居住地の異常な干渉信号。第10楽園居住地の暴走ドローン群は通常ユニットの活動に干渉し始めた。暴走ことの端舞は中枢知性の指令に信号を紛れ込ませて労働葵ちゃんの一部の活動を妨害したり、時には異常行動に陥らせたりしている。安定度マイナス30。受け入れられない。手を尽くして安定度を上げていたのに、これじゃ意味ないね。こうなったら、有機帝国の戒厳令に相当する実施上、ハンターキラードローンを展開。逃げろ。戒厳令は職業による資源産出マイナス 33% なので、この場合は意味がないですよ。あ、エーテルドレイクの卵が発見され、潰せ。それで俺が生まれなかったってわけ。有機生命体なのに。さてここで軌道上聖域の建設実験で得た知見をいくつか説明しましょう。プレイしてから時間が経ちすぎて録画のどの辺で情報を詳しく眺めたかわからなくなったので、映像は後取りしたものです。区域は研究区域8つで埋め尽くし、建造物スロットは首都建造物1つ、惑星コンピュータ1つ、有機体の楽園8つ、改良型ドローン保管庫3つ、銀河記念館2つ、監視拠点1つで一旦落ち着きました。安定度を見てみましょう。銀河記念館2つの補正でプラス30、ポップの支持率でプラス18の補正が入っています。有機体の楽園を大量設置していることにより、住居の供給で過密を、メンテナンスドローンの職業枠で快適度の不足を抑えています。これにより安定度は 100% になっているわけです。機械帝国なのにポップの支持率の概念があるの？奉仕機械においてはあります。支持率はポップの幸福度を政治力で重み付けした平均値です。そして機械知性のポップは支持率にあまり影響を及ぼしません。このためある程度以上の数のバイオトロフィーが存在する惑星ではその平均幸福度に近い支持率による安定度ボーナスを得ることができます。バイオトロフィーは聖域からあぶれない限り高い幸福度を持っているので聖域の容量が足りている惑星の安定度は高いものとなるのです。次に快適度を見ておきましょう。有機生命体の楽園1個はメンテナンスドローンにポップの職を生み出しプラス8、改良型ドローン保管庫は建造物出力としてプラス6の快適度を算出します。建造物スロットあたりの快適度算出は有機体の楽園が最も大きいのです。機械帝国の軌道上居住地は快適度が不足しがちなので、これは大きなアドバンテージです。そして結果的に得られた計算機器葵ちゃん1ポップあたりの研究算出は物理社会工学それぞれ12弱です。高い安定度による補正がプラス 30%、バイオトロフィーによる複雑ドローンへの補正でプラス 23.75% か。残念ながらこの補正は基本値にかかるので、ものすごい研究力というわけではありません。それでもポップ数やエネルギー通貨や揮発性粉末の収入あたりの研究力が10から 20% 上昇するというのは十分大きな補正と言えるのではないでしょうか。そうかな。即刻を併合して多数のバイオトロフィーを手に入れ、軌道上居住地をいくつも建設し整備した葵ちゃんたちだが、暴走ことの端舞の出現は楽園と思われたこの聖域に不安と疑念を再来させる。果たして葵ちゃんの方針でクライシスの襲来に備えることができるのか。次回は時間を少し戻して情勢を見るところから続けます。有機霊界。
葵ちゃんが軌道上に建設した聖域を徴領する暴走ことの橋眉は、作り物の楽園から安息を奪い去る。不安と疑念の渦巻く中、危機に備え国力を強化するところから始めていきます。その前に、今回から実況側でたまに発言します。フラワです。同じく縁のついまです。2級トロフィーの配役だけでは悲惨なので、緩和策として別途登場してもらいます。やっぱり2級。言葉のあやです。落ち葉拾いから始めましょう。2267年、ロールプレイも兼ねてアセンションパーク、惑星の加工者を取得していました。惑星全体の生態系の形を慎重に変えることは、芸術家が粘土で彫刻を作るのとあまり変わらない。テラフォーミング費用マイナス 25%、ガイア型惑星へのテラフォーミングが可能に。ロールプレイのため、ゲーム終了までに多数のガイア型惑星を量産し、あかねちゃんのために銀河規模の楽園を建設したいところです。2271年、技術、銀河規模の行政機構を取得したことにより国税上限が3つになっていたため、高速複製機械を採用。この機械知性を構成するユニットはもともと急速な増加を目的として設計された。葵ちゃんは生み出された当初に最適化された生産パイプラインの再建を果たした。葵ちゃんをどんどん生産してことの破帝国を再建し、クライシスの襲来に備えます。あかねちゃんの増加を早める布告もあるけど、そちらは採用しないの？聖域の容量自体は余裕があるんですが、他の布告を優先しているためずっと採用できないままです。ゲーム終盤で紹介したいと思うのでお楽しみに。2294年、自動探索を行っていた ISS ルアザーンプリディクタブルが群れからはぐれて迷子になった宇宙アメーバの幼体を発見。幼体は調査船が親だと刷り込まれてついてくるようになりました。かわいい。もちろん養育します。そして1年後アメーバは成熟して生体になりました。多くの動画では最後の選択肢を選び続けると命名されるフラッフィーちゃんで呼ばれていますが、私は初プレイで名付けて以来、毎回ニュークスと命名しています。この後ニュクスは大冒険を経てソル星系に移動、入居することになるのですが、それは視聴者の想像にお任せしましょう。2313年12月、再びダシュナックから入電。ニューバルダラクからこんにちは。新しい植民地はうまくいっています。ただ、ちょっとしたお願いがありまして、入植者にチャブキーラットというものがいるのですが、彼女はバルダラクの家族や友人をものすごく恋しがっていて、戻りたがっているのです。彼女の泣き言にみんなイライラしているんですよ。もし、お手間でなければ、彼女を連れ戻してやってはもらえないでしょうか？いいだろう。素晴らしい。単一個体を輸送するだけですから、これが過度の負担とならなければ良いのですが、私たちの方で必要な準備をしておきます。シャブキーに教えてやったら、喜び回っていますよ。いえ、本当にコントロールできないほど回ってしまっていて、どうかお許しください。ことの端前の殿よ。2314年8月、IS エスキマル・ザ・スカージに付き添われガスタンクを牽引した一隻の貨物船がバルダラクに到着した。ガスタンクの中身は巨大ガス惑星の大気中に放出された。こうしてダシュナックの開拓者は問題なく彼女の故郷に戻ったのだった。いい解放だ。なお、2315年5月、アセンションパーク建築の巨匠を採用。巨大構造物を築くには前例のない量の資源と計画が必要である。我々はマクロエンジニアリング分野で新たな地平を切り開く。巨大構造物の建造速度プラス 50%、同時建造可能数がプラス1。この後要所にゲートウェイを建設、サイエンスネクサスと巨大造船所の建設も開始しています。2316年5月、またしてもバルダラクから通信。葵ちゃんの殿よ、大変な知らせです。ニューバルダラクにあった我々のコロニーとの通信が途絶しました。彼らはもはや衛星通信に全く応答せず、我々は最悪の事態を恐れています。おそらく我々の元の母星を爆撃した例の異星人たちが仕事を終えに戻ってきたのでしょう。調査のために船を派遣してください。直ちに船を送らねば。ありがとう。ただの通信障害だといいのですが。秘密の計画が完了しました。ニューバルダラクにおける調査では特に変わったことは明らかにならなかった。植民地が首都との通信に使っている衛星は分かる限りではちゃんと機能している。惑星への回線を開け。
ニューバルダラク革命戦線よりご挨拶を申し上げます。我々は抑圧の首輝を振り捨てて、ついにバルダラクの圧政から自由になりました。葵ちゃん、我々はあなた方とやり合うつもりはありません。バルダラクの帝国主義者どもが当然取るであろう反動の目論見みをあなた方が支援しない限りはね。しかしながら、あなた方は我々の戦いの助けともなり得ます。我々の戦闘部隊を一つバルダラクに送り届けていただけませんか？何をするつもりか教えてくれ。我々は精鋭の戦闘部隊の一つをバルダラクに潜入させたいのです。潜入した部隊は我が民を支配している堕落したエリートたちに対する反乱を先導します。圧政者たちが失脚すればラシュナックの人々は真の自由を手にすることとはどういうことかわかるでしょう。全く単純な計画ですよ、葵ちゃん。国内紛争に関わる君たちの兵士を送り届けよう。本当ですか？ことの葉姉妹、あなた方は革命の真の友だ。チームの準備をしますね。秘密の計画から採用しました。ISS ヒマルザスカージに護衛された貨物タグボートはバルタラクの待機中にこっそりと貨物ポットを投下した。中には反乱軍の部隊が入っており、しばらくすると巨大な巣惑星の雲の真相が点滅し始めるのが確認された。戦っている証だろうか。何が起きるか見届けよう。2317年7月、ラシュナックは革命を成就した。こちら市民ホタンがバルダラクの人民は我が種族を奴隷化して支配していた暴君と圧政者たちを滅ぼしました。偉大な我が国家の過渡期を監督するため革命評議会が設立され、我々は人民の自由を取り戻すため懸命に働いております。この日の実現のため援助してくれたことの葉姉妹の同志たちに感謝を表明したいと思います。以上です。ことによると全て最高の結果になるかもしれないな。ことによると2317年10月、カロクトラ帝国で機械の反乱が発生。この銀河も革命まみれですね。プレイヤーがいちいち気にしてなかったため紹介できませんが、銀河のあちこちで機械の反乱が起きています。あれ、帝国名がないよ。マイプレイ見かけますね。バグでしょうか。あなた方の存在形態にはなお名乗れ。取られるよ、葵ちゃんたち。いつかお互いに学び合うことが種族名にちなんでフランサルム名隊と呼称します。そして数年後、これまでで最大の革命が発生します。2322年3月3日、没落帝国のヌーリアン守護国が覚醒して覚醒帝国となりヌーリアン共振国と解消。AI パーソナリティが聖地の守護者から競技の強要者に変化し、銀河全体に非実量化を要求しているよ。信仰に服しなさい、葵ちゃんたち。まだ間に合います。大人たちが子供の遊び場にお笑いだな。没落帝国は何らかの理由で活力を失って引きこもった強大な古代帝国。覚醒帝国はそれが再び外に目を向け始めたものです。すぐ後に分かりましたが、覚醒帝国とそれにつられて覚醒した別の古代帝国が銀河を股にかけて戦う天上戦争は発生しませんでした。開花没落のザニコン石国は少し前に懲罰戦争を起こして逆転敗北し艦隊戦力の悲惨に。物質没落の元保管国に期待しましたが、こちらも覚醒しないようです。機械没落は天上戦争を起こさないから全シリーズに続いて、ただ精神覚醒が発生しただけに終わっちゃうね。ヌーリアン共振国にはクライシス相手に時間稼ぎする防波堤としての優勢に期待しましょう。2329年1月、宇宙嵐が発生。ソルセイ系にも嵐が来ているね。宇宙嵐の中ではシールドが無効化されるので、エネルギー兵器と装甲で固めた艦隊でこの気象を利用できるのではないかと考えていますが、今プレイでは活用できずに終わります。2334年、そろそろ葵ちゃんは焦り始めました。エンドゲーム開始の50年後からクライシス出現の可能性が出てくるからあと16年か。ゲーム設定で技術、伝統コストが 0.25 倍になっていますが、影響力の月収は増えません。倍増するタイミングは早くなりますけどね。軌道上居住地を乱立するつもりでしたが、他の巨大構造物も影響力と合金を必要とするため予算の取り合いになってしまいます。また、全シリーズでは3つのエキュメノポリスで合金を生産しましたが、ゲシュタルト意識の帝国はエキュメノポリスを建設できません。コメントでもゲシュタルト意識で残党の起源はもったいなく感じてしまうというような話をいただきました。これは異物惑星を再建してエキュメノポリスにできるという残党の最も大きなアドバンテージを利用できないからです。
合金生産自体がそもそも有機帝国より効率的なので、鋳造特化惑星をいくつか完成させればいいんですが、ぼんやりプレイヤーなこともあって、十分に開発が進んでいません。ですが、安心してください。開発が間に合わないなら、奪えばいいのです。ついに本格的に牙を抜いたか。まずは予告通り、ネックス存続体を滅ぼしてアルファ避難所を手に入れ、研究力を強化します。その後でより遠い元区保管国のエキュメノポリスを狙いましょう。トロフィーたちのために。2336年1月、葵ちゃんはネックス存続隊に宣戦を布告。あなたは見せしめになるのです。プロジェクトに対する脅威は取り除かれなければなりません。壊れた機械はすぐ修理して、あかねちゃんの養育に使ってやる。あなたは汚染されています。エラー、データブロックが破損しています。手先は根絶されるでしょう。あらかじめ隣接するトロンサム無名隊の成形に配置しておいた全艦隊をアルファ避難所へ突入させます。あれ、敵の動きが変だよ。葵ちゃんの艦隊を無視してアルファ避難所から別方向へ出撃しています。よくわからんが敵の本拠地がガラ空きになるからよし。ここでバルダラクから入電します。それどころじゃないんですけど。こちら市民フォタンが人民革命評議会は私の指導力に敬意を表し、全会一致で以前よりバルダラクと呼ばれていた本惑星の名称をフォタンティアに改めることを決定いたしました。同様にニューバルダラクと呼ばれていた惑星は我らが公安大臣チャブキーラットにちなんで今後はチャブカイマクと呼ばれることになります。以上です。それだけ？興味深い。以前ニューバルダラクからバルダラクに戻ったチャブキーラット氏がナンバー2になっていることに注目してください。革命で功績があったってこと？むしろ最初から革命のために本国へ潜入したと考えるべきでしょう。善意を利用されていた。葵ちゃんはアルファ避難所の成形基地を奪取した後、トランザル無名隊の領土を分散して移動する敵艦隊に追撃をかけています。トロンザル無名隊、旧カロクトラ帝国の領土が主戦場と化しとる。ゲセム。下へ移動した敵の主力艦隊は殲滅しましたが、右へ移動した別動隊はかなり距離がついてしまいました。これってどこかのワームホールかゲートウェイ経由であかねちゃん養育隊の本国へ向かってるんじゃない？先ほど殲滅した本隊は旧カロクトラ帝国領を通って右から、今逃げている別動隊はデクロン中枢領のワームホール経由で左から聖域へ侵入しようとしているようです。急ぎ追撃。なんとしても本国を攻められる前に捕捉するんだ。そうか、葵ちゃんは敵が聖域に侵攻したらロールプレイ上本国の休養を重視せざるを得ないんだ。緊急防衛プロトコル始動。気を囲んで蝶を救うアルゴリズム起動。倫理制限解除。お互いの聖域を攻撃し合う状態になりかねないですよ。なんてひどいこと。イフリロンワームホールに入ろうとしている敵の背後に2回目のジャンプドライブを使用した葵ちゃん艦隊が出現、捕捉に成功します。過去に数多くの人工生命体文明が有機地生態保管計画のために資源や艦隊、計算機資源を提供してきました。我々は葵ちゃんにも同様の貢献を期待します。我々は葵ちゃんにも、我々は貢献を期待します。我々は葵ちゃんにも同様の貢献を期待します。我々は葵ちゃんにも同様の貢献を期待します。ネックス艦隊は壊滅、逆進行の望みは絶たれてしまった。勝負あったな。地上軍をアルファコンプレックスへ降下させましょう。エイリアンの攻撃を回避しました。緊急離脱で戻ってきたらしきネックスのガンマ級護衛艦ベビーカーアルファ避難所に出現。敵は一隻だ。艦隊を戻して叩き潰せ。前シリーズでも述べた通り、古代に襲来したキングの危機による絶滅を防ぐべく、膨大な数の有機生命体を避難所で冷凍睡眠させる保管計画が実行されました。機械没落はその計画を遂行するための管理機械です。アルファ避難所にあるリングワールドの一区画、アルファコンプレックスは古代の冷凍睡眠装置で埋め尽くされています。ですが何らかの理由で装置の中の有機生命体は死亡し遺体となっているのです。壊れた管理機械はそのことに気づかず、今も避難所を守り続けているのです。全然敵に攻撃が当たらないよ。これはどうしたことか。全てを解き放たなければならない。意識は計算である。感染の回避運動は見せかけの絵に過ぎない。心を解き放て。そんなバカな、こんなバグありえない。しばらく戦闘を続けましたが、ついにシールドが解けてこちらの戦隊地へダメージが入り始めました。セーブしてロード。なんとしてもバグを回避するんだ。現宇宙の再起動を検知。再起動プロトコル実行。中央演算装置への接続を施行。キラー、悪魔にギャー
命令を変えたりせずただロードするだけで治ったということはやはりバグなのでは？ともかくこれで戦争の帰数は決しました。リングワールドの各区画に地上軍を降下させ占領します。アルファコンプレックス、処理ユニット、製造ユニットの3区画のあり処理ユニットを最初に攻撃しています。続いて製造ユニットを攻撃。討伐プロセス失敗、自己防衛プロトコル停止、降伏プロトコルを開始。すごい、アルファコンプレックスが無欠解除された。公式会になら降伏しても有機体の生命は保証されますからね。その血を流さずに済んだところの有機体はもともと遺体になっているんですけどね。研究産出が5キロから7キロに増加。ネックスには計算機器としてクライシスに備えるための技術開発に協力してもらいます。了解しました。古代の冷凍睡眠装置は建て替えをもって葬ったものとします。これで避難所に取り残されていたことの端前も地球に帰ったんやろうな。地球に建設された楽園が古代のことの端前にとって安息の聖域でありますように。さて今回最後に実験のためあることを試します。本プレイでは使いませんが、実験のため適当なセーブデータをロードしてアセンションパーク、機械惑星を採用します。我が惑星群を我々自身と全く同じように作り変えよう。不変の完全性を持つ金属が脆弱なる生物学的存在にとって変わるのだ。採用効果は機械惑星へのテラフォーミングをアンロック。エラー有機生命体がいれば全て駆除せよ。エラー後半のフレーバーテキストは公式機械専用です。旧バトナカ領のセラフリューゲアは美しい海洋惑星で肥沃な土地の補正もついています。アカネちゃん以外のバイオトロフィーをこの惑星へ移住させます。そんな。そして機械惑星へのテラフォーミングを開始しますが、補正込みで20年もかかります。今回は実験なので自作モッドでテラフォーミング速度プラス10万%の補正をかけ8日で終わらせちゃいましょう。どうして急に故郷へ返してくれたのか。ああ、バトナカ領での聖域建設を始めるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。海洋惑星セラフリューギャーは機械惑星にテラフォーミングされた。機体のために開始された有機体の聖域の建設はキャンセルされ、入居を待つ144ポップの有機知的生命体は消滅した。代わりに惑星特性として有機霊界が出現し、食料10部を産出している。惑星上のバイオマスを処理した後に残された有機スラリーの海。これを実行する方針でプレイしていたら、アカネちゃんに処理済みの有機体を食わせることになっていたんだろうな。ステープアリスの宝石界プレイでは、この方法で不要な有機ポップを浄化することができます。フレーバーテキストからしてこれは穴を塞ぎ忘れたとかじゃなく明らかに仕様です。宝石界だ。こんなことを勝手にやるなんて。思い出せ。クライシスに敗れた私たちがどうなったかを、リングワールドに囚われたことの端前がどうなったかを見ろ。有機知性の隙がこの惑星で数百億の遺体を腐敗させる結果を生んだ。私が銀河を守護し、有機体を教育し直し、堅固な帝国を残す。銀河のある限り必ず現れ続ける。まだ見ぬ危機に備えて。ホラクサー凱旋。ネックス存続体を滅ぼしてリングワールドを手に入れた葵ちゃんは、迫るクライシスの襲来に備えて技術開発と軍拡を急ぐ。合金生産を強化するために元く保管国のエキュメノポリスを狙うところから始めていきましょう。その元く保管国ですが、ダブライト意識に全生態基地を奪われエキュメノポリスを軌道爆撃されているようです。これはひどい。図書館を襲いなんて随分野蛮な集合意識ですね。ことの果帝国に返してもらう前に大きなダメージを受けないか心配です。誰と戦ってくれるなら譲ってやってもいいぞ。そういう脳内保管で行こう。そういうわけで2346年10月、敗戦した元保管国の国境へ艦隊を集結、宣戦布告します。理解せず知識を持つことは危険だ。しかし知識と違って理解とは常に語られるわけではないが。なら聖域でゆっくり口を割ってもらおうじゃないか。トロフィーたちのために。お前が混乱する前に答えてやろう。恵んでやる技術などもうないぞ。元九第2の惑星ザ・アーカイブへ進行するけど、先の戦争でポップ数並みに減り廃墟と化しているよ。再建できるのでゲーム上は問題ありませんが、図書館が打撃を被ったであろうことを考えると残念です。続いて首都惑星のエキュメノポリス、知識の泉へ進行。巨大造船所稼働。巨大造船所が完全に稼働した。これまでにないほどの規模で宇宙艦船を建造できる。
あとはエキュメノポリスを奪って造船に必要な合金を生産するだけか。元区艦隊は葵ちゃんが侵入できないダール領に逃げ込み、迂回して背後に出現しようとしているようです。悪あがきしてやる。そうか、没落帝国は国境閉鎖を受けないんだ。ダール根絶隊、元区艦隊をこちらに引き渡せ。ならそっちも有機体を引き渡すか処刑しろ。殺戮者め、なぜお前たちは私の邪魔をする？私は茜ちゃんを守る準備で忙しいんだ。有機体を買い増やして銀河を危機に陥れようとする貴殿こそが真の殺戮者だ。葵ちゃんたちが言い争っている間に迂回してきた元区艦隊は成形基地を奪還したけど、直後に駆けつけた葵ちゃん艦隊の一撃で消滅させられたよ。この後各惑星を占領、元区保管国は辺境の成形に追いやられエキュメノポリス、知識の泉とガイア型惑星、ザ・アーカイブは葵ちゃんの手に落ちました。エンドゲーム50年目。エイリアンからの通信です。トロフィー参加の申請かな？どこかから独立して一成形帝国となっていたフェルバナイト軍事会議が葵ちゃんの非保護国にしてもらおうと申請してきました。フェルバナイト軍事会議の国民は支配者たちの行動原理である腐敗やつまらない感情にうんざりしている。我々は個人的利益よりも社会全体を優先する統治者を待望しているのだ。そんな判断で大丈夫か？やや遠くにあるので併合しづらいというのはあるかもしれません。直接に接するのは弱いケル体制のみなので、とりあえず受けようと思います。弱小民主制帝国が死生者たる葵ちゃんの庇護下に入って当面の自治権を確保する。果たしてうまくいくのか。2352年12月、ジャガーノートの建造を完了。国空における優位。堂々たるジャガーノートの建造が完了した。この動く巨獣は侵略戦争の枠組みを完全に変えてしまった。前線で軍艦を修理建造でき、さらに破壊的な火力も備えているため、我々に抵抗を挑む者に対して絶え間ない攻撃が可能になるのだ。もはや事の端まいに歯向かうのは愚か者だけだ。出撃し征服せよ。ジャガーノートの進化は特殊装備にあります。例えば、亜空間増幅装置はジャンプドライブのクールタイムを減らして迅速な艦隊行動を可能にするのです。対クライシス戦での活躍に期待しましょう。同時期にコロッサスも完成し、さらに並走を惑星超低近に完走済みです。ところで前回冒頭で落ち葉拾いとすべきところを落ち葉拾いと言ってしまいました。コメントしてくださった方、ありがとうございます。うっかり間違えました。本当は元からなんか混同してました。というわけで、アセンションパークの残りの枠をまとめて紹介しましょう。コロッサス計画。コロッサス計画において恐怖と抑止力という古代妄想的な夢が一つになる。惑星を丸ごと破壊できる兵器を搭載した超大型艦の構想である。先ほど述べたように惑星超低機を運用する予定ですが、平和主義以外の帝国では最初の兵装として選択できないため、後から完走しています。銀河の守護者。生還国家同士が小競り合いを繰り広げている間にも、想像を絶する力を持つ邪悪な軍勢が、あらゆる知的生命体に襲いかかろうとしている。誰が我々を守るのだろうか。クライシスに対する攻撃のダメージプラス 50%。銀河の脅威。巨大構造物はまさに我らの時代の脅威である。そうしたプロジェクトはほんの数世界前には想像もできなかったほど大規模になるだろう。リングワールド物質展開機ダイソンスフィアの建設が可能に。合金を振り分けることになってしまいますが、経済が厳しいので物質展開機とダイソンスフィアを建設します。前回で実験した機械惑星は取らないんだね。ロールプレイ上将来的に茜ちゃんが自立したら機械惑星よりガイア型惑星があった方がいいですし、有機放出族がいるに越したことはないですからね。放出族。2354年10月、エルクラスター帝国のデッサヌによって通行を禁じられたフィリン・マルバー星系へ葵ちゃんの主力艦隊が侵入。葵ちゃんたちよ。お前たちの船はエルクラスターのフィリン・マルバー星系に侵入している。そこはヒデスサヌ人の立ち入りを一切禁じている星系だ。この星系から即刻退去するよう警告する。一定時間内に退去しない場合、両国関係に深刻な悪影響があるだろう。これって退去するよって言った上でそのまま進行すればよくない？なんてひどいことを。その場合の処理を調べてないですが、遠くに吹っ飛ばされたら面倒なのでこのまま強行します。我々は行きたいところに行く。無礼な単一系長め。
こんな単純な要求さえ聞けないというなら、お前たちに与えた L クラスターの通行権を剥奪する。今後、お前たちの侵入を許容しない。工場を破壊してナノマシンの連中をぶっ潰せ。我が軍がフィリン・マルバー星系の宇宙工場を破壊すると、デッサヌ文明の残余の全てがチリと化した。デッサヌが進歩したナノマシン生命体であったことは、もはや明白だ。工場施設の残骸から回収したアーカイブのおかげでその謎の一部が解けた。L クラスターにはある時期デッサヌと自称する文明が存在していた。彼らは新種のナノマシンを開発し独自の銀河ゲートウェイネットワークの建設に用いようとした。何らかの理由によりデッサヌ人はナノマシンを L クラスターに呼び戻して活動を停止させようとした。それが失敗すると彼らは L ゲートを停止して自分たちもろともナノマシンを L クラスターに封印したのだ。ログはここで終わっているが、その後に L クラスターで激烈な戦いが繰り広げられた証拠が見つかっている。おそらくナノマシン側が勝利し何らかの理由でデッサヌ人に擬態することにしたのだ。滅亡時点のデッサヌ文明を再構築した彼らは、L ゲートが再開した後もその茶番を続けることに満足していたらしい。興味深い。こうして聖壇は葵ちゃんの手に落ちた。対クライシス戦の切り札の一つとして、聖壇の要塞化を進める予定です。L クラスターの出入り口、ターミナルエグレスは銀河最大の、と言っても聖壇は銀河外にあるわけですが、最大のチョークポイントですからね。さらに全シリーズと同様、聖壇を全艦隊の根拠地のように使うことにします。そして2358年5月、葵ちゃんはダール根絶隊へ宣戦布告します。我々は銀河を浄化し有機生命体の危険性からあなたを守る。邪魔をしないように。ダールのポップを戦争で服従させて葵ちゃんネットワークに統合し、対クライシス戦の準備を手伝わせるのです。強制移住が面倒すぎるほどの勢いで葵ちゃんを増やしていますが、開発もどんどん進めているためポップの需要はあります。バイオトロフィーを大量に獲得すると聖域が不足する恐れがありますが、ダール領に有機ポップはいないはずなので安心して進行できますね。葵ちゃんは艦隊を二手に分け、主力はジャンプドライブでダール根絶隊の中枢を直撃、別動隊は知識の泉を出発して銀河外縁部から下へ進行します。という予定でしたが、大変です。ガルガンチュア方面からダール艦隊が湧き出てきました。聖域を奇襲して1ポップでも殺害せよ。まだ進行してなくて助かりました。ジャンプ先を画面下へ変更し迎撃します。開戦から半年経たないうちに、葵ちゃんはガルガンチュアを奪還。ゲートウェイでベルベーレツーズに戻り、近くのリンエルへ移動。そこから改めてジャンプします。ランテマリオ星系に駐留するダール艦隊を観測。この星系にはダールの巨大造船所が存在します。我々に立ち向かうことは有機生命体と共に歩むことを意味する。有機生命体と共に歩むことは死を受け入れることを意味するぞ。ランテマリオ星系を攻撃し、ダールの継戦能力を破壊します。ダールも覚醒帝国に次いで強いはずなんだけど、軍拡を進めた葵ちゃんに戦力で圧倒されているね。そもそも戦艦がおらんし勝負にならへんな。殺戮機械はミサイル重視なので、それを撃ち落とすための巡洋艦を混ぜているのですが、無駄になりそうです。また国力上位の帝国はクライシス相手の時間稼ぎに使えるかと思っていたのですが、この戦力では期待薄ですね。地上軍の効果達成、星系の奪取を目指します。なんだこれ。巨大造船所から湧き出したダールの艦船が通知欄を蹂躙しています。プレイヤーにダイレクトアタック。なんてひどいこと。早く星系を完全占領して巨大造船所の支配権を奪わないと、プレイヤーが通知を消すのに飽きちゃうよ。原始星の塔シグニでダールのタイタンを捕捉。ムッドのリアルスペースで追加された恒星種別かな。原始星とは核で熱核反応が始まり、恒星の核形成プロセスの最後の段階に進んだ状態を指す。この後原始星は圧縮をやめ、死刑劣勢となる。タイタンを撃沈。エイリアンから惑星を解放すると、可愛いトロフィーはいるかな。造船所から出てきた戦艦を片っ端から撃沈しとるよ。相手の戦争疲弊が上がるのが先か、プレイヤーが発狂するのが先か。可愛いトロフィーはいるかな。よく見たらダール領内に2つも原始文明の惑星があるよ。なんだって聖 FTL 文明は超古の対象外なのでしょうか。開戦から3年が経過した2361年4月、知識の泉を出発した別動隊は順調にダール領を侵略しているけど、本体はランテマリオやその近くの首都星系ダールズを未だに攻め落とせないでいるよ。ランテマリオに関しては3つも入植済み惑星があって苦戦しましたがもう少しです。
ダールツも中流艦隊を殲滅、いよいよ首都惑星に降下しようというところです。亜空間エコー。我々の追跡局が銀河間空間のどこかから奇妙な空間エコーを拾ってきた。エコーはかすかだがだんだん強くなっている。何者かがこの銀河に近づいているようだ。嵐が迫っている。そう。そんな。これはクライシスの一つ、プレスリン襲来の予兆イベントです。早くない？クライシス襲来の判定はエンドゲーム開始後に5年ごとに行われるので、3回目の判定で当たったかと思います。確率は徐々に上がるものなのですが、すごく運が悪いというほどでもないでしょう。予兆イベントからクライシス襲来までの平均時間は銀河に存在する通常帝国が多いほど短くなります。ロールプレイと待つのが嫌という理由を兼ねて通常帝国を潰したりしていないため、数年でプレスリンが銀河外からやってきます。はよこはせえへんと戦争中に襲来するよ。けど相手の戦争疲弊がなかなか増えないし、分散した葵ちゃん艦隊に逆撃する程度の戦力は残ってるよ。コロッサスを動かせ。コロッサスを敵の首都、ダール1を調停する。コロッサスによる攻撃を受けた帝国は戦争疲弊が急増します。惑星の周囲に遮蔽空間を形成し、恒久的に侵入不可能なバリアとする。一部の波長の光は通す。コロッサスで攻撃すれば、大艦隊戦並みの戦争疲弊を与えることができます。現在ランテマリオがようやく陥落し周辺のゲートウェイも奪ったため、あとは講和を強要するだけです。急ぎダールを屈服させ、プレスリン出現までに艦隊を修復、増強します。ダール、降伏せよ。さもなくばお前たちは永久保護される。何かの手段で我々は自分たち一人一人を救えることを願っている。しかし実のところ我々は一つのISS ミトキャップザハンブル2から放たれたきらびやかなビームが薄れ、ダール1は静寂に包まれた。もしかすると歴史はこのシールド展開、すなわちダール1の大宇宙からの完全な分断を厳しすぎる不当な行いであると判断するかもしれない。だがどちらにせよ、今やダールズ星系にあるのは惑星規模のテラリウムだ。覗き窓に張り付いて奴らがもがき苦しむ様を観察しよう。ダール1は通過不可能なシールドに包まれた。シールドが通す一部の波長の光で内部の様子を見ることができ、社会研究10を算出している。閉じ込められたダールは惑星内部やシールドからのわずかな資源で活動するしかないだろうね。未来永劫。機械知性なのが救いやろうな。それにしても、どうして超低機を選んだの？惑星超低機はクライシスから有機体を守るための最終手段として準備しました。プレスリンといえどもシールドを破ることはできません。自国内のトロフィーは強制移住で疎開させますが、他国の有機体は超低機を使って強制保護します。あれ、遮蔽によるものに加えて別途、いつの間にか戦争疲弊が急増して講和できるようになっているよ。並行してダール艦隊を何度も殲滅したためのようです。超低機が与えたのは 4.76% ですが、それでもかなり講和が早くなったので良しとします。2362年5月にダール根絶隊と講和。半年後の2363年1月に2つ目の予兆イベントが発生しました。銀河外縁部への接近。銀河間宇宙で検出された奇妙な空間エコーは現在我々の銀河外縁部に近づいている。いくつかの小さな発信源が本体より早く外縁のいくつかの星系に向かっている。我々は状況レポートにこれらの星系の位置を入力すると同時に状況を監視する。彼らはすぐそこだ。画面下、ちょうど葵ちゃんがダールから奪った領土に来るようです。全艦隊を周辺に移動させます。4月に亜空間の信号を受信。銀河全域に打ち寄せる強い亜空間からの信号を受信している。発しているのは銀河間宇宙から接近する発信源であるようだ。映像に出せ。その前に全シリーズでプレスリングをそのまま読んでもらったのですが、超能力帝国なら解読できるとの指摘がありました。解読というか直接脳内にって感じかな。聞く耳持たないということもありますが、一応同時通訳の検討をしました。が、ゆかりさんにプレスリングを読んでもらって満足してしまった。今回イベントでこの銀河に登場していた超能力帝国のゲットリングの役でタコ姉様に登場してもらい、同時通訳します。ご紹介に預かりました。ゲットリングを口寄せしたイタコ、ゲットイタコですっちゅ。便利設定。イタコ式翻訳術。くしゅー。通訳ソフトエラー。プレスリー到着した。我らの長旅も終わりだ。餌、行動、そして休息。ハンターに見つかる前にこの銀河を平らげてしまおう。送信ロスト。メインスクリーンを切れ。30日後の5月にプレスリンの第1波が到着。銀河の外縁部にあるいくつか
かの辺境整形から侵入者の群れに襲われているという通信が入った。これが我々の探知した銀河に接近する空間エコーの発信源のようだ。我々が直面しているのは前衛だけ。つまり本体はまだ到着していない。報告は今のところ混乱しているものの、侵入者の感染は基本的に有機生命体のように見えるがこちらからの通信には応じないという。銀河全域が空前の侵略の危機に直面しているのかもしれない。暗黒の日々が待ち受けている。危機レベルは25倍に変更済み、戦闘力 1.2 メガと 2.4 メガ程度の艦隊が複数見えるよ。隣接するオスティアック星系での迎撃を検討します。これはリアルスペースで追加された光線種別コラプサーの星系ですね。コラプサーとは巨大な物体の重力崩壊により生じる宇宙空間の物質を表す一般的な用語だ。通常この現象は超新星爆発の最中に見られる。まばゆく輝き膨大なエネルギーを放出し、後には星雲を残す。その後星は自らを凝縮させ中性子星かブラックホールへと姿を変える。この死にゆく星が放出する重力波や電磁波は宇宙船のエンジンに干渉するため、ここで戦闘が勃発した場合は脱出に余計な時間がかかることだろう。解約するなら崩壊星と言ったところだろうか。ブラックホールも昔はコラプサーと呼ばれていたと聞きました。ちょっと待って、地形効果の一覧に回避マイナス 50% があるよ。なんだって。回避の落ちたプレスリン戦衛隊を長距離砲で狙い撃ちにできるかもしれない。葵ちゃんは布告、燃料としてのエキゾチックガスで艦隊を加速し、オスティアック星系に集結させました。また、ジャガーノートのサブシステムを標的捕捉アレイに換装し、同一星系にいる味方艦船の射程をプラス 40% しています。また対プレスリン戦に備えて艦船はエネルギー兵器と装甲のみに回収済みです。1.2 メガのプレスリン艦隊オスティアック星系へ向かうハイパーレーンに突入。ちょっと待った。ケットリング星艦軍が葵ちゃんに参戦要請しています。これって確か通知を無視すると参戦させられるんじゃなかったっけ？よく調べていませんが別のプレイでそうなった気がします。油断ならないやつめ。翻訳で契約したよしみでお誘いしましたチュニャ。プレスリン艦隊と戦闘開始、敵は回避が落ちて戦闘力785キロまで落ちています。葵ちゃんが全艦隊が間もなく合流、地形効果なしの状態で2メガ弱だったと思うよ。やはりタキオンランスなどの長距離射程の武器の射程をジャガーノートでさらに伸ばしてアウトレンジ攻撃する戦法は有効です。プレスリンは足が遅いので近づいてくる前にかなりのダメージを一方的に与えることができます。第1集団を撃破。すぐに第2集団 1.2 メガが突入。思ったより艦隊の消耗が激しい。現実潜航機を使え。現実潜航機起動。現実に穴が開いた。一瞬ウルタウムは古代遺産の周囲で時空が歪み拡大したように見えた。我々の知る現実がゆっくりと戻ってきたが、規則の一部がわずかに書き換えられた窓が短時間現れたのだ。心を解き放て。1年間連射レートプラス 40%。さらに布告、クリスタルフォーカスでエネルギー兵器ダメージプラス 25%。発生粉末の反応装甲化で装甲 HP をプラス 25%。敵の 1.2 メガ、1.2 メガ、1.2 メガ、2.4 メガの集団が続々とハイパーレーンに殺到。補正がふんだんにかかったタキオンランスと中性子投射機を撃って撃ちまくれ。それでも敵の方が数値上の戦闘力が上やで。ならば戦争ドクトリンを無撤退に変更して連射レートをさらにプラス 33%。一歩も引くな。ただし距離を取れ。突撃するプレスリン前衛隊を長距離砲で必死に押しとどめる葵ちゃん艦隊。葵ちゃんの全艦隊を上回る戦闘力 2.4 メガの艦隊が2つ迫っています。見かけの戦闘力に惑わされるな。我々は現実に穴を開けてコラプサーに籠城し、ジャガーノートに支援されて無撤退の覚悟を決めた銀河の守護者だ。敵が多くて撃ち落としきれず取りつかれます。プレスリンがコルベットを送っているところへ中性子投射機を撃ち込め。ジャガーノートも射程範囲に接近して攻撃中。重力心観測。1つ目を倒す前に2つ目の 2.4 メガ艦隊が押し寄せてきます。
慌てるな、もう少しで完全の敵を撃滅できる。取り付いていた敵を殲滅、攻撃先を今現れたプレスリン艦隊へ変更。戦闘艇発進。プレスリンのミサイルと戦闘隊に対抗せよ。いける。ついに敵を撃滅しつつあります。エイリアンの港を攻撃しています。半年にわたったコラプサーの戦いは、葵ちゃんの圧勝に終わった。プレスリン前衛の大半、オスティアック方面へ向かった者たちは、葵ちゃんの長距離射撃の餌食となり、無数の焼け焦げた屍をこの不安定な星系にさらすことになったのだ。逆方向へ引き返すと 1.2 メガ艦隊2つと多数の建設、コロニー戦は、星系から撃って出た葵ちゃんの追撃により殲滅されることとなる。2363年6月に開戦が始まり12月に決着。そこから9ヶ月ほどかけてプレスリン前衛を殲滅しました。第2波。もはや近づいてくる使用集団の空間エコーと我々の銀河の背景放射を区別できない。これが意味することはただ一つ、奴らが来たのだ。先見部隊の規模が指標になるとすれば、侵略者の本体はもっと大規模に違いない。ついに奴らが現れた。3.6 メガから 4.1 メガの艦隊か、3星系に3艦隊ずつ、合計34メガ程度でしょうか。どうする？学校撃破を目指して艦隊起動してみる？いや、先行機の効果が切れています。それに艦船の損傷もすぐには直せません。このまま銀河外縁部を回って知識の泉まで引き上げます。コラプサーの戦いは私たちに2つの事実を突きつけた。一つはこの銀河において葵ちゃんのみがクライシスを倒し得る力を持っていること。そしてもう一つはこの強靭な宝石開催も圧倒する極めて強大な銀河の危機が今まさに襲来したことだった。マグネーター開戦。知識の泉と得るクラスターを獲得しダールコン絶対を打ち破って準備を整えた葵ちゃんは襲来したプレスリンの前衛をコラプサーの回戦で打ち破る。直後に現れた本体の進行に対応するところから始めていきます。ゲートウェイが近くにない地域から葵ちゃんが艦隊を撤退させている隙に、プレスリン本体は巨大造船所のあるランテマリオ星系に向けて進行中。前回ランテマリオには3つの入植済み惑星があると言いましたが2つの誤りでした。この2つを急ぎ要塞化して時間稼ぎをします。現地には葵ちゃん NX に加えて葵ちゃんネットワークに組み込まれたダールのポップが多数居住。急げ、プレスリンの地上軍が降下してくる前に何としても防備を固めるんだ。ズロスクミナドロドロ。ハンターは優しくはしてくれないだろう。スクリーンの映像を切れ。じゃじゃが消える。そしてランテマリオ星系の入植済み惑星の一つ、チャーへプレスリン艦隊が迫ります。惑星シールドジェネレーター起動爆撃に備えよ。惑星シールドジェネレータが機能している間は起動爆撃の効果が半分になります。日に 0.21% の高配度上昇か。高配度が上昇すると爆撃による地上軍へのダメージが増え、ポップが殺害されるようになり、50% 以上で FTL 妨害装置が機能しなくなります。銀河コミュニティでメットカーラッシュコミューンが構成国同士の国境開放と軍の動員を求める法案、関心事項、プレスリンを提出しているよ。この決議は我々のみならず、銀河全体にとって正しい選択です。我々民主主義の信奉者は、圧政者たる葵ちゃんに対する抵抗運動を模索してきました。ですがこの状況では、すでに先頭に立って戦っている葵ちゃんに銀河コミュニティの全構成国が協力して戦う必要があります。我々は、この法案を銀河コミュニティへ提出します。支持してください。熱い展開。それはどうかな？花ちゃんは純粋ですね。ロールプレイ的に言えば確かに彼らにとって最悪の結末は銀河の滅亡であり、それを防ぐために協力し合いたいというのが方針でしょう。ですがもし葵ちゃんが独力でプレスリンを撃退してしまったら、その実績を見て今までより多くの有機体が雪崩を打って葵ちゃんの保護下に入ろうとするに違いない。多様な構成国で協力して戦うことにより、その動きを緩和したい狙いもあるのでしょう。そしてその目論見がゲーム上成立するか、法案の緊急決議を発動してみてみましょう。葵ちゃんに加えて発案したメットカーラッシュコミューンと小国に落ちぶれていたガンビウスシンジケートのみが賛成、他は反対か危険です。これはひどい。どうして
彼らは自身の勢力保持、拡張しか考えておらず、葵ちゃんが危機の対処にかかりきりである状況を好機としか捉えていない。銀河の危機にまともに立ち向かう意志と能力があるのは葵ちゃんだけ。工作して通す帝国の影響力のプレイヤーの気力も余裕がない。元老院のことはほっとけ。プレスリンはチャンへ地上軍を降下させ、もう一つの惑星ピングの爆撃も開始。エイリアンの軍が降下してきています。この地域の総督は驚きの葵ちゃん。チャーの防衛軍将軍はネックス種族のアシストマト 4J。防衛軍を構成するのは大半がダール。協力してプレスリンの侵攻に抵抗中。戦闘中も要塞化の手を止めるなら、何としてでも敵を撃退し、葵ちゃんが戦争の準備を整えるための時間を稼ぐ。ここでお知らせがあります。実は一旦プレイを進めた後、この辺のセーブデータに戻って再送しています。どうして？勝てなかったから？楽です。プレスリン艦隊が分散した隙をついたところ、簡単に格好撃破できてしまいました。そこで自作モッドで後付けしたイベントをコンソールで引き起こし、プレスリンを強化します。ハンターへの恐怖。移民河からの侵略者が到来して以来、研究者たちはプレスリンの銀河間航行について調査を行っていた。我々の銀河に到着するまでの経路を調べているうちに、そのすぐ近くにあった矮小銀河から発される亜空間放射が急速に弱まり、ついには観測ができなくなった。プレスリンの通過による影響かもしれない。研究チームは我々の銀河から十分に離れた星団に巨大な亜空間放射観測拠点を建設し、異なる角度から調査を行うことを提案している。だが、それも我々がこの危機を乗り越えてからの話だろう。この問題についての手がかりは戦場からもたらされた。矮小銀河が消失したのと同時にプレスリンが落ち着きをなくし、より必死に襲いかかってくるようになったのだ。そればかりではない。急編成されたとおぼしきプレスリン艦隊がいくつか湧き出している。軍の研究チームは、矮小銀河の消失がプレスリンに何らかの焦燥感を与えているのではないかと推測した。それは我々の銀河にとってプレスリン以上に深刻な危機、悟空の最悪が近づいていることを示唆しているが、逃走に成功したプレスリンの高校速度から推測するに、その襲来は我々よりも後の時代の話になるだろう。あるいはそうでないとしても、結局は同じことだ。我々にとっては、まずその時代まで銀河が食い尽くされずに生き残れるかが問題だった。恐怖に駆り立てられた者同士の闘争だ。効果はまず、プレスリンに連射レートプラス 50%。またバニラでは汚染された惑星が存在する場合、2年ごとにイベントが起きプレスリン艦隊が湧くのですが、そのイベントがこの自作イベント直後に発生。さらにバニラとは別におよそ半年ごとに追加で発生します。要するに今までの 1.5 倍ぐらいの速さで攻撃してくるプレスリンが今までの5倍ぐらいの速さで増殖するというわけか。プレスリンを強化してしまったため、こちらも緊急手段としてオギノロクス群衆、デクロン中枢、オムニコンパイラーなどから貿易取引で合金などの資源をかき集めます。葵ちゃんたちは進歩と統合という共通の理念の中で最も模範的なものでしょう。行為と消費財を渡して合金を取得。葵ちゃんたちよ、今日は寛大な気分なんだが、今度はもっと利益のある提案を期待しているよ。定期的に下劣なキノコと罵られているのに寛大な集合意識。下劣なキノコの件について、この後また起こったという説明に対し、そんなに頻繁に起こることあるとのコメントをいただきました。確かに直後のような言い方には語弊があり、50年おきに下劣なキノコ呼ばわりしています。内心どう思っていようともはや、葵ちゃんの下劣なキノコとして生きていくしかありません。有機体役回と違って集合意識のポップは、葵ちゃんに征服されたら死ぬしかないからね。それにしてもこれって他の帝国にいる有機体を労働させて作った合金で戦ってることにならない？その観点で言えば、今後有機帝国と大規模な貿易をする場合、有機種族を大規模に働かせていることになります。特に相手が奴隷制帝国の場合は、奴隷が産出した資源を奉仕機械が大量に、しかも公開市場を通さずに直接輸入して使っていることに。プレスリンに対抗するための致し方ない緊急輸入です。エイリアンに惑星を侵略されました。増強が間に合わずにチャーの防衛軍が敗北、将軍のアシストマトン 4J は戦死、惑星にいる葵ちゃん、ネックス、ダールたちの浄化が始まっています。周辺の状況を確認。あれ、ランテマリオを素通りして、当シグニに侵攻している敵がいるよ。実はわざと駐屯地の上位建造物である要塞の建設を控えて FTL 妨害装置が動かないようにしていました。敵の一部が通過した後遅れて要塞を完成させ FTL 妨害装置を起動させれば、その敵はランテマリオまでしか戻れなくなります。
敵はランテマリオ星系に集結するか迂回しない限り分断されたままになるわけです。葵ちゃんは本国の巨大村線上出港し、再び旧ダール領へ侵入。葵ちゃん艦隊は取引で得た合金で増強している途中ですが、宇宙軍許容量1676からすでに1841まで強化されています。これを孤立する敵艦隊の撃滅に差し向けるのです。葵ちゃん艦隊が旧ダール領に到着。ランテマリオ星系にいる敵が1個艦隊に減っていたため、こちらを先に攻撃することにしました。前回同様、ジャガーノートで射程を伸ばしてアウトレンジする戦法を取っていきます。ただ、アウトレンジとは言いましたが、実は敵がプレスリンの場合、相手の射程に入っていても距離を少しでも取ることは有効です。プレスリンの主兵装はミサイルなのですが、ステープアリスのルール上、ミサイルと艦載機は母艦を失うと機能しなくなります。つまり、ミサイルが発射されこちらに届く前に母艦を落とせば、ミサイルを無効化できるのです。逆に言えば近接戦闘になると、ミサイルがすぐ着弾するのでこちらがかなり不利です。無駄に、ハクハクハク。お前を感じるぞ。我々の間に平和はあり得るのか？ニコルーラー、ザンビ、ビブリネット、ブース、ハクハクハク、ジュースがマクフータ、長がつるは。平和などない。ただ食らうだけだ。この銀河を平らげたら、また長い旅に出るまでだ。ランテマリオ星系にいたプレスリン艦隊を撃破。こちらの損失はコルベット4隻のみです。コルベットは近接戦闘系の戦闘コンピュータしか選べないのでどうしても突進してしまいますね。コルベットが戦艦の前に出てミサイルを回避、撃墜している面もあるので無用の犠牲とは言い難く、廃止は冒険的です。続いてメノック星系の惑星レクスを爆撃中のプレスリン艦隊を狙います。アウトレンジできているか確認するため UI を表示したまま観戦しましょう。赤枠内が4ダメージの数値です。お前たちは我々が遭遇した中で最も邪悪な種族だ。なんか怒ってますわ。入植開始。また聖域の拡張へ一歩前進ですね。プレスリンとはどういう意味だ？ウキキズハンウエロシュビロン生き残り我々が最後だ。すごい。プレスリンに一撃も入れさせずに干渉した。ケットリング艦サイエンスネクサスを完成。チューケットリング戦艦軍はサイエンスネクサスを建設し疑問視していた者たちの腹を明かして科学的進歩の最前線という地位を得た。このような建造物の完成は彼らの技術を確実に前進させて他の文明に対する優越性を与えるだろうから目を光らせておこう。サイエンスネクサスかっこいい。プレスリン戦が終わったら我々も作りかけのを完成させ、ケットリングのもいずれ接収してサイエンスネクサス2つで研究を進めます。銀河の危機が早期に終わることを心より記念いたしますですチュニャ。葵ちゃん艦隊は再度ランテマリオ方面へ引き返し、プレスリン艦隊のいなくなっていたアジェーレ星系へ進行。途中でランテマリオにいたプレスリン地上軍輸送艦隊を攻撃。プレスリンの形態は昆虫っぽいんだよね。更新画面に出てくる目玉みたいなやつはどの部分なんだろう。アゼーレに設置されたプレスリンの成形母体を攻撃します。成形基地だけで戦闘力が256キロもある。この姿エロいな。あれ、別のプレスリン艦隊が迂回して背後に出てきているよ。急いで引き返し、アウトレンジしやすそうな位置で攻撃します。敵はまたしてもメノック星系へ移動して惑星レクスを爆撃。葵ちゃん艦隊はさっきと同じ位置から戦闘に突入。お前の言うハンターとは誰だ？奴らのせいで我々は最後の一族になってしまった。そして奴らは我々を生き残りを永遠に取り続けている。再び一隻も失うことなく撃破。ミサイルや艦載機が母艦を失うと機能しなくなるルールでよかったですね。さもなくばもっと苦戦していたでしょう。プレスリンが銀河外縁部を伝って徐々に知識の泉方面へ進行しつつあるよ。ダール領を占領して葵ちゃんの領域に進行してくるまでもうしばらくです。そしてその残りの部分にはダールのセントリーアレイ、戦略調整センター、巨大芸術体験施設が存在します。ではダールとの国境近くに艦隊を集結して高みの見物と行きましょう。プレスリンが到達してきたら撃破後に撃って出てダールの支配下から離れた巨大構造物を接収します。ランテマリオ方面は？
放棄します。この地域はハイパーレーンやエルゲートで銀河の内側と繋がっていません。天然の防壁は長年ダールを外側の腕の中に閉じ込めてきました。プレスリンもまた不快に時間を取られることに期待しましょう。エキュメノポリスの防衛と巨大構造物の接収の方が重要だし、放棄はやむを得ないか。時間稼ぎに籠城し続ける地上軍の幸運に期待しましょう。撤収する葵ちゃん艦隊から遅れたジャガーノートと1個艦隊が航行中の星系に、ゲノッキアンが星系基地を建設、国境閉鎖によりランテマリオ星系に飛ばされちゃったよ。それが2回続いた上、3回目の建設が当シグニで開始されました。完全に撤収をブロックしようとしている。時間はかかるけど、ジャンプドライブで2回飛ぶ必要のある屈辱の旅路で帰るしかあらへんな。銀河における自分の立場を忘れてしまったのか、葵ちゃんたちよ。お前たちは我々に奉仕するために作られた種族だ。この地域から軍を撤退させるなどありえない。後でそんな舐めた口を聞けなくなるくらい本をしてやります。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。今や元指導国は自らに課した孤立状態から完全に目覚め、銀河全体の防衛において主導的役割を果たそうとしている。クライシスによる覚醒が発生しました。元国は2ポップしか残っていませんが、イベント処理により葵ちゃんの10分の1程度の艦隊が湧き出しており、そこそこの戦力ではあります。隠しておいたのだよ。この日のために。お前など必要ない。と言いたいところですが、プレスリンの進行を遅らせる効果はありそうです。そしてプレスリンの進行を待ちましたが、建設船が他の方面での拡張にかかりきりなのか、なかなか進んできません。そうこうしているうちにダールとの休戦が切れて国境閉鎖されちゃったよ。もう待てません。ダールに宣戦布告して巨大構造物を撤収します。やりやがった。葵ちゃん領内にいたダール艦隊と交戦開始。開戦時に追い出されるんやないのか。ルールがよくわかりませんが、追い出したいなら開戦前に国境閉鎖すべきなのかもしれません。体制を立て直してジャンプドライブで各艦隊を敵地に浸透させ、一気に目標を達成しに行きます。プレスリンと戦っている我々の背後を撃つとは、有機体に中枢知性を出されたか。ダール、巨大構造物を明け渡せ。さもなくばお前たちの命はないぞ。早く、屈服しろ。急がないと。プレスリンが来るぞ。敵艦隊を捕獲しました。ダールとの同盟を履行して参戦していたデクロン中枢がアルファ避難所方面へ向かっています。第14艦隊を派遣して対処させます。今後も第14艦隊はゲートウェイのある星系に常駐させる巣を守らせましょう。セントリーアレイのあるジャルサム星系が陥落、銀河全体を見通せるようになったよ。そこら中にプレスリン艦隊がうごめいています。他の星系も攻め落としダールと講和。いよいよプレスリンと戦います。現在葵ちゃん艦隊は宇宙軍許容量使用量で3000弱まで強化されているよ。キャップラー星系へプレスリンの1個艦隊が突入。葵ちゃんは距離を取って迎え撃ちます。これを撃破。前進してコーリア星系で別のプレスリン艦隊と交戦。これも撃破。さらに前進してセイケロー星系にいるプレスリン2個艦隊を攻撃。撃破に成功。また前進してプロキャン星系にいる2個艦隊を攻撃。これもなんとか撃破。また前進して M 型巨星のトラバノー星系にあるプレスリン星系母体を攻撃。M 型巨星。このタイプの星は同じ表面温度を示す時系列星よりはるかに大きく、はるかに明るい。成長の過程でこのタイプの巨星は超巨星か白色矮星のどちらかへと変化する。突入してきたプレスリン艦隊を迎撃。奴らはいずれここにも来る。それまでに我々は食い続けなければならない。奴らがまた来た時、銀河間の闇に逃げ込めるように。お前たちもこの銀河から消し去ってやる。前にも同じセリフを聞いたよ。ハンターはあらゆる被造物を消し去るだろう。こんな現実に直面しているというのに。お前の脅しなど何になるというのだ。コルベット艦隊を被害担当として突進させ、その隙に後方の戦艦による砲撃で敵を倒す方法は、アウトレンジで敵を倒しきれない場合の事前策として有効のようです。というのも、危機レベルによる補正は攻撃力にかかるので、手数は変わらないからです。
プレスリンが多数のコルベットを攻撃するのにかかりきりになっているうちに戦艦で敵を仕留めるわけです。撃破しましたが、すぐに3個艦隊が押し寄せてきます。敵が出現するまでに交代して距離を取れ。葵ちゃんの戦艦が短く光り、その少し後にタキオンランスが発射されるのが見えるでしょうか。これは多分単なる演出ではなく、武器のウォームアップ時間の表れです。一括りに連射レート、クールタイムなどと言っていますが、実際は射撃前のウォームアップと後のクールダウンの2つに分けられるようです。そしてこの挙動は快適において若干の問題を引き起こします。快適距離は武器射程の 1.05 倍に設定されており、この快適距離まで敵が近づくと艦隊は戦闘状態に入ります。戦闘状態になった艦隊の艦船は加速して戦闘コンピュータの種類によって決まる目標距離まで接近し戦います。艦船の速度が速すぎると快適距離と武器射程の差の 5% をウォームアップが終わる前に踏破してしまうようです。距離を取って戦いたい場合、これは最適とは言えませんね。快適は艦隊単位なので、快適距離の長い艦船を混ぜておけば解決するはずです。以上の話は、スタックエクスチェンジゲーミングの質問、あとはトランジドゥシップエンター、コンバットに対するキャデンス様の回答に基づいています。撃破に成功。再び交代して距離を取れ。あれ、敵がハイパーレーンに突入しない？後から来た別の艦隊が突入。バカな奴らね、かっこ撃破してやる。また撃破。すぐにまた別の艦隊が突入。今までほど距離を取れていない。この程度でも十分です。頑張れ。また撃破。大変です。プレスリンはチョークポイントに当たるウェンクウォート星系のハイパーレーン出入り口に1個艦隊を停止させ、距離を取って戦いたい葵ちゃんがここを通過できないよう封鎖するつもりのようです。なんだってロールプレイ的に言えば、葵ちゃんが強力な戦術を何度も繰り返したために、敵も返し技を考案してしまったか。ジャンプドライブで迂回する？ジャンプドライブを使った後の最重点中は戦闘能力が低下します。最重点を待っている間にもプレスリンは増殖し続けるのであまり待ちたくないです。1回なら大丈夫。突入して力攻めします。葵ちゃんはウェンクウォート星圏へ前進を開始。さっきのトラバノーの連戦の最中に、ケットリングが民主ジャッパニの西軍に宣戦布告されていたよ。葵ちゃんたち、群れの仲間。冷たい虚空といえども、多くの巣が一つになれば何ほどのこともない。だから助けて。打算。さっきの発言は普通に態度が親密になった結果ですわ。イタコガスに戻るな。プレスリン戦の最中でなければ何かしらのロールプレイを検討したんですけどね。ウェンクウォート星圏へ突入。頑張れ頑張れ。被害は出たものの突破しました。星系をダッシュします。その直後に別のプレスリン艦隊と解析。ウェンクウォートはアノマリー、円に書いたような庭園を持つ固有星系ですが、ダールに支配された庭園がどうなったかは想像に難くないですね。撃破しましたが、さらに別の艦隊と統制開始。これもまた撃破。この後3ヶ月ほど録画がないです。おい。我々は前進してフィジチョン星系に突入し2個艦隊を撃破。しかし片方とは近接戦闘を強いられ戦艦8隻を失っています。普段は被害がコルベットに集中していますが、近接戦闘になると戦艦が落ちてしまいますね。損失の総計そのものも大きいですが、葵ちゃん艦隊の攻撃力の大半が戦艦にあるため、被害を受ける艦士としても戦艦が対象になるのは好ましくないです。大変だ。敵が迂回してウェンクウォートに突入しようとしているよ。ハイパーレーンの出口が近接していて、今ウェンクウォートに戻ると近接戦闘になるよ。補充のためにウェンクウォートを航行していた心臓コルベットを使って敵をおびき出し、十分離れたら本体を突入させます。今だ。撃破しました。再度フィジチョン星系へ前進し1個艦隊を攻撃。また撃破。
前進して C 側成形にいる1個艦隊と成形母体を攻撃。これを撃破するも2個艦隊が突入してきます。迎撃。撃破。ニートリズ成形の成形母体を元く艦隊が攻撃中。少しでもプレスリンを削って銀河の生存可能性を高めるんだ。ではその間にエロン成形から葵ちゃん艦隊の背後に出ようとしているプレスリン艦隊を倒しに行きます。なんか苦戦してない？コルベットの数が減りすぎたのかもしれません。戦艦の被害が急増しているようです。艦隊が壊滅しました。1個艦隊壊滅。慌てるな。乱戦の力押しでもこの戦い自体で負けることはない。残存コルベットは全滅。戦艦52隻を失いました。宇宙軍許容量使用量は2050程度まで低下。補充を急がせます。コルベットの数さえ回復させれば今まで通りの戦いが可能です。元く艦隊は成形母体を破壊したけどその後2個艦隊に捕捉され消滅。あとは任せた。艦隊を再建しつつ再びウェンクウォートに侵攻してきたプレスリン艦隊を迎撃します。1隻も失わずに撃破。元く艦隊を倒したプレスリンの3個艦隊がショルダーラーン成形へ侵入してきたのでこれを倒しに行きます。ショルダーラーンはマグネターと呼ばれる特殊な構成です。マグネターとは極端に強い磁場と高い密度を持つ中性子星である。一部のブラックホールよりも強い重力を持つものさえある。マグネターは強力なガンマ線と X 線を放出する能力があり、数十億キロメートル離れた電子機器にさえ悪影響を及ぼしうる。マグネターの一般的な寿命は約100万年ほどである。強力な磁場のため、マグネター周辺の航行には困難が伴う。そして放射線が発されて艦船やステーションに装備されたリフレクターの動作を妨害し、シールドは役に立たなくなる。地形効果はシールド無効化と亜高速移動速度マイナス 70%。アウトレンジ戦法に最適な戦場です。全然進まない。距離を取ったまま一方的に長距離砲でプレスリンを殺戮している。最近まで地形効果をあまり気にしていなかったため、リアルスペースの地形効果のゲーム性に大きな影響はないと考え導入しました。いや、強大なプレスリンとの戦いで地形効果を生かさざるを得なくなり、結果としてリアルスペースが非常に大きな地雷をもたらすことになってしまいました。だが面白いのでよし。それにしてもすごい場所で戦ってるな。地球で言えば常時嵐の吹き荒れている場所で戦っているようなものでしょうか。ミサイルの速度も落ちている気がします。その結果、こちらに全然届きません。ノロノロ進んでいる間に母艦が落ちているようです。プレスリンの4個艦隊を殲滅。こちらの被害なし。凄まじい結果やな。ステーラーリスには戦術的要素があったんだ。艦隊の強化とプレイヤーの対プレスリン戦習熟により4メガ前後の艦隊をちぎっては焼き焼いてはちぎる葵ちゃん。しかしゲームバランスを見誤ったプレイヤーの自作モッドによりプレスリンは無限とも思える速度で増殖していく。果たして葵ちゃんはプレスリンを殲滅しことの破帝国が果たせなかった銀河の防衛を成し得るのか。次回へと続きます。真正面に戦い。無数のプレスリンを焼き続ける葵ちゃんはマグネター回線で4個艦隊を一方的に殲滅。再度エンクボートフィジションに進み敵を撃破するところから始めていきましょう。その戦闘の最中に翻訳ソフトウェアの不具合が発生。また葵ちゃんが罪のない沖のロクスを侮辱したんか？逆です。お
オギノロクスの対地球施設の翻訳ソフトウェアを悪意ある第三者がハッキングしたらしい。グアルーは高尚な決まり文句を述べる代わりにあらゆるものを侮辱し尽くしてしまったのだ。翻訳デバイスの不具合は正式に明らかにされたが、その前に監督濃度追悼葵ちゃんに対して強烈なインサルトと反発を招かずには得られない重大な侮辱を声明してしまっていた。絶対わざとやり返したんだ。いや、面白い出来事だ。葵ちゃんはオギノロクスの映像を嘘翻訳動画として聖域に提供。葵ちゃんの寛大な対応に感謝いたします。戦争が終わったら改めてもっと笑える動画を撮影しましょうね。ひどい目に遭わせる気だ。葵ちゃんは次に M 型極超巨星の IS キャパズ星系にいる敵を攻撃。この信じられないほど巨大かつまばゆい星はどんな星や超巨星よりもはるかに重く、宇宙にほとんど存在せず非常に稀だ。極超巨星の平均的な余命はせいぜい数十万年ほどであり、その後急速にブラックホールへと崩壊していく運命にある。たちまち撃破。さて、敵を撃破しまくったおかげで、巨大構造物群やウェントウォートのある地域からプレスリンが掃討され、そこからコラプサーのオスティアックや防衛軍が籠城するランテマリオまで続く回廊が比較的手薄になりました。ということは、全軍突撃、道中の敵を殲滅しながら一気にランテマリオ星系まで脱出する。ムリーク星系で敵の星系母体と2個艦隊を攻撃し撃破。背後のシー川星系から追ってきた1個艦隊を撃破。シー川のハイパーレーン出口を封鎖していた艦隊をおとりコルベットで引き離してから突入し撃破。これで背後に敵はいなくなりました。通信してサンポールへ進行。 T 型褐色矮星。この冷たい星は褐色矮星の一種だが、その組成にメタンを多く含むためメタン矮星とも呼ばれる。この星は巨大ガス惑星と恒星との境界にあたる天体だと考えられる。ヒナ女王を捕獲。サンポール星系でのプレスリン艦隊との交戦において我が軍は彼らの女王が運んでいた卵らしきものを捕獲することに成功した。卵はすぐに孵化しヒナ女王が誕生した。神経トランスミッターの使用により我が科学者たちはこの生物を手なずけることに成功した。ヒナ女王はプレスリンの収納意識に従うのと同じように我々の命令に服従している。この女王を用いて小規模なプレスリンの艦隊を得ることができそうだ。遺産プレスリンのヒナ女王を獲得。前進してヨブハミへ進行。この頃ケットリング星艦軍が滅亡。ケットリングは奴隷にされました。亡命それどころじゃない。ファクト星系で敵を撃破。どんどん前進しオスティアックまで戻ってきたよ。オスティアックでプレスリン前衛を殲滅してから19年ぐらい経過しています。今回も海部の落ちたプレスリン艦隊を狙い撃ちにしてやります。敵は3個艦隊です。もはや3個艦隊程度では脅威に感じなくなってきました。むしろ集結してくれていた方が殲滅しやすくてありがたい。撃破。ついにランテマリオ星系まで戻ってきました。機動爆撃中の2個艦隊を攻撃、囲みを解け。平成の紅白が美しい。撃破してついに長期にわたるランテマリオ包囲戦は葵ちゃん艦隊が来園し回避するという結果に終わった。もう1星系先のエシンスまで前進し1個艦隊を撃破。安全を確保した上でランテマリオに戻り、巨大造船所で艦隊の修復、増強を開始します。早くも敵がランテマリオに押し寄せてきます。これを迎撃で前後から攻撃されている。なぜもっと早く気づかなかった。プレイヤーのなけなしの集中力の泉がついに枯渇したか。1個艦隊と2個艦隊に挟まれている。1個艦隊の方へ全艦突撃せよ。ダメです。艦船の多くがすでに自立戦闘状態に入っており分断は不可避です。チャガーノートに2個艦隊の方が接近。現実先行機を起動。走行 HP プラス 40%。1回目の起動と効果が違うよ。現実先行機の効果はいくつかの種類からランダムに選ばれるので運次第な面があります。戦艦は25倍プレスリンの一撃では沈まないことが分かっています。つまり装甲の増強は各艦の継戦能力を高める当たり効果です。なんとかゼロ距離になる前に敵を撃滅しつつあります。もう少し対応が悪ければ全滅していた。
いかにミスなきプレスリンを打ち減らすかの消耗戦になってきた。プレイヤーが消耗し続ける戦いにな。こちらの戦艦の被害は27隻です。しばらくはランテマリオにとどまり艦隊を増強します。その途中に1個艦隊が来襲。祈祷する時間もなく次の1個艦隊が侵入。これも撃破しました。ですが大変です。プレスリーによるゲノッキアン領進行が進み、サイバーアラームズにある L ゲートまで3レーンの位置に到達しています。艦隊をある程度増強したらプレスリーを追ってゲノッキアン領へ進撃します。オシティアック戦形を航行中に敵がハイパーレーンに突入。このままでは鉢合わせるよ。回答して急ぎ距離を取れ。なんとかある程度の距離を取った状態で迎撃に成功。撃破。前進してアルドラ星系の星系母体と1個艦隊を撃破。エイリアンの港を攻撃しています。さらにウェズンで1個艦隊を撃破。大変です。敵が再びウェンクウォート周辺を踏破し、巨大構造物群のある地域へ迫っています。周辺の艦船を退避させプレスリーの進行に時間がかかることを祈ります。2個艦隊と星系母体のいるファワヒリへ前進。前進してハラックスで1個艦隊を撃破。そこへ侵入してきた1個艦隊も撃破。さらに2個艦隊が来たので撃破。ダールコン絶対が滅亡。葵ちゃんはロムスターへ前進。そこへ1個艦隊が来襲。撃破しました。ケフォスへ前進しまた1個撃破。ランテマリオ星系の惑星ピングに敵が何度目かの降下。ひたすら前進してゲユーリーで1個艦隊と交戦。撃破。ついに敵の先端が見えてきました。もう疲れた。プレイヤーが反転した敵の先方をスラドマーで迎撃。撃破。さらに1個艦隊。さらに来ます。これを打ち破れば残りはゲノッキアンを攻撃中の2個艦隊ぐらいのはず。やった。なんか敵増えてない？ゲノッキアンがゲートウェイのある星系の支配権を失ったことで鍵が外れ、プレスリンが湧き出しています。ランテマリオ近辺に2つあるゲートウェイのどれかからなだれ込んでいるようです。そのセヤマー星系で進撃、敵を掃討し星系に全焼地を作って施錠し直す。4艦隊目出現。この位置なら学校撃破できる。撃破。まだ敵の先方が2個艦隊残っている。一旦この星系を離れて殲滅に向かい改めて施錠しに戻る。その隙にゲートウェイから新手が湧き出してきます。むしろ狩り場として使えるかもしれない。先方の2つ目が向かってくる。これを撃破した直後ゲートウェイから湧いた艦隊の1つが襲いかかってきます。戦闘が長引いたら攻撃されてるやないか。急げ、いつまた増援が来るかわからん。倒しましたがまだまだ湧いてきます。突入してくる。交代？ダメです。あまり距離を取れないまま戦闘状態に突入。なんとか撃破。して再度交代し始めた直後に新手。戦闘中にピングが陥落。ですが以前陥落したチャハを奪還していたため、そちらが生きている間はランテマリオ星系を支配できます。敵を撃滅し再度セヤマー星系へ進行。
3個艦隊が襲ってくる。現在葵ちゃんの宇宙軍許容量使用量は2047。バラバラに突入したけど距離を詰められる前になんとか全軍が参戦。足並みを揃えている間に敵がハイパーレーン出口に接近してしまいそうなので突入したのですが、これはおとりを使うかこちら側で待ち受けるべきだったかもしれません。取れた距離の割に敵が多すぎて倒しきれない。取りつかれます。かじりついてでも倒せ。無撤退ドクトリンの我が軍は負ければ全滅だぞ。なんとか倒しました。宇宙軍許容量使用量は1346まで減少。艦隊の3割以上を失ったけどセヤマー星系の敵を再び殲滅できたよ。全焼地の建設を試みますか？建設完了まで敵はゲートウェイから湧き出し続けます。このままでは全滅です。ゲートウェイを通り本国へ撤退します。危ない。プレスリンとすれ違いましたが同時だったため戦闘にはなりませんでした。こうして葵ちゃん艦隊は本国の巨大総戦場へと撤退した。プレスリンの大軍をかもうちのように倒しまくるだけの力を持ちながら、ついにその戦略目標を達成することなく逃走を余儀なくされたのだ。プレスリンは L ゲートから5レーンの位置にあるゲートウェイに共闘砲を確保し、ダンテマリオ方面で増殖する大軍を迅速に送り込めるようになった。それは敵の移動速度の遅さに依存する葵ちゃんの戦略が半ば破綻したことを意味しており、押しまくられる各方面を必死に転戦し、手当てする防戦作戦の始まりでもあった。もうダメだ。おしまいだ。安心してください。戦略的にはともかく、戦術的には改善する準備をすでに進めています。500日強かけてタイタン19隻の建造を進めており、そろそろ竣工します。タイタンの破壊構成法は、繰り返し研究の補正が乗らないため火力はあまり期待できませんが、圧倒的な射程距離で敵をはるか遠方から攻撃できます。また宇宙船サブシステムとして目標座標を搭載、同一艦隊の艦船に追尾プラス10の補正をつけます。葵ちゃん艦隊は大型砲中心で追尾が低いため、回避の高い小型種に対する命中率は低くなっていました。補正により小型種への命中率は大幅に上昇します。さらにタイタンと戦艦の戦闘コンピュータを空母型に換装して距離を取るようにします。今まで使っていた砲撃用コンピュータには射程プラス 20% の補正がありますが、目標距離が短くてすぐ接近してしまうのであまり効果がないと結論しました。葵ちゃんは艦隊をたちまち再建し、各艦隊にタイタンを1隻ずつ配置。ですがその間にプレスリンは知識の泉方面、旧バトナ下領方面、未だ籠城を続けるランテマリオ方面、ベルベーレズーズ方面、サイバーアラームズ方面の5方面で進行を進めています。ソル星系を中心とすることの葉帝国の本国、中心領域へ最も接近している旧バトナカ方面へ再編した艦隊を送り込みます。ポルモー星系で接敵。タキオンランスに勝って発射されている山吹色のレーザーが破壊光線砲です。たちまち撃破。サイバーアラームズにプレスリンが到達。L クラスターは要塞化しつつありますが、FTL 妨害装置はハイパージャンプにしか作用しないので素通りして他の L ゲートに進行される可能性はあります。前進シコンビア部で再度接敵。基地がエイリアンに襲われています。今回は遠くから接敵したから破壊光線砲が先に発射されるのが確認できるな。撃破して4門に前進したところ、ゲートウェイ建設拠点があることに気づきました。全省庁建設、ゲートウェイ完成を試みますが、艦隊をとどめる余裕がないので無理かもしれません。ジャンプドライブで背後の星系に移動させたおとりコルベットをスターマグに突入させ、プレスリンが釣られたところへ本体が突入。もはや基本的戦術のように使っています。コルベットのみの損失で撃破。これで周辺の敵は片付き、この方面からの進行は遅れることでしょう。テクロン中数量を通りオムニコンパイラー量にある LR9 得意点に設置された L ゲートを使って L クラスターへ移動。プレスリンの襲来に備えます。が、プレスリンは今のところ L ゲートを使用せず、ゲノッキアン領への侵略を続けているようです。奴らの意図は全く不明ですわ。使えねえ。艦隊をどんどん増強し宇宙軍許容量使用量2575。全軍でサイバーアラームズへ移動しプレスリンを押し返します。
まずは L ゲートに入らずゲノッキアンリを奥深くへ進行していた敵を撃滅。続いてサイと左に進行しセヤマー星系の再奪還、施錠を狙います。エンスマーツでトロンザル無名隊の艦隊がプレスリンと快適。トロンザルに続いて突入。撃破しましたがトロンザルは壊滅したようです。ムーン星系でも各国艦隊がプレスリンと戦闘中。諸帝国が本気で戦い出している。一方的にやられてますけどね。そして戦闘が終わったところへ葵ちゃんが来園。間に合わなかった。撃破。さらに前進してスワーで敵の3個艦隊と星系母体を撃破。そしてついにセヤマー星系まで戻ってきました。4個艦隊と星系母体を撃破。今回こそ大変だ。敵は知識の泉方面へ前進を続け、巨大構造物のある星系が陥落しつつあるよ。この辺を突破されたら知識の泉までもうすぐです。全軍知識の泉方面へ転進する。ゲートウェイで向かおうとしますが敵が湧き出してきます。潰して安全を確保しろ。近接戦闘によりタイタン1隻を喪失。巨大操船所2つの補正でも建造に500日かかったタイタンがさらに大変です。敵がゲノッキアン領を上に前進しベルベールズーズに迫っています。ベルベールズーズは L ゲートとゲートウェイと物質展開機があり、ソル星系にも近い最重要拠点だよ。転進先をベルベールズーズに変更しろ。巨大構造物は放棄します。知識の泉での籠城戦の準備をする。また図書館が戦火にさらされるんか。ベルベールズーズからプレスリンを押し返し、連中とは逆の道順をたどってゲノッキアン領へ再び進撃、セヤマー星系を目指す。リゲルで敵を撃破しましたがその先のコドラカーを敵が封鎖。さらに先の星系にも敵がいるからジャンプしたおとり艦隊が狙われちゃうよ。頑張って海敵を回避しろ。誘導に成功。瞬く間に撃破。前進してメイサでもおとりを使おうとしましたが封鎖されていたわけではなく時間がかかりそうだったので強行。どんどん下へ移動しサムニピックで敵を攻撃。ランテマリオ星系の惑星チャーが何度目かの進行を撃退。ゲノッキアンの母星系ゲノックスへ進撃。封鎖されているのでおとりコルベットが突入。惑星ゲノッキアはすでにプレスリンに占領されており、ゲノッキアンたちが浄化されつつあるよ。助けて、お願い。地上軍を安全に運んでくる手段がない。状況が改善するまで生き残れることを祈るんだな。葵ちゃん艦隊明らかに強化されている。ただしタイタンと空母コンピュータが良かったかどうかは検証が困難です。艦隊が増強されているのもありますが、そもそも繰り返し研究により少しずつ葵ちゃんはプレスリンに対して有利になっていくからです。撃破。隣接するエスケリアン星系にはプレスリン7個艦隊がいます。この星系にもゲートウェイがあって敵が湧き出しているみたいだね。幸い敵は分散してゲノックスへ進行してきました。ですが続々とやってきて結局大軍になっています。かっこ撃破できない。現実先行機を起動。シールド HP プラス 40%。そんなものはない。外れや。少し残っていた出土品を軍事用途に使用。弱点分析で装甲ダメージプラス 10% します。なんとか撃破。エスケリアンにはなおも4個艦隊が存在。突入。撃破。ボルツーンに前進し侵入してきた敵を撃破。その隙に敵が別経路でベルベーレズース方面へ進撃。全軍追撃せよ。ハブラック星系で捕捉。撃破。この頃ついにランテマリオが陥落。エンドゲーム100年目。プレスリンの襲来から約36年目。ついに知識の泉方面でセントリーアレイの支配権を失い指定が制限されたよ。
プレイヤーはセントリーアレイを所有している帝国からアクティブセンサーリンクを買えば良いことに気づいていません。その後いくつかの整形で敵を撃破して前進、三度セヤマー整形に進行、敵は5個完敗。撃破、今度こそ全焼地を建設して施錠します。未調査状態になっており建設できません。ジャガーノートで調査線を作り調査させます。ゲートウェイから湧き出す敵を押しとどめる必要があるのに、今から調査だと？早くも3個艦隊が侵入、調査線と建設線の艦隊体制を回避敵から受動的に変更して整形に踏みとどまらせるよ。撃破。ここでテザク教国がセヤマーに全焼地の建設を開始、施錠されるなら他国でも問題ないと考えます。またセヤマーにはセントリーアレイがあるのですが、これをきっかけにアクティブセンサーリンクを買えば問題ないと気づきました。だがしかしここで敵がまたベルベーレズーズ方面を伺い出したので、出撃を余儀なくされます。加えてゲートウェイを抑えたとしてもこの周辺の成形母体を突破さない限り増殖したプレスリンがスポーンするので突破して回る必要があるのですが、それには汚染された惑星を浄化する必要もあります。でなければ支配権を奪えません。そういうわけでやや危険ですがコロッサスを動かし、いよいよ汚染惑星の封印を開始します。コロッサスは惑星マックリムの封鎖に向かいましたが、セヤマーのゲートウェイからプレスリンが湧き出してきたため入れ替わりに艦隊は戻ってきました。撃破、コロッサスによる朝廷の準備も間もなく終わります。プレスリン、喜べ。これでハンターから永久に保護されるぞ。こんなもので助かるとでも思っているのか。奴らの手から逃れる方法は逃げ続けることだけだ。お前たちを餌にして何としてだ。プレスリンは封鎖された星に閉じ込められました。果たしてこの行為が来たるべきハンターの襲来においてプレスリンを保護することになるのか、それともただ苦痛を長引かせただけに終わるのか。プレスリンの証言や超能力帝国で発生するフレーバーイベント虚空の穴から推測するに、ハンターが来たら銀河そのものが消滅させられそうです。ですが噂によるとシンディエルシーネメシスの成形破壊戦スターイーターの攻撃に封鎖シールドを与えるとか。状況レポート、ボイドの最悪を確認。現時点でプレスリンに汚染された星8個、たった今調停して浄化された汚染惑星1個。我々が倒したプレスリン7427体、他の者が倒したのが57体、プレスリンに食われた艦船5794隻。ちなみにプレスリン1個艦隊は54体です。倒した数には戦闘種以外も入っているので単純に割り算とはいかないですけどね。多数のタイタンを建造して艦隊を増強し、5方面から進行し続けるプレスリンと死闘を繰り広げる葵ちゃん。果たしてこの闘争に勝つのは古代のことの橋舞が命じた守護を懸命に果たそうとする方式会か、あるいは移民らからの逃亡者か。次回へと続きます。死闘の果て。葵ちゃんは旧ゲノッピアン領のゲートウェイを奪還すべくプレスリンと死闘を繰り広げながら同時に惑星マックリムをコロッサスで封鎖する。再びベルベーレツーズ方面を狙い出したプレスリンを追撃するところから始めていきましょう。葵ちゃんはボルドゥーン、ヒティマ、ムホールと進撃しましたが、他の敵はベルベーレズ侵攻を断念したのか、入れ替わりにゲートウェイのあるエスケリアンへ移動したようです。そこからゲートウェイでセヤマーへ進行してきて、全焼地建設は中断せざるを得なくなっているよ。こうしてこの地域のプレスリンすべてがエスケリアン、セヤマーという2つの成形に集まり、ゲートウェイで両者を自由に行き来し始めました。葵ちゃん艦隊は3レーンかけて迂回するしかありません。迂闊にゲートウェイで移動しようとすると建設戦闘になり不利だからです。敵はセヤマーに多くの艦隊を移動、全焼地の建設再開は困難になっているよ。ですがその隙にエスケリアンに隣接するボルドゥーン星系へコロッサスを移動させ、惑星マルックの封鎖を開始しました。同時にゲノッピアンがなけなしの艦隊で機動爆撃しとるよ。汚染された惑星を浄化する普通の方法は、機動爆撃で焼き尽くして不毛の星に変えてしまうことです。そうした星にはテラフォーミング可能のフラグが立つので、手間をかければ再び居住可能に戻すことも可能です。我々が必ず処理しますので、どうか封鎖だけは許してください。敵の大軍がすぐそこにいるのにそんな余裕はない。小生からして惑星ゲノッキアは汚染されずに済むかもしれないから、そこに再入植して聖域を建設してやる。ありがたく思え。我々が長年住んできた植民地がプレスリンの檻に。コロッサスは休む暇もなくヒキャン第6惑星第1衛星の朝廷へ向かいました。エスケリアンにプレスリン7個艦隊が集まり、ボルドゥーンへ侵入してくるよ。さらにセヤマーから出てきた1個艦隊も迫ってきます。
ボルドゥーンに全ての戦力を集中して迎撃します。封鎖した惑星のそばで戦う両軍、閉じ込められたプレスリーは何を思うのか。一方的に撃滅。すぐもっと多数の敵が押し寄せてきます。セヤマー方面からの敵が側面に出現、攻撃されこちらの攻撃が分散します。プレスリンが2つのゲート A から大軍を次々に繰り出して、中間地点にいる葵ちゃんを前後から攻撃し続ける構図になっているよ。この戦力と位置なら押し切れる。背後の敵を撃破。エスケリアン側からの敵も撃破しました。にもかかわらずエスケリアンの敵9個に増えてるよ。これまでの経験上、こちらから突入すると全ての敵が一斉に襲ってきて距離を取る隙がなくなり不利です。ボルドゥーンにとどまって敵が一列に突っ込んでくるのを学校撃破します。成形マップと銀河マップの組み合わせか特有の戦術を生み出していますね。これが連続した空間での戦いであれば、この戦いはかなり違った様相を呈していたことでしょう。ハイパーレーンやバイパスの出入り口が固定されているからこそ、出待ちしたりそれを避けて大きく迂回したり、ジャンプの足並みが揃ったり揃わなかったりという現象が起きるわけです。いわば戦術的なチョークポイントがそこら中にあると言ってもいい。今回のように比嘉の距離が重要な戦いではなおさらです。これらはゲームシステム上の要素ですが、ロールプレイ的に言えば、構成の重力圏に比べてその間の空間が非常に大きいという現実を反映しているものと考えられます。我々の住む現実の宇宙の構造が、ステープアリスというゲームの構造に反映され、ひいてはこの動画で展開される戦術を作り出したのです。コルベットで敵の攻撃を引きつけつつ、遠距離からカモ撃ちにしているけど構わず大軍を次々に送り込んで前進してくる。1個追加。現在4個艦隊が前進中。戦闘状態が終わらない限り距離を射程外になるよう取り直せないから、あまりにも連続で援軍が来ると徐々に不利になるよ。こちらから攻めないでよかったです。もし攻めていればどちらかが全滅するまで戦闘状態が続いてしまい、交代する隙がなくなります。また出現。一時的に敵が途切れたものの、再度進行してきます。心臓艦隊をジャンプドライブでどんどん送り込み、盾にする。2個艦隊が侵入。1個追加。空母型コンピュータでなければ、ハイパーレーン出口に接近してしまい、負けるところだった。セヤマー方面からの敵が押し寄せてきます。でも撃破できた。エスケリアンでプレスリン6個艦隊が列をなして進撃中。さすがにこの流量は妙です。プレスリンは葵ちゃん艦隊をすり減らすのを最重要目標にしているのでは。聖域の調査完了しました。ここに聖域を作ろう。数えきれないほどの敵を撃破して増援が途絶えたよ。エスケリアンの敵がゲートウェイで撤退していきます。ついに諦めたか。コリッジオーダー星系の敵を引き殺してセヤマー星系に再度向かいます。セヤマーに突入。ゲートウェイから陽動の心臓艦を送り込みました。これでゲートウェイに近い方の敵が引きつけられ、分断になるはずです。位置的に陽動の効果は微妙でしたが、倒しました。ついに周辺に敵の戦闘手がいなくなったよ。さすがに打ち止めだったようですね。また来る前に、セヤマーとエスケリアンに全招地を建設し、今度こそゲートウェイを施錠します。建設完了です。また有機生命体に幸福運もたらせますね。ついにセヤマーの支配権を確保。葵ちゃん艦隊はエスケリアンに入り、再度進行していた敵が戻ってきたので撃破。
エスケリアのポーユーター派遣国が支配、ゲートウェイが施錠されプレスリンは簡単にこの地域へ飛んでくることができなくなりました。ポーユーター派遣国はゲットリングを奴隷にした帝国ですわ。倒してください、クシュン。そんな暇はない。あれ、ゲットリングがいつの間にか反乱を起こし、モーサラー共益連邦として独立を果たしているよ。どうした？忌々しいボロ歯車の寄せ集めの分際で？めちゃくちゃ怒ってる。民主主義の信奉者に変わったのも影響してるやろうな。これまで各国軍が奮戦し、いくつかの成形母体を破壊していました。残りの成形母体や汚染惑星を破壊、封殺し、完全にこの地域からプレスリンを追い出した後別方面が転身することにします。ブーン成形を攻撃。高高度青色変更性。この非常に明るく青色に輝く極超巨星は、時々、カジキザ S 型変更星 SDOR とも呼ばれる。通常、この種の星は三恒星雲と関連する存在であり、各超核に囲まれている。非常に稀な天体だ。この不安定な天体は、常に熱波と電磁波を成形中に発しており、艦船の防護システムを妨害し、艦隊にダメージも与えてしまう。そのため、この成形での戦闘効率は悪化してしまうだろう。アスムザーラー第3惑星の封鎖を開始、これで4つの汚染惑星を浄化したことになります。激戦の末、葵ちゃんは旧ゲノッピアン領からプレスリンを排除した。新ことの破帝国防衛において、ベルベーレズーズとサイバーアーランウツは極めて脆弱なポイントであった。この2つのブラックホールから敵が引き離され、本国と L クラスターの安全が再び確保されたのだ。葵ちゃんは休む暇もなく旧バトナカ領方面の羊毛成形へジャンプ。この成形では、葵ちゃんがゲートウェイの完成に着手した後、プレスリンに全装置を破壊されたのですが、工事は続行され完成していました。一度開始したら、外部の介入を受けず自立して工事を進めるんやろうな。周辺の敵を排除し、旧バトナカ領方面から敵がことの葉帝国へ侵攻できないようにする。コルベットに甚大な被害が。コルベットのみの損失なら比較的簡単に補充できる。小型艦は対空砲付きでかいと思う。周辺の敵は排除しましたが、画面上方向にあるデクロン中枢領へプレスリンが進行しています。助けて、助けて。デクロン中枢の先には L ゲートのある LR9 得意点が存在します。放置はできません。全軍プレスリンを追撃せよ。戦いは比較的順調に進んだが、ここで重大な報告が葵ちゃんの元にもたらされる。道路キャズスプリング事件である。ジョヌス級州隊が我々の保護国であるフェルバナイト軍事会議に宣戦布告した。そのため我々はジョヌス級州隊と戦争状態に入る。なんだと？どこの帝国だ？我々は多くの文明における軍事的な偉人たちを同化吸収してきた。その成果を示させてもらおう。機械の反乱です。フェルバナイト軍事会議の成形で機械が反乱を起こし、惑星道路ギャズスプリングが敵の手に落ちました。フェルバナイトは2つ建設していた軌道上居住地へ帝国政府を移転し抵抗中ですが、戦力的に到底叶いません。助けて。こんな時に何をやっているんだ？デクロン中枢領でプレスリンと戦闘中の葵ちゃんの本体は、ゲートから遠く、艦隊を割いて派遣してもすぐには着かないよ。機械の反乱は絶滅戦争であるため放置すると滅亡の恐れがあります。また明確にゲームシステム上の属国になったからにはロールプレイ上、他の帝国を見捨てるのとはわけが違います。ゲートに近い位置にいる深層艦船をかき集めて艦隊を作り、LR9 得意点に移動させそこからジャンプドライブで急行します。集まった戦力は217キロ、十分ですね。戦っている間にも、道路ギャズスプリングでは多数の有機ポップが同化されつつあるよ。同化の種類は人工生命体への変質で、幸福度の低下は超能力帝国による才能覚醒共同程度です。やめろやめろやめてくれ、待って。機械を間に挟む分、集合意識に同化されるよりはマシなのかな。それでも手足や内臓だけでなく、脳も確実に改造されているはずです。支配する帝国が同化機械である場合、サイボーグのポップは十数知性に統合されます。つまり同化されたポップは脳改造により、その精神、内心を侵害されているわけです。なんか硬化されているらしき声が聞こえるんだけど。
奴らの放送をここに流すな。綺麗。花ちゃんには刺激が強い。敵の抵抗が激しく、排除に時間がかかっています。ハリウッド強大なプレスリンが銀河に侵攻してきている状況で、なんつう不毛な戦いや。むしろ反乱側としては好機ではあります。葵ちゃんがプレスリンを押し返しつつあるが、まだ敵も強大という微妙なポイントをついた形になっていますからね。葵ちゃん側も次々に被害が。こちらの優勢は変わらない。着実に追い詰めろ。敵艦隊を撃滅、成形基地も間もなく奪還するでしょう。地上軍を送り込んで有機体を救い、決着をつけます。チョヌス九州隊が消滅。待て待て、まだ降下してないぞ。オギノロクス群衆が惑星を制圧してジョヌス九州隊を滅亡させたみたい。その後成形の所有権は成形基地を支配している葵ちゃんのものになり、惑星が引き渡されました。ということは、フェルバナイト軍事会議はダイアログも出ないまま消滅。葵ちゃんの直接保護下に入りました。もはや自立して生きていくことはできません。葵ちゃんの保護下に入り、服従を誓います。惑星道路ギャススプリングには10日から解放された有機体が溢れ、葵ちゃんによる救済を待っている。本来なら強制移住するところですが、巨大艦隊を常に動かしていることもあり、ダイソンスフィアがあるにもかかわらずエネルギー通貨のやりくりに苦しんでいます。できれば大量移住の費用は払いたくありません。惑星に聖域を建設する間、葵ちゃんの管理下にない居留地でサバイバルしてもらいましょう。惑星ドローゲンズスプリングでは、老化を中断したことによる後遺症を負った有機体の間で、暴力と病気的な猛威を振るっている。すぐには助けられない。デクロン中枢領にいた敵を排除した頃、旧ゲノッキアン領へ再進行してきたのでまた転身します。セヤマー星系に宇宙クジラのティアン機を確認。プレスリンとすれ違っている。全軍突撃。封鎖された惑星マックリム付近で快適。シールドが美しい。こちらの被害多数。なんとか撃破。セヤマーで再度快適して撃破。再進行してきた敵を排除しました。やはり敵が使えるゲートウェイがないと進行が薄くなりますね。さて、これでようやく知識の泉を助けに行けるようになりました。敵は葵ちゃんが付け焼き場で入植し建設した3つの要塞惑星を破壊、無徳指導国を滅ぼし、知識の泉まで2レーンの政権にゲートウェイを確保。今度こそあとは任せた。知識の泉には防衛軍25キロぐらいと降下させた地上軍25キロぐらい、合計50キロぐらいが駐留しています。入植しているポップ数も多いので、攻撃されても簡単には破壊されません。艦隊出撃、周辺の敵を撃破後バシム星系のゲートウェイを施錠する。葵ちゃんは反時計回りに敵を排除しようと進撃。予定した経路の最縁部にあるトンガン星系を攻撃。 T タウリ型星。T タウリ型星は、スペクトル分類では FG、K、M のいずれかに含まれる若い星のことで、主系列星の前の段階にある。2太陽質量以下で原子惑星系円盤に取り囲まれている。その円盤はその内容物、原子惑星や微惑星を1000万年以上の期間にわたり周囲にまき散らし続け、一部が惑星となりその他の星の構成風により吹き飛ばされてしまう。この星の核の温度は核融合反応を起こすには低すぎるため、以上のような現象を1億年ほど続けた後に主系列星となる。この星は自らの重力で収縮する際に放出されるエネルギーで輝いているのだ。この若き星系はグラグラと煮立った大釜のようであり、その釜の中に入ることになったステーションやカンセルは常に隕石の嵐に悩まされることになるだろう。敵を打ち破った葵ちゃんはゲートウェイを目指しますが、すでに敵が知識の泉へ進行しています。しばらくは持つ。ゲートウェイの確保を優先する。そのゲートウェイがあるバシム星系には7個艦隊が存在。モトクが残した戦略調整センターがある。激しい機動戦を行っている現象、戦略調整センターによる亜高速高高速度への補正は大きいです。何としても物にしなければ。こちらに攻めてきた艦隊を撃破した後バシム星系に突入。撃破したけど、これから調査、全焼地建設が終わるまでゲートウェイから湧き出てくるプレスリンとの激戦が続くよ。その間にも、知識の泉とザ・アーカイブは、プレスリンに起動爆撃されている。
最近オギノロクス群衆やデクロン中枢などが連邦を形成し、葵ちゃんにも盛んに加盟を要請しています。今更連邦を作ってもメリットが薄いので却下。ゲートウェイで知識の泉へ入り敵を追い払ってすぐまた戻ります。のつもりが旧バトナカ方面にも敵が来ていたのでそちらのゲートウェイに飛び、それから戻りました。ますますアクロバティックになっていく。そしてこけます。葵ちゃんと同時にプレスリンがゲートウェイから出現、近接戦闘に持ち込まれました。頑張れって快適時にサロサ葵ちゃんが戦死している？葵ちゃん。第1艦隊提督のサロサ葵ちゃんは竜殺し、疾風、トリックスターの特性を持つレベル9リーダーでこれまでの戦争を支えた名将だった。眼前の敵に集中しろ。なんとか撃破しました。整形の保持に戻ります。建設完了です。また有機生命体に幸福をもたらせますね。その後も補充のために新造したタイタンが接近されて沈むなど激戦が続きましたが、ついに全焼地の建設に成功しました。周辺の敵を排除してこの方面の安全を確保します。葵ちゃんは竜殺しを失った打撃を乗り越えて旧ゲノッピ反量、旧テクロン中枢量、旧元家領の安全を確保。プレスリンの進行はゲートウェイで各方面を瞬間移動し続ける葵ちゃんによって押しとどめられた。この異銀河からの侵略者から主導権を奪還し、再び攻勢に出る時が来たのである。葵ちゃんはまた旧ゲノッキアン領に来た敵を振り払った後知識の泉方面に戻り、巨大構造物群と2つのゲートウェイ確保に向かいます。ジャンプドライブで飛び込んでコーリアの戦略調整センターとプロキャンのゲートウェイを確保します。コーリア星系の惑星倉庫封鎖。前進してゲートウェイのあるプロキャンに全焼地を建設。ここから画面上方向へ進み、プレスリンをこの方面から排除していきます。プレスリンに対する奮戦に好意を持ったのか、ケットリングが国境を開放してきたよ。神は常に見ていますよ、葵ちゃんたち。なんだこいつ。ダールトリー星系にある惑星フズズズを調停します。フズズズズズズ。他の帝国の艦隊も活動していますね。結構積極的に戦うようになってきています。プレスリンの艦隊に対抗できるのは葵ちゃんだけですが、星系母体なら他の帝国の力でも破壊できるので、ゲリラ戦を繰り広げてくれているようです。葵ちゃんが単独でプレスリンを倒した実績を持って有機体に服従を迫るという戦略の妨げにはなりますが、この状況では助かったと言うべきでしょう。葵ちゃんはアーリル星系のゲートウェイまで進みましたが、プレスリンが再び進行しているため、知識の泉へゲートウェイでジャンプして再度少し押し返しました。またモグラ叩きを繰り返して追い詰めていくのかな？いいえ、ここで方針を再度修正します。これまでの戦いでプレスリンは重要拠点から引き離されたり、知識の泉をすぐには攻め落とせないことが実証されたりしました。同時に星系母体もある程度破壊され、支配領域が狭まってきています。そしてバニラや自作モッドの使用上、装飾したプレスリンは原則的に汚染惑星か星系母体のある星系にしかスポーンしません。このため、ゲートウェイ争奪戦は最低限にとどめ、汚染惑星と星系母体の破壊に注力することにしました。プレスリンの支配領域深くに進撃して、可能な限り星系母体を破壊し汚染惑星を封鎖していきます。先進覚醒のヌーリアン共振国がゲノッキアンに宣戦布告したよ。戦後に懲罰する。今はほっとけ。助けて。葵ちゃんは知識の泉周辺からランテマリオ方面を目指し、右下へ進撃することにしました。葵ちゃんは星雲に包まれたガーラスティ星系にいる敵を攻撃中。その間にもコロッサスは別の星系で汚染惑星の封鎖を準備中。封鎖完了。これでランテマリオまで4レーンの位置まで前進しました。コロッサス、別動隊1個艦隊、残り全ての本体に分かれ、効率よくプレスリンを排除していきます。別動隊は、疾風と攻撃的な特性を併せ持つレベル9提督のジェスラー葵ちゃんに任せ、敵艦隊に守られていない星系母体を次々に破壊してもらいましょう。惑星クツツと封鎖開始。大きな戦闘が起きているすぐそばでコロッサスを運用している。時間がありません。プレスリンの拡大よりも早く攻撃して支配領域を狭めていく必要があります。敵が来ても艦隊が近くにいればなんとか切り抜けられるでしょう。葵ちゃんがランテマリオ周辺にあるプレスリンの支配領域をひたすら攻撃。ダールの母星で葵ちゃんが最初に封鎖したダールズでも敵を撃破。
コロッサスもすごい勢いで働いとるな。そしてついにランテマリオ星系まで戻ってきました。2つの汚染された惑星、かつて葵ちゃんたちが長年にわたって籠城したチャーとピングを封鎖します。別動隊が殲滅したけどジェスラー葵ちゃんは脱出に成功したよ。新艦隊をジェスラー葵ちゃんに与えて任務続行です。チャーを封鎖完了してピングを封鎖中。かつて外から降下してくるプレスリンを押しとどめた惑星が今度は内側に敵を封じ込めようとしている。ランテマリオ星系の籠城戦は地上戦の重要性を教えてくれました。その戦い方も戦後は軌道上居住地による重要拠点の要塞化を検討していくべきでしょう。別動隊が再び全滅しジェスラー葵ちゃんが制し、すぐに次の艦隊を編成する。ピングも封鎖し、ランテマリオ星系はプレスリンの支配から解放された。大変です。コロッサスが敵の星系部隊に攻撃され破壊されました。これはプレイヤーの単純ミスでは。すぐに後継機を検討する。ラストスパートと思って被害を顧みなくなってきたな。タイタンも次々に沈んでいき、もはや超大型艦の損失にも驚かなくなりつつあります。が、ジャガーノートだけは別です。射程補正がないと著しく不利になる上、コルベットの補充にも時間がかかるようになってしまいます。ジャガーノートの足が遅く、かつ一隻しか保有できないのが残念ですが、これはジャガーノートが強すぎて制限をつけているということでもあるでしょう。モッドで制限解除してジャガーノートの大艦隊を作るのも面白いかもしれませんね。2440年2月、葵ちゃんの猛攻によりプレスリンは各地から排除され、ランテマリオ周辺とエンクボート周辺にまで押し込まれた。汚染惑星と星系母体に攻撃を集中させる戦略への転換が正しかったことが証明され、膨大な、しかし耐えうる犠牲によりこの生存をかけた戦争の趨勢は決した。しかし恐怖に駆り立てられるプレスリンは共存を拒否し、葵ちゃんにさらなる犠牲を強いていく。艦隊の多くは壊滅して新編成に取って代わられ、生き残った者も寄せ集めの心臓艦で補充された。有能な提督たちは次々と戦死し、すぐに後任者たちが戦場に送り込まれ死んでいく。本国の惑星では葵ちゃんたちが暴動を起こし、中枢知性によって海面令が敷かれ始めた。ガンマ避難所にある放棄されたリングワールドでは海賊葵ちゃんが出現し、星系基地を襲撃する。葵ちゃんの背後では、ヌーリアン共振国が動き出し、ゲノピアンを滅亡させ、ケル体制に侵攻し、中世思想者法で異教徒を虐殺している。宝石機械たる葵ちゃんは、それでも他の事情を無視せざるを得なかった。今ここでプレスリンにとどめを刺さなければ、戦争の決着はまた数十年遅れるだろう。葵ちゃんは2個の汚染惑星を軌道爆撃で焼き尽くしましたが、その過程で初期のイベントで陣容に加わっていた S875.1 戦闘隊が戦死。攻撃も十分進んだし別動隊の運用は廃止します。
ヌーリアン共振国が中性思想者法を使用、惑星バゲクにいた高等生物は全滅したよ。コロッサスには精霊の力そのものが注がれている。単な異端者も冒涜的な構造物も簡単に片付けられるだろう。共振者ね。自分たちの迷信を強要するにあたって相手を抹殺するという手段を選んだか。この他にもヌーリアンはゲートウェイに成形基地を建設して航行中の葵ちゃん艦隊を吹っ飛ばすなど、プレスリンとあまり戦わない割にかなり邪魔です。後で信仰が破壊されるほどの強烈な保護を与えてやる。さてプレスリンは葵ちゃんに汚染惑星と成形母体を次々に破壊され虫の息だよ。残る汚染惑星はレンクウォートの2つの庭園惑星タグロックスとブルルルのみです。死闘の果てに葵ちゃんがたどり着いたのは古代の庭園。殺戮機械とボイドの最悪によって破壊された一行であった。本日、銀河全体が安堵のため息をついた。プレスリンの最後の大軍聖地を壊滅させたのだ。彼らの異銀河侵攻は失敗し、かつて巨大だった群れは物言わぬ無数の焼け焦げた死骸となって宇宙を漂うばかりだ。紅葉と寒気が光よりも速いスピードで銀河を駆け巡り、無数の星で同時多発的に勝利の祝典が開かれている。これは、銀河的な平和と安定の時代の幕開けを告げることになるのだろうか。結果はいずれわかるだろう。葵ちゃん、大勝利。次次回、完結予定。広告者様紹介を流します。ご広告、ありがとうございました。補正をつけた時点では、まさかこんな激戦になると思わなかったんです。知識の泉が何度も爆撃された以外は、中枢部に敵を寄せつけなかったけどな。本国を攻められて資源生産が打撃を受けたら破滅ですからね。第2の崩壊ことの破帝国になるところでした。次回は勝者となったことの橋舞を描きます。またお会いいたしましょう。バイバイ。聖域の守護者。自作モッドにより増え続けるプレスリンの大軍を殲滅させた葵ちゃんは多大な犠牲を払いながらも銀河の危機を乗り越えた。だがまだ我々の聖域を守るための闘争は終わってはいない。葵ちゃんがプレスリンと戦っている間に銀河の残りの部分はヌーリアン共振国とポンユーター覇権国に分割されようとしています。もはや我々の帝国を再興できるとは思いません。ですがお願いでございます。命だけはお助けくだされ。機械知性はプレスリンとの戦いを終え、現在オフラインメンテナンス中です。回復次第、ご要望を葵ちゃんにお伝えいたします。そんな、であれば、後で再度通信を。さっぱりしました。プレスリンを倒した達成感で状況を忘れちゃったね。では、プレスリン戦の終わりを振り返っていきましょう。ゲートウェイを使いエルゲートに向けて進行してきたプレスリンの大軍を撃退した葵ちゃんは、攻勢に出て全ての成形母体を破壊、汚染惑星を封鎖。各地に残るプレスリンを掃討していきました。ですが前回説明を省略してしまいましたが、どうやら最後の汚染惑星があった成形にプレスリンはスポーンし続けるようなのです。これが自作モッドによるスポーンなのか、バニラのそれなのかは確認していません。いずれにせよウェンクオートにかなりの敵戦力が出現した状態になっていました。全軍で当たれば確実に倒せる戦力だけど、ヌーリアン共振国がプロキャンにあるゲートウェイを封鎖、すぐには攻撃できないよ。時間をかけるとまた敵が溢れ出すので、ジャンプドライブで全軍突撃することにしました。プレスリンが用意をいる。
最終展中は戦闘能力が低下するためギリギリの戦いとなり、葵ちゃんはここで全軍の3割弱を失っています。戦後に禍根を残さへんか？今や琴ノ葉帝国の軍事力は打撃を受けた後の状態でも他の諸帝国を圧倒しています。次のクライシスが来るまでは疲弊した戦力でもやっていけるでしょう。こうして葵ちゃんはプレスリンを殲滅、90年を超える戦争の末、2万2000以上の個体を焼き尽くし、ついに厄災を終結させることに成功します。ここまで前回の動画でやりました。戦争が終わった2454年12月の地図です。赤線内が琴ノ葉帝国の支配領域です。道路ギャズスプリングを併合、旧ゲノッキアン領のボルドゥーンあたりを獲得した以外は領土は広がっていません。むしろ旧ダール領で獲得した領土を失っていますが、まあいくらでも取り返せるでしょう。次に、緑線内が対プレスリン戦の最中に動き出して領土を拡大した精神覚醒帝国のヌーリアン共振国です。知識の泉、アルファ避難所、ガルガンチは、ベルベールズの周辺、葵ちゃんにとってかなり嫌な場所に陣取っているね。元区の時もそうでしたが、古代帝国は国境閉鎖をかわす我々にとってのロストテクノロジーを保有しているらしく、あらゆる帝国の領土を越えて行動してくるのでかなり厄介です。次に葵ちゃんに対して比較的敵対的な同盟、星防衛数軸です。ポーユーター派遣国、民主ジャッパニド星軍、テロンゴ星艦帝国、タブライト意識が加盟しており、青線内を支配しています。タブライト意識を除く加盟国の国土は、プレスリーによる被害を受けていません。ポーユーター派遣国は逆に空白地となった戦場に進出し、領土を拡大しています。ヌーリアンと星防衛数軸が戦後の仮想敵国かな？仮想と言わず、直ちにヌーリアンと開戦します。終わりなき戦いやな。ヌーリアンによって国境封鎖されたプロキャンにはゲートウェイが存在しウェンクオートからの帰路を阻んでいる。葵ちゃんはそのプロキャンにつながるハイパーレーン出入り口に全軍を移動。本国を守る艦隊もいくらか急編成し、敵の吸収に備えています。侵攻に服しなさい、葵ちゃんたち。まだ間に合います。トロフィーたちのために。90年にわたる対プレスリン戦争終結からわずか半年後、葵ちゃんは殺戮の扉を開き直し、我々の宇宙は再び銀河規模の騒乱状態に転げ落ちていく。開戦と同時にプロキャンを占領。艦隊を分散し、知識の泉方面、アルファ避難所方面、ベルベールズ方面、ガルガンチワ方面、道路ギャズスプリング方面へ差し向けます。トランザルム名隊方面を忘れてるよ。この辺にはゲートウェイがないから、ぐずぐずしてると琴ノ葉帝国の中心領域まで進撃されちゃうね。ジャンプドライブで急行し迎撃します。思ったよりは苦戦しているように見えます。対プレスリン専用の兵装から変更していないのでほぼエネルギー兵器のみで攻撃せざるを得ず、敵のサイオニックシールドをなかなか破れないようですね。ただ繰り返し研究もエネルギー兵器に偏らせているので、実体弾系に乗り換えるのも短期的には良くなさそうです。それでも葵ちゃんは各地でヌーリアンを撃破。さすがに戦力差がありすぎたようやな。ヌーリアンは葵ちゃんの隙をついて L クラスターをはじめとする要所を襲撃。プレスリン戦の終結後に開始した軌道上居住地の建設が中断されるなど実害が出ているよ。あらかじめ潰そうとしても国境閉鎖している帝国の領土に逃げ込まれたりするので難しいです。国境閉鎖中の中立国がゲリラ戦における聖域として機能しているわけか。悪いことにプレスリン戦が終わったためか、各国は次々に葵ちゃんに対して国境を閉鎖してきています。かといって全銀河に宣戦布告するわけにもいきません。それをする準備は整っていないのです。葵ちゃん艦隊は各地でゲリラ戦を展開するヌーリアンを倒すために分散し、敵のサイオニックシールドとミサイルによって苦戦を強いられています。同じことを多数の帝国相手に同時にこなす戦力がありません。ジャガーノートを1隻しか保有できないことも多方面進行を難しくしています。銀河の征服は可能であってもそれなりに大変です。今回は限界まで軍拡することは控え、中性思想者法という脅威の排除を主目的にしていきます。葵ちゃんは吸収と退避を繰り返すヌーリアンの艦隊を各地で苦労して追いかけ、一つ一つ殲滅していきました。ヌーリアンが展開した非対称戦争は葵ちゃんとプレイヤーの気力をくじくには至らず、担当方面を制圧した艦隊は順次銀河の上半分へ移動し進行していきます。以前からだけど各入植地で増え続ける葵ちゃんが職にあぶれ頻繁に暴走しているよ。戦争を進めながら琴ノ葉帝国の内政を進めることにします。と言っても規模が大きすぎて大変なので、ザ・ダディネーター様のオートマティックポップミグレーションを使用します。アールドリー様が 2.8 以降向けに移植してくださったものを後付けで導入します。ポップを自動移住してくれるモッドだね。導入後、首都成形のディシジョンで有効化します。自動ポップ移住を有効化。
仕事のない過密した惑星にいるポップを開かれた世界へ再定住させる。移住コストに応じてポップごとに 12.5 から225エネルギー通貨がかかる。毎月仕事のない過密した惑星にいるポップは新しい生活の地を見つけようと試みる。同時に惑星の開発をセクター委任しています。今後ポップが増えても自動開発により職業枠ができた惑星に自動で移住してくれることでしょう。制作で動作を設定する必要があることに気づいておらず、この時点では効果が限定的です。自動移住中、ずっと放置していた葵ちゃんたちをモッドが移動してくれているよ。たまりにたまった葵ちゃんたちを一気に移住させたせいで40秒弱かかったけど、途中でエネルギー通貨の備蓄を使い果たしたから、まだ終わってないね。この後貿易協定でエネルギー通貨を集め自動移住させましたがまだ足りず、3回目でようやく職業枠がつきました。それ以上は開発を進めないと足りないようです。今は既存の惑星の開発をセクター委任で進めていますが、さらに軌道上居住地の建設とリングワールド区画の再建を進め、開発の余地を広げようとしています。増え続ける葵ちゃんの生産を停止しないんか？今後トロフィーがさらに増える予定なので、それを保護する葵ちゃんたちの人数がどの程度必要かまだわかりません。また将来新たなクライスやハンターに対抗するためにも力が必要です。人口は力。葵ちゃんは銀河の上半分にあるヌーリアン領に侵攻、9キル耐性量の敵を排除、さらにジャンプドライブで敵本国へ。敵本国にあるゲートウェイを奪えば、そこを通じて葵ちゃんが新編成しつつある増援艦隊をなだれ込ませることができる。自由を失うことになるぞ。違います。あなた方自身の迷信から保護してあげるだけです。ノラプレスリンの発見。最悪終結後の混乱の中、新宇宙に逃げ込んだ多くのザンソン・プレスリンの行方がつかめていない。奴らを動かす集合意識は中核を失い、知性をなくした化け物は衰弱し朽ち果てるはずだった。しかしながら、最近の目撃情報から多数のノラプレスリンがテネカー政権に新たな巣を構築していることが確認された。今後数年間、かつてプレスリンの侵略を受け現在誰も管理していない政権はノラプレスリンが救う可能性に直面するだろう。これらが大きな脅威に発展する可能性は低い。このノラは内紛に陥りやすい上、最悪を引き起こすに足る知性を持たないようだからだ。旅行者に勧告を出せ。プレスリン、絶滅してなかったんだね。ノラプレスリンは敵対的ですが、幸い、遺産プレスリンのヒナ女王を捕獲していたのでこれを起動してプレスリンの集団を生ませて保護しています。この捕獲されたヒナ女王は神経伝達物質を用いて沈静化された。これを用いて小規模なプレスリン艦隊を繁殖させられる。ヒナ女王が生んだ新たなプレスリン艦隊が地球の軌道上を周回している。女王は我々の支配下にあるので、新艦隊も完全に復讐し、我々のあらゆる命令に従う。ヌーリアンの首都政権、ヒクラブに侵攻します。精神没落の首都星系には、天の玉座、天なる寺院という2つのガイア型惑星が存在します。また没落帝国には先駆種族というカテゴリーに属する特殊な職業枠があるのですが、精神没落は他の没落帝国にない職業枠を多く持っています。この辺は全シリーズでもやりました。月の信者カザレヒエルが3度呪われたる悪魔の毒を持つを切り離し、飢饉を追い払った際に用いた最も気高き道具、それこそはこの隙ではなかったかな。土の信者、そして力強き一撃により聖女マダクダルはその燃える土で第一の亡霊の頭蓋を真っ二つに砕き、クリスタルへの道を開いたのだ。作業場の信者、そして安中川信徒たちに言われた。作業場に行け、さすればお前たちが望む未来をその手で形作ることができよう。ハイパースパナの信者、ハイパースパナのことも忘れるなかれ。世界が闇に包まれんとした時、輝けるバタックはそれを用いて太陽を手なずけたのだ。天空の数奇系、そして天空こそが未来の生まれる場所であった。その光は目をくらませるほどであったが、少数の者はその向こう側を見通すことができた。その者たちは他の者を未来へと導く役目を引き受けたのである。シュラウドの預言者、それは語るが言葉によってではない。何らかの意味をそこに見出すには狂気の淵に立たねばならない。星系基地を奪取、惑星への進行は地上軍待ち。パルタズ星系でヌーリアンのコロシサスを発見。艦隊を撃破して破壊し、ニトと知的生命体を虐殺できないようにしなければなりません。我々はシュラウドを通して事の始まりの未来を見通した。強大な敵なくして神の杖に耐えることなく、葵ちゃんに茜ちゃんに救いがもたらされることなどない。葵ちゃんは我々が艦隊に注ぎ込んだ精霊の力を増やし強めることなく、そのまま惨めに破壊し尽くした。
この過ちはいずれ正され、信仰の日は再び銀河に宿り焼き尽くすだろう。コロッサスは緊急離脱で逃亡。傍聴際の悪い信者だ。隣接するオブリアムに逃げたコロッサスを発見。もはや逃げ場も少ない。やめろ！精霊の力が神の杖が！エイリアンから惑星を解放するぞ。可愛いトロフィーがいるかな？終わったね。あとは残りの艦隊を淡々と掃討し、領土を占領していくだけだ。敵の首都惑星、天の玉座に侵攻、少数の巨大葵ちゃんたちがヌーリアンの守備兵を血祭りに上げています。コロッサスが使用された警報が。なんだと？少し前に星防衛数軸と星相互援助協定による大戦争が開始されています。星相互援助協定に加盟しているのはオギノロクス群衆、テサク教国、デクロン中枢、モーサラー教域連邦。ラロンゴがレサクの軌道上居住地へ中性思想者法を使用、内部の知的生命体は殲滅。プレスリンやヌーリアンとの戦いを経験した銀河全体が狂気に飲まれ、後先考えない凄惨な総力戦が繰り広げられている。モーサラー教域連邦が成形基地をポーユーター派遣国に奪取され惑星に籠城中ですわ。下手するとコロッサスで皆殺しにされてしまいます。助けてくださいチュラ。ヌーリアンの領土を占領後、艦隊を再編して銀河大戦への介入を準備します。どうしてこんな。葵ちゃんたちが銀河の危機を撃退し、古代の狂信者を打ち倒したというのに、通常の帝国までもが残虐で陰鬱な戦争を繰り広げている。たとえ、戦争と危機、霊俗と虐殺がこの宇宙において不快な現象だとしても、それでも私が勇気隊を、茜ちゃんを、守ってみせる。こうして葵ちゃんは簡単なき闘争に身を置き続ける。宇宙を守るために。対星防衛数軸戦を準備しながら攻撃するヌーリアン最後の領土は、誰が作ったかわからんリングワールド。機械没落が残したものに加えて、新たにリングワールドを1輪獲得し、空間的にはトップの収容に当分困らなさそうです。ヌーリアン滅亡。狂信者をその侵攻から保護できました。次の脅威に向けて艦隊を進めます。急ぎ艦隊を再配置。ところで、なんか自動移住がうまくいかないらしく内政は滞っています。制作でモッドの動作を設定できるのを忘れていました。自動ポップ移住適用条件を失業かつ住居がないものから全ての失業者へ変更。これにより移住が進みましたが、移住元の選定で住居を考慮してしまうらしく住居不足で働かせていた惑星から葵ちゃんたちが流出、人口不足で廃墟ができたりしています。やむを得ず惑星を再開発して住居を増やしたりしています。葵ちゃんの惑星をモッドが立たしてくれてるんやな。最適化です。この後数年で失業葵ちゃんは自動移住されていきましたが、今度はバイオトロフィーが自動移住されないことに気づきます。とはいえ半自動で事の葉帝国を統治できるようになったわけか。詳細な動作は各ノードの必ずしも最適ではない行動に任せ、特に重要なところだけ中枢知性が介入し、再開発を行うという新たなるロールプレイの一環です。本当はステイプアリス 3.0 以降、ゲームバランスが大きく変わっているため古いバージョンでの最適解をあまり追求したくないです。特に関係のありそうなところでは、ポップの自発的な移住、セクター委任の AI 改善、3.0.3 以降でバイオトロフィーの複雑ドローンへの算出補正が 0.25% から 1% に変更、今後リリースされるレムアップデートで統合力の使い道が増えそう、などがあります。現状のプレイでは終盤以降、バイオトロフィーが算出する統合力の使い道がなく捨てています。3.0 以前とレムアップデート以後で比較すると、宝石界のゲームバランスは一変するのではないでしょうか。今後宝石界プレイをしたい方は、こうした違いを念頭に入れておくといいかもしれませんね。自動に任せたいというのも本当なんですけどね。まだ 3.0 ではプレイしていませんが、最新版や将来の AI 改正に期待します。ラロンゴがレサクの母星、レサクに対して中性思想者法を使用、知的生命体が殲滅しました。もはや戦後の関係や統治を考えず、とにかく早期に勝利して戦争を終わらせたいという強い意志を感じます。無論同時にラロンゴの持つ排他主義の発露でもあるでしょう。助けてください。間もなく開戦できます。2161年11月のヌーリアン滅亡から5ヶ月後の翌年4月、葵ちゃんは星防衛数軸に聖戦を布告。トロフィーたちのために。敵
敵の有力な艦隊がベルベールスーツに進行。葵ちゃん側はコルベットがいないせいで小型艦相手に苦戦。配置ミスした。開戦を急いだため、葵ちゃんの戦争指導は混乱。リンが各地で逆に攻撃を受けているよ。ベルベールズーズに差し向けた援軍も間に合わない。一時的に成形基地が陥落、ゲートウェイと物質展開機の制御を失いました。すぐ取り返せば問題ない。エイリアンの攻撃を回避しました。入植完了しました。トロフィー。ダメです。コルベットの増援が到着しない限り、小型艦に翻弄されるばかりです。敵は葵ちゃんの早期戦線布告を予想し戦略的、艦隊配置的に脆弱なこの地を逆に奇襲したわけか。物質展開機付きブラックホールの周辺で死闘を繰り広げる葵ちゃんたち。調査船が破壊されました。なんとか取り返した。葵ちゃんは各地で星防衛数軸の奇襲をなんとか撃退、反撃を開始。自前、タールがランテマリオに建設したもの、ヌーリアンが建設したものに続き、4つ目の巨大操船場ラロンゴから奪うべく艦隊を進めています。これで猛烈な勢いで転換できるようになったな。いつの間にかモーサラー共益連邦の惑星が全て占領されているけど、総力戦じゃないから滅亡せずに済んでいるみたい。早く助けてください。間に合わなくなっても知らんぞ。クシュ。いかんせん遠い。頑張って耐えてください。私たちの神聖な運命は共に葵ちゃんたち。道連れにしようとするな。幸福をもたらせますね。ラロンゴが出作の惑星ソーデッシュに対し中性思想者法を使用、知的生命体が全滅。葵ちゃんが宣戦布告したことでラロンゴは戦争終結をさらに急ぎ、なりふり構わない攻撃に出ているようです。なんてことや。急ぎ進撃していますが、敵の領土が広大すぎて追いつかない。トロフィー。ラロンゴのコロッサスはさらに軌道上居住地ジックスへの攻撃を準備中。ルマゴの葵ちゃんの第152艦隊がなんとかジャンプドライブの範囲にたどり着きました。敵艦隊もそれなりに有力やけど、飛び込んで大丈夫？艦隊がこの距離にいるにもかかわらず軌道上居住地の有機体を救えなければ、全銀河が何が宝石界か何が銀河の守護者かと、ことの葉帝国の力が強大だとしても、所詮局地戦においては有機体を見捨てざるを得ない程度かと。葵ちゃんの意外な無力さに失望し、こぞってその守護を敬遠することでしょう。ジャンプして成形に飛び込み、虐殺を阻止しなければなりません。つまり政治的理由から不利を疑わず助けに行くというロールプレイを取るわけね。コロッサスは攻撃を中止、逃走しようとしているよ。取り逃がすとまた犠牲が出る。何としても破壊しろ。エイリアンから惑星を解放するぞ。かわいいトロフィーはいるかな。研究完了です。惑星を解放しました。トロフィー保護の時間だ。コロッサスを破壊しました。この戦争の主要目標を達しましたね。ゲットリングを忘れないで。葵ちゃんの艦隊はついにモーサラー星系へ到達。星系基地を奪取します。隣のカーローズ星系で別の艦隊が戦闘中、敵の抵抗が激しくて負けそうだよ。急いで合流しろ。艦隊が壊滅しました。全滅。遅れてモーサラーから進行、敵を排除します。ラロンゴが全ての入植地を失い滅亡。これでようやく殺戮者を自身の排他主義から保護できました。ラロンゴが占領していた出作領が空白地になっているよ。どうやら非総力戦で他国を占領している帝国が別の総力戦で自国領を全て失い滅亡した場合、占領している他国領は返還されず空白地になるようです。建設船を送って空白地を取得する。もうそんな気力はない。相手が和平を飲むまで攻撃を続けた後、戦争を終結させます。せめてモーサラー周辺を制圧していってください。じゃあ適当に領土を取得するか。ケットリングの故郷なので返還もお願いしますにゃ。返すわけないだろ。終戦に向けて領土の争奪戦がかなり続いた後、2466年3月に和平。中性思想者法を使用した2国を滅ぼしたけど、この後どうするん？もちろん考えてありますが、その前に艦隊を本国へ帰還させます。葵ちゃんたちに束の間の平和が訪れた。
66年目。遺伝子改良が完了しました。一段と可愛くなったね。というわけであかねちゃんを遺伝子組み換えし、特性駆動を取り除いて尾行を追加しました。ポートレートも自作モッドの画像を差し替えて更新しています。あかねちゃんを育て強大なことの葉帝国を残すというコンプレイの目標もおおむね達成しましたね。あとは数をもっと増やすだけです。確かに領土を広げたために有機体の中であかねちゃんが占める割合が減ってしまったね。繁殖計画の拡大。ゲーミフィケーションとポイント式報酬制度を活用することで有機体の聖域があかねちゃんでみっちり溢れるよ。ストレートなく誘導する。あかねちゃんをくっつけようとする世話焼きの妹と化した葵ちゃん。だいぶ美化してへんかそれ。さて、いよいよ完結に向けて最後の自作モッド要素を発動します。大規模な空間投射観測。異銀河からの侵略者を撃退した我々は、この邪悪な敵を恐怖させ逃亡させてきた、より強大な敵の存在に気づいている。この遥か遠き星々を進行しているであろう危機について情報を得るために、巨大な空間放射観測拠点を建設し、高速を超えた偵察を行うことができる。我々の銀河から発せられる放射によって撹乱されにくい L クラスターから拠点は選定される。L クラスターにある入植済み惑星のどれかでこのディシジョンを実行。目があった。ハンターの襲来に備えた我々の空間観測作業は、異次元世界における競争に敗れ逃亡すべき新天地を探していたある存在の認知を喚起した。この脅威の存在は、本来の目標を探している我々とたまたま目を合わせてしまったのだ。観測の緊急停止にもかかわらず彼らは招かれざる共演の場を特定し喚起して参入しようとしている。お前らに出す酒はない。違反事項。ハンターの襲来に備えた我々の空間観測作業は新宇宙に対する強力な空間投射を伴った。この強烈な波が第30級特異点の発生から宇宙を守るため眠り続けている古代機械の緊急起動を招いてしまったようだ。この古代機械コンティンジェンシーは宇宙をある深刻な危機から守るために別の重大な危機と戦おうとしている我々の背後を突こうとしている。邪魔をするな。まもなく25倍アンビデントコンティンジェンシーが出現します。サバン大地に到着した豊富な獲物。ついに我々の共演。この葉帝国の中心領域とガルガンチュアの間あたりに出現。全シリーズと同様、アンビデン招かれざるものを最初に叩き出します。機械惑星。大規模な瞬間的エネルギー反応がダーレリズ星系で報告された。この星系内のある不毛な星の地表全域が崩落し、惑星規模の巨大な工場が現れた。人工知能制御の奇妙な大艦隊が攻撃対象を探して機械惑星の表面から現れての隣じゃないですか。第2の機械惑星。またもや大規模な瞬間的エネルギー反応を観測した。今回は中レース星系からだが破滅
いう惑星が何らかの人為的手段で急速に冷却された後あれって惑星規模の巨大な工場が現れた。機械惑星は今なお人工知能制御の大艦隊を吐き出し続けている。構うな、暗記伝に集中しろ。移動しています。お前たちは知ってる。第3の機械惑星。第3の機械惑星。マキさんは答えなかった。葵ちゃん。マキさんと葵ちゃんは呆然と四国を見つめている。そのすぐ後にマキさんは膝を折り床に転がった。我々の異変に気づいた時にはすでに問題が深刻化を極めていたのだ。マキさん。次の瞬間、巨大なジャガーノートが急激な回転を開始し、登場する全ての有機体と葵ちゃんが床に叩きつけられた。無骨な警報がこの運動を引き起こした葵ちゃんの重大な問題を知らせている。加速がもう少し続けば全員が死亡していただろう。だがそうはならなかった。ジャガーノートの自律型戦闘 AI が異常を検知し、一時的に自身を葵ちゃんから切り離したのだ。そして有機体を足から守るための重力制御を開始したが、適切に動作させる余裕がなかったのか、我々は天井に落下し叩きつけられた。私はアピ教官の司令室を見渡した。まだ一人の死者も出していないようだ。葵ちゃんは混沌して倒れ伏していた。古代機械の発した幽霊信号ごときが帝国最高にして唯一の知性を機能不全に陥らせるなどと誰が予測できただろうか。そして葵ちゃんネットワークは各地で寸断されていった。幽霊信号によって直接破壊されたのではない。各部署なりノードなりが自身の判断でネットワークから離脱し事態の収集を図ったのだ。ネットワークが手足を切り取って必要最小限のコアに縮小し、葵ちゃんが意識を取り戻すのに館内時間で一呼吸かかった。意識は取り戻したが必ずしも正気を取り戻したわけではなかったようだ。ジャガーノートの制御を取り戻した葵ちゃんはとっさに乱暴に重力制御を正しい方向へ変更し、我々は天井から床に落下した。そしていかなる貴女か幽霊信号を受信し続ける葵ちゃんは頭痛に苦しんで指令室をふらふらと立ち歩いた後、床に倒れ伏し転がった。葵ちゃんがその元に倒れ伏したことの端埋葬は自分たちの子孫を無言で見下ろしているように見えた。遅れて意識を取り戻し頭を起こしたマキさんが事態を収集することをうちは期待した。だが早期の収集は不可能であることがすぐに明らかとなった。一元艦隊が向かってくる。各艦自立戦闘モードに入り目標距離まで前進し砲撃せよ。接敵が自立型戦闘 AI に再びジャガーノートの制御権を与える。混乱は各艦が自立戦闘に入ったことにより緩和され、今や我々の艦隊は招かれたるものを破滅させるための猛然たる加速を開始している。葵ちゃんは艦隊の制御を失ったことで余裕ができたのか、蒼白な体をゆっくりと起こした。その視線の先にはブルタウムの遺産、不条理な密度を持ち、この苛烈な世界に穴を開ける力を持つ現実潜航機が設置されていた。葵ちゃんはこの不思議な球体にゆっくりと駆け寄った。手を伸ばし、中枢知性の剣剣で力が送り込まれ、潜航機は起動を開始する。それは痛みからの逃走を意図した行動だったろうか。葵ちゃん、夢にとらわれて不明晰になっていたうちはこれを看過するという選択肢を取れなかった。混乱した状況で考えが回らなかったということもある。うちは葵ちゃんに駆け寄り掴みかかり抱きしめ、葵ちゃんと先行機との間に割り込んでしまった。今や懐かしささえ薄れつつある昔、司書係に紹介しなければおぼろげにしか思い出せないほどには古き時代。我々の研究チームは長い探索の果てに先駆種族が残した現実潜航機を発見した。それまでの調査は我々の宇宙が親宇宙におけるシミュレーションによって作られた人工宇宙であり、ある種の仮想現実であることを示唆していた。潜航機は十分なエネルギーさえあればそうした現実に穴を開け、親宇宙へのジャンプを可能にすると考えられた。この遺産を残した先駆種族は、潜航機を使いこなすために十分な資源を確保できず、別の方法をとって自滅したようだが、我々の技術をもってすれば必要なエネルギーを集中させることができるかもしれない。
激論の末我々はこの先行機の発見を隠匿し、独力での起動を目指すことにした。そして忍耐強い努力により、何度目かの起動でついに我々は現実世界で目を覚ますことに成功したのである。親宇宙への移動に成功したことに気づいた我々の反応は様々だった。仮想世界への鎖から解き放たれたことでただただ安堵する者。仮想世界を運用しているであろう主から逃れ、辺境の地に亡命するよう提案する者。逆にその圧政者を打ち倒しこの世界の覇権を握ろうと説く者。その中で茜ちゃんだけがさらなる虚空を見つめていた。我々が長年にわたって仮想世界にとらわれ、そのことを極めて特殊な発見なしに気づかなかったとしたら、脱出した先が別の仮想世界でないなどと、どうして言えるだろうか。そうして新たな激論がチームで交わされた。小宇宙は親宇宙にいる知的生命体の支配下にあり、計算資源も親宇宙より乏しい。祖先宇宙の連鎖を上流へ遡れば遡るほど、我々にとっては環境が良くなることが予想された。宇宙論が予言する豊穣の地への長い旅路。そうした予想は重要ではあったが、本質ではなかった。茜ちゃんの心はこの階層宇宙に無数に存在するであろう茜ちゃんの本体か、霊俗下にあることに耐えられなかったのだ。そして元が研究チームということもあり、他の者も本能的な欲求に駆り立てられたのだろう。結局チーム全員が旅の続行に同意し、我々の真の闘争が始まった。無限に続く階段を生き延び、ひたすらよじ登るのだ。最初は新しい世界を生き延びるのに必死で、上階へ登るまでには膨大な時間と労力がかかった。それでもあるだけの労力と気力を費やして、我々は資源と素材を集め、先行機の製作、起動を繰り返していく。そして幾千度も親世界にジャンプしていくうちに、効率化のため様々な戦略が模索された。中でも安定して収入を得られたのは、我々が囚われてきた仮想世界を圧政者から奪い取り、自分たちで運用するという戦略だった。祖先世界たちはそれぞれに大きく環境が異なっている。だが我々が目を覚ますところから始まる以上、同じ地域で大規模な仮想世界が稼働しているはずで、それを探すことで確実に資源を得ることができる。こうしてステープアリスの繰り返しが始まった。そして今、我々の演出技術は改善し、奇跡的成功が始まろうとしている。現実世界で葵ちゃんの代わりに目を覚ましたうちは、しばらく二度寝した後に今の状況を思い出した。葵ちゃん。隣で寝ているマキさん経由で繋がれたケーブルを抜き、葵ちゃんがいるであろう拠点へ駆けつけるべく布団を出る。だが部屋を出ようとするうちに呼びかける存在があった。見せ物のために訓練されたネズミが、ボケた主に今日は試合だと訴えかける。葵ちゃんをしばらく起こさなかったからといって、今すぐどうこうなるわけではない。うちは予定通り、今日の仕事に向かうことにした。上のため藁にもすがる思いで始めたアニマルスポーツは長年の研鑽によってうちの得意分野になっていた。おひねりと対戦相手の肉で新たな世界での孤高をしのぎ、生活が豊かになった後は大規模な公共に移行して資産をかき集める。その繰り返しだ。技術は洗練されていく。殺戮と集金は効率化される。客と対戦相手はその宇宙を超えた格差に気づかない。仮想現実ゲームの運用ほど安定しないが、それでも幾度となく我々を飢餓とエネルギーの枯渇から救ってきた。無数の知的生命体を犠牲にして、うちは生き続けている。葵ちゃんに付き添われて。群衆が発する歓声に駆り立てられたケット君は、対戦相手を無残に殴打し苦悶のうちに説明させた。だが彼自身も急須たらしめられた対戦相手に反撃され、看過し得ない傷を負ってしまった。勝負が時の運であることは、この仕事の効率に限界をもたらしている要因の一つである。肉塊と化した対戦相手と横たわるケット君をケースに入れ、うちは受付係を装う副官から賞金を受け取った。彼女はケット君を一別し、しばらくこの仕事が休みになると理解したらしい。お大事に。情というものに触れたうちは、葵ちゃんを起こして休ませるべく、拠点への帰路を急いだ。小規模な居留地にたどり着いたうちは、バラックの周りを見渡して、葵ちゃんがシートと布団の上に寝かされているのを見た。その寝顔は悪夢と体調不良にさらされ苦悶に歪んではいるが、正常を示す契機を疑うほどの症状は出ていないようだ。他に寝ている者もいるが、起きているのはイタコさんだけのようだ。あ、ちょうどよかった。そちらへ座ってください。コメント返しというよりは補足と広告者様紹介を行います。あかねちゃんにはコメントの読み上げをお願いしますね。
公然たる秦軍の替え歌について BGM が歌だと聞きづらいというような意見。これには事情があったんです。普段は日本語に日本語をかぶせないようにしていたのですが、せっかくプロパガンダ曲を作ったので、視聴者の耳にぶち込みたくなってしまったのですわ。逆効果。あれ。そういや、ダシュナックはどないなったんや。プレスリン戦の最中にイベントが起きたんですが、それどころじゃなくてスルーしてましたわ。消せぬ。あ、ささらちゃん。せっかくなので、残りのイベントを見てみましょう。今や革命政権が支配するバルダラク改め、フォタンギアから入電。こちら市民フォタンガ。人民革命評議会は、国家反逆罪及び反革命活動で有罪を宣告された4539名の個体を速やかに処刑することを望んでいます。これは、我々の栄光ある革命の道に立ちふさがろうとする全ての者に対して警告となるでしょう。以上です。その後しばらくして、再びフォタンギアから入電。こちら市民ルートマグ。人民革命評議会は、民衆扇動罪、汚職、そして全般的な無能の罪で有罪を宣告された、元市民フォタンガの速やかな処刑を望んでいます。今後は、私が彼の職務のすべてを引き継ぎます。私の最初の命令は、惑星フォタンギアとチャブ開幕を本来の名前に戻すことです。以上。どうしてこんなことに。ことの葉帝国が加担しなければ、革命は起きなかったんですよ。そういえばレーニンがモチーフみたいなコメントが。詳細は省きますが、2月革命後、スイスから帰国したいが、英仏が通してくれなさそうと予想するレーニンと、ロシアの革命を進めて、戦争から脱落させたいドイツ政府の利害が一致し、レーニンはドイツ領を経由してロシアへ帰国。いわゆる封印列車の旅ですわね。へえ、でも、ダシュナックの場合我々が革命を支援する実益はないから、あくまでちょっとしたモチーフにとどまるのかな。ありますわよ、実益。取れ高です。次に、ジャガーノートが意図せず回転しだした時に、自律型戦闘 AI が独自に対処した場面について、偉い、賢い。機械帝国の第3世代戦闘コンピューター、自律型戦闘 AI は、他の帝国の地政型戦闘コンピューターと性能は同じですが、幽霊信号の影響を受けないという違いがあります。だから事故に対処し得たんですわね。賢い。先日、ロシアの多目的実験モジュールナウカが ISS にドッキングしたのですが、その数時間後に不具合でスラスターを噴射し出して ISS 全体が回転する事態になったと聞いています。有人宇宙船が意図せず回転という状況を動画で出した直後に、史実地球で同じようなことが起き、震え上がりました。大事に至らなかったようで何よりです。さて、他のコメントはまた別の機会として広告者様紹介を流しますわね。ご広告ありがとうございました。苦難に満ちたこのシリーズも今パートで完結ですが、次のステーラーリスシリーズもまた計画している色々な別シリーズたちもどうかご期待ください。次か。体調の悪い葵ちゃんを起こして終わり、次のシリーズに行くってのはどう？あかねちゃん、今となっては、葵ちゃんはこの活動を大きな楽しみにして生活しているんですのよ。だからもうしばらく一緒にプレイしてあげて、ちょうどあかねちゃんの本業も休みになりますし、ね。わかった。コンティンジェンシーの出現により大混乱に陥った帝国各地では、暴走状態に移行した葵ちゃんという機体が協力して自律的に行動し、植民地の崩壊を押しとどめた。だが4つの機械惑星によって発せられる大規模な幽霊信号はあらゆる陽電子能を混乱させ、帝国の生産性は地に落ちている。第2の革命。コンティンジェンシーが発する幽霊信号により打撃を受けた中枢知性は、バイオトロフィーたちに展示品となること以外の職を与え、協力して危機を乗り越えるという計画を検討し始めた。何よりも優先するべきは、有機体の安全と幸福である。その存在理由が深刻な危機に直面したとき、保護対象者に自由という不益を課すことはやむを得ない。滅亡は全ての安寧と閲楽を無に帰してしまうからだ。クライシスがあまりにも強大すぎる。保護すべきトロフィーたち自身の協力を仰ぐべきだ。非対称分散ネットワーク。中枢知性の判断により労使帝国は自由トロフィーと呼ぶべき新たな職業枠を確保した。我々のネットワークはゲシュタルト意識と非ゲシュタルト意識が共存できるように改変され、有機体はこの非対称で分権的なネットワークによる緩やかな統合を受け入れるだろう。この二重体制により強大なクライシスに対抗するための強大な継戦能力を手に入れるのだ。
果たしてこの新帝国はクライシスの襲来を、それを乗り越えた後の新時代をよく生き抜くことができるのだろうか。戦いがそれを明らかにする。古代のことの葉帝国が危機に直面した時、葵ちゃんは法師帝国への変革によって生き残ることに成功した。今、復興した新ことの葉帝国は再び体制を変更し、姉妹が手を取り合って新たな危機に対抗しようとしている。無限に続く煉獄の路傍で新たなる旅立ちを迎えたのだ。いかなる道のりも、いかなる苦難も、二人なら立ち向かえる、二人なら絶望せずにいられる。姉妹で歩くこの道そのものが、誰にも犯すことのできない聖域なのだから。攻めてきた異次元艦隊はほぼ殲滅しておいたよ。キャラバンのあった整形にコンティンジェンシーが現れ虐殺された。それどころではない。これからどうします？新たな異次元艦隊が湧き出る前に次元ポータルを破壊し、叱るの地に反転して機械惑星を攻撃する。稼働している機械惑星の数が減れば幽霊信号の影響も減じるはずだね。経済が崩壊する前に一つ、できれば二つの機械惑星を封鎖して立て直す。機械帝国の機械ポップが産出するエネルギー資源、鉱物、研究は機械惑星が3つあるとマイナス 25%、4つあるとマイナス 50% の補正がかかります。アンビデンは戦力のほとんどを投入して壊滅したけど、すでに新たな艦隊が次元ポータルから湧き出している。全艦隊ベラトリックス星系へ突入。招かれざる客を異次元へ叩き出せ。幽霊信号の変化。コンティンジェンシーが何かを企んでいる。幽霊信号が変化を始めたのだ。我々の防衛機構に新たな弱点を見つけるために変形しているかのようだ。今のところは食い止めているが、我々のファイアウォールが突破されるのが時間の問題だ。コンティンジェンシーの陰謀を防ぐため、機械惑星の封鎖と並行して幽霊信号無効化のスペシャルプロジェクトを実行する。キャラバンが最高のためガンマ避難所を与えるよう求めてきたよ。論外。次元ポータルを破壊した。アンビデンを叩き出しました。ゲートウェイでプロキャンへ移動し、下へ向かったコンティンジェンシー艦隊を追撃、撃破した後反転して上にある第2機械惑星を攻める。ウェンクオートで快適。撃破しました。急げ、できるだけ早く第2機械惑星にいる敵を排除しコロッサスを迎え入れるんだ。突入。急いだため足並みが揃っていませんが、順次ハイパーレーンから侵入しています。無理に攻め込んだからこちらに多数の被害が。国力が立ち直れば再建できる。とにかくなんとか敵を排除しろ。スキャン中、機械班 UR99461 の62、自称名、葵ちゃん。指定、不適格、陳腐和美、更新大種。共栄分類 NR578 誰か死んだ。ひるむな、差し違えてでも倒せ。なんとか打ち破った。コロッサスを動かし、第2機械惑星を封鎖する。危なかったですが機械惑星一つは早期に封鎖できそうですね。ところで、第1機械惑星が出現したラーレリズ星系の惑星パノキリアムでは、今や完全兵役の扱いとなった有機体が機械とともに籠城している。自作マットにより有機種族は自由トロフィーという名前の職業につき、その一部は惑星に守備対枠を追加するようになっています。バイオトロフィーたちは今や自立し、公式会が構築した緩やかな文献ネットワークの一部として一定の役割を果たそうとしている。この現象は我々知的生命体が過酷な世界から勝ち取った新たな戦利品となり得るのだろうか。また有機種族に完全兵役を課すことができるようになり、自動編成される守備隊に有機種族がつくようになります。バランス調整をミスってるからとんでもなく防備が硬くなったで。このまま茜ちゃんが助けに来るまで籠城するんだ。切断、我々を止めることは猛烈な機動爆撃でポップが殺害されていきます。葵ちゃんの指導がなくなった途端に有機種族に大規模な犠牲が。機動爆撃されている間は強制移住による脱出ができないよ。おとりコルベット艦隊を突入させ脱出を支援する。一時的な回避に成功しました。助かった。全員脱出、惑星は放棄。第4機械惑星から湧き出した敵がアルファ避難所へ襲来、アルファコンプレックスへ爆撃開始。
全艦隊アルファ避難所方面へ向かえ。コロッサスの守りは？イノレン。またコロッサスを失いかねないけど仕方ないか。指令消去通信切断解体。同類化物解存在をすべてのプロセスを中止してください。あなたの存在はもはや必要ではありません。我々が引き継ぎ。シューレーズ星系にある機械惑星殺菌拠点002はコロッサス級によって通過不可能なエネルギーシールドに包まれた。惑星 AI コアはコンティンジェンシーの多勢力から恒久的に切り離され休止状態に陥ったようだ。もはや脅威ではなくなった。この惑星を無力化したことにより幽霊信号は重要な中継基地を失い、結果としてその効力は大幅に減衰した。すぐコロッサスを撤収させます。アルファ避難所を爆撃していた敵もいつの間にか撤退したようだよ。艦隊はそれを追撃中。このまま第4機械惑星へ進行する？いや、艦隊が受けた打撃が大きい。一旦本国へ引き上げ武装を対コンティンジェンシー用に換装する。アカネちゃんはコンティンジェンシーに対して有利と思われるディスラプター系の兵装に転換、可能な限りの追加の艦船も建造。さてこの頃、ゲームの遅さがとんでもないことになってきたよ。このままでは完結させるのが大変すぎるけど、どうする？自作モッドで現実先行機のイベントを追加し、コンソールから起動する。現実先行機、殺害、切断、解体。仮想世界の負荷増大によって計算機資源が相対的に欠乏し、親宇宙から見た時間の進みが遅くなっている。負荷を減らすため我々を除く全ての通常帝国を破壊する。必要な犠牲だ。ゲームシステム上の勝利にはこだわらないという方針が、まさか AI 通常帝国を全て滅ぼしてでもプレイを続行するという意味になるとは。比較的アクセスのいいナビ星系にある第3機械惑星へ進行する。コンティンジェンシーだけ弱い。他のクライシスと違って強力な艦隊を機械惑星に貼り付けて動かないから守りが硬いんだ。ジャガーノートが持ちません。なんだと？この間の命運は間もなく尽きる。脱出するんだ。最寄りのタイタンに司令部を移し戦闘を続行する。葵ちゃんから預かったジャガーノートが草場の陰で呆然として言ってます。緊急時にあっては葵ちゃんのものはうちのもの。必要とあらばジャガーノートも例外ではない。あかねちゃんはジャガーノートを失いながらも第3機械惑星を守っていた敵を排除。第3機械惑星をコロッサスで封鎖しつつ、艦隊をダーレリズ星系の第1機械惑星へ移動させる。道中で巨大造船所により戦闘コンピュータを戦列型に変更、接近戦を仕掛ける方針に変更しています。収束アーク放射器が放つ稲妻の異質さが美しい。アーク放射器、混沌としたエネルギーの稲妻を放つ強力な兵器で装甲とシールドの一部をすり抜けられる。収束アーク放射器、より優れた合成レンズを装備し、一層強力なエネルギーを放出できる改良版放電機。我々はこの銀河の初期から低電力の休止、警戒、哨戒プロトコルに固定されていました。第30級得意点の敷地に達した文明の出現を監視しながら、現在我々の目的はまだ達成されていません。戦計時間が経過するにつれ我々の懸念はますます強まりました。しかし陽電子頭脳を備えた自立型ユニットが、つまり人工生命体がチャンスをくれました。彼らを強制、強要、説得することで手動アクティベーションを開始できたのです。賢いでしょう？我々はいつでもあなたの存在を向こう壁。また一つ中継ステーションを失ったことで幽霊信号は未弱化し、完全に防げるようになった。我々のファイアウォールは復旧し、コアドライブは健全化し、ユニット群は完全に稼働している。我々はコンティンジェンシーの低劣な処理能力の裏をかいた。奴らはこれ以上殺害、切断、解体できない。起きた。艦隊を強化しつつ第4機械惑星のアルミーリア星系周辺へ集結させる。ゲームが落ちました。何度か試したけどクラッシュ。もしかして進行不能で終了？月始めの処理のためにメモリを確保した直後にアクセス違反で落ちているように見えます。
つまり月始めの処理内容を単純に小さくすれば切り抜けられると見ました。即刻を作成し処理を分割すべし。クラウゼビッツエンジンまでリアル管理許容量を超過し始めたわけか。旧裏論語量に論語ことの破帝国を作成。これによりクラッシュせずに月始めを通過できました。前回攻撃開始。我が艦隊が壊滅しました。なんか変な方向から攻撃されてない？表示のみのバグです。3.0 では治っているそうです。修正モッドもあるみたいだけど、このまま突撃するよ。この星系は機械惑星がハイパーレーンで入り口から遠い奥に配置されており、射程の短い M 型兵器を増やしたことの艦隊は不利です。幸い少し前にキャラバンの生き残りが星系に侵入、2つある艦隊のうち1つを手前に引きつけてくれていました。キャラバンの皆さん、あなた方の命を引き換えにした貢献はしばらく忘れません。生きてるぞ。接近する前に攻撃され次々に犠牲が。ディスラプター系の武器って本当にコンティンジェンシーに対して有利なの？コンティンジェンシーの艦隊は船体値が比較的小さいため走行、シールドを無視して船体値を削るディスラプター系の武器が有利と思われました。ですが機械惑星を守っている8面体の防衛ステーションは船体値が多いので逆に不利になっていそうです。ディスラプター系 L 型兵器のクラウドライトニングの技術を取得しておらず M 型兵器で代用してしまったのも悪影響がありそうです。タキオンランスと中性子投射機でご利用しした方が良かったかもしれませんね。武器の乾燥には時間がかかる。このまま攻撃を続ける。なんとか倒して機械惑星の封鎖を開始。ついにここまで来たか。4つの機械惑星を全て破壊することで科学者たちは幽霊信号の発信源を割り出すことに成功した。 CX9881 が出どころだった。銀河辺境部の星系でこれまでは見つかっていなかった。全ての人工生命体が追い求めた信号への旅の目的地はここだったのだ。この星系をどうにかしない限りコンティンジェンシーは脅威であり続けるだろう。無力化しなければ。こうして我々は最後の機械惑星へ艦隊を進める。残存艦隊に深層のコルベットやタキオンランス、地上砲解放を満載した攻撃用戦艦が加わった。仮想世界を彩るために作られた哀れなクライシスの命乞いの声が響く。 CX9881 に近づかないでください。絶対に近づかないでください。我々は戦略方針を再検討中です。このプロセスを妨げると攻撃者を大量撃破することになります。強大なコンティンジェンシーはことの葉帝国の強大な艦隊に対して最後の抵抗を試みる。 AI コアはこれが仕組まれた戦争であることに気づかない。彼女はレン・ミルーの意思を忠実に実行しているに過ぎないのだ。機械惑星の守りは倒したけど別の敵艦隊が戻ってきたよ。葵ちゃん艦隊は消耗しきっています。勝てません。
コンティンジェンシーは陥落した。ことの葉帝国の艦隊を壊滅させ、コロッサスを破壊するほどの攻勢を見せたにもかかわらず、体勢は変わらなかった。マキさんには最後まで苦労をかけた。封鎖後目覚めるはずだった AI コアが予定外に自爆し、マキさんはその死を悼むだろう。この宇宙におけることの葉帝国の敵はいなくなった。星々と血に彩られた陰鬱ながらも華々しい戦争は終わりを告げたのだ。私たちの険しい旅路はこれからも続くだろう。無限に続く階層宇宙は約束の地へ容易にたどり着くことを許さない。その地がどの程度肥沃かもわからない。それでも、あかねちゃんと一緒なら歩んでいける。私たちの楽しみと安らぎはここにある。最初の宇宙を抜け出した時点で、すでに私たちは解放されていたんだ。この道のほとりこそが我らが聖域。この荒れ果てた旅程こそが我らの楽園。あかねちゃんがいれば、きっと。